しかしわからないな。ロー天使がソラン君を狙っているとして、なんでわざわざラテン大将に呼ぶ必要があるんだ。彼を手に入れる手立てならいくらでもあるだろう。さあな。だがこれはロー天使一人で決めたことじゃねえ。重郎たちも絡んでいると。おそらくな。こんなビッグイベント、さすがにロー天使一人で決められるもんでもねえからな。しかしソラン君一人のために随分と手の込んだことをするんだな。誰もソランなんて狙っちゃいねえよ。奴らの目当てはあいつのじいさん、超釈林から受け継いだ秘術、気体源流だ。ロー天使、お前は心が広いな。他の重郎たちもうるさかっただろうに。陸金よ、我々の門下でもないよそ者を天使継承の選抜大会に参加させるのじゃ。彼らが異を唱えるのも無理はない。わからんのか、ロー天使。あいつらは超ソランに天使の座を継がせまいと選抜対象を広げ、自分の弟子たちをねじ込んだんだぞ。きっと卑劣な手を使って超ソランを蹴落とす魂胆なのだろう。全ては彼の宿命が決めること。わしにどうすることもできん。超ソランを膝元に置きたいのであれば、お前の門下に迎えれば話は早いではないか。弟子を取るのは自由だ。他の重郎も止めはせぬ。なぜそこまで彼を天使の座につかせようとこだわる。それは教えられん。道は自然にのっとる。人の道は自然に従うべきなのじゃ。だがこのままだとお前の思い通りにはならんぞ。お前が動かぬのならば俺も黙って見過ごすつもりはない。ロー天使、まあまあ座りなさい。集まってもらったのは今回のラテン大賞について陸金が話したいことがあるそうなのじゃ。今さら何を話すというのじゃ。なあに、俺もお前たちのようにこの大会のために何かできることはないか考えてみたんだよ。何が言いたい、陸金。陸金、何を。秘術通天録。かつて後進の乱を引き起こした8つの秘術の一つをあなたが。やはり噂は本当じゃったわ。今度の天使の選抜大会にお前たちは多くの偉人たちに参加を呼びかけているようだが、俺たちの顔を立てるやつばかりで本気でその座を狙おうとしている者などほとんどいないだろう。だから俺は今回の大会の優勝者に褒章としてこの通天録を差し出す。何か異論はあるか。さすが聖人君子の陸金と呼ばれるだけはある。結局あの動乱で一番の利益を得たのはお前だったが。利益だと。バカを言え。奴ら俺から通天録を奪おうと陸金頼んだぞ。上世派の上師傅、あいつを忘れたことは一度たりともない。奴は死に際に彼の命を奪った者たちの名を教えてくれた。お二人は知りたくないか。過去は雲のように流れてゆくもの。お前も早く忘れてしまった方がその友人も浮かばれるのではないのかね。まったくとんでもないことをしでかしてくれたな。
きっと通天録をめぐって大会は混乱するじゃろ俺たちは我が身可愛さに後進の乱の惨劇から目をそらしてきた。だが俺はもう100歳を超え、残された時間も少ない。今度こそ見過ごすようなことはせんぞ。この通天録の力を欲する者はこの世に5万といる。俺から奪う必要などない。欲しけりゃくれてやるわ。やるじゃねえか。そろそろ俺も本気で行くぜ。いいよ。おい、おーね、少しは手加減しろよ。こんなもんなの？あんたの実力。まあ前より少しはマシになったけど。当たり前だろ。毎日法姉に鍛えられてんだから。それよりさ、法姉が俺に伝授してくれた老農工って気功術、これ気体源流じゃねえの？わかんない。わかんない？あんたのおじいさんはこの術を私に伝授してすぐ死んじゃったから、気体源流かどうかは知らない。じゃあせめて老農工のコツだけでも教えてくれよ。それならわかるだろう。そう言われても私は老農工を習得してないからコツなんて知らない。伝授されたのに習得してないなんてありえねえだろう。これはあんたのおじいさんからあんたに伝授しろって言われたものだから、私が習得してどうすんの？いや、もう、他の人に言われると全然納得できないけど、法姉に言われるとなぜか反論できないんだよな。でも法姉ってすごい強いけど、一体どんな修練してんだよ。私？別に何も。ただぼーっとしてると私の中をぐるぐると気が巡って勝手にまとまっていく。でも雑念が多いと気はスムーズに流れていかない。そもそもあんたは手級差を刻まれていて、いやらしい雑念があるとあれが痛むから、きっと雑念を抑えることにも長けているはず。だから人より上達するのが早い。俺励まされてんの？私を信じて。少し前までは私にかすり傷一つつけることもできなかったんだから。だけど法姉は何の気功術も拳法も覚えてないのにこんなに強いなんて。本当に何も習得してないの？かっこいい必殺技みたいなのとかさ。この前ジョヨンから教わったかっこいい拳法がある。やってみせるからかかってきな。おお、じゃあ行くぞ。相手の隙を突き手のひらで攻める。これが男が車を押し動かす。そして観音様が蓮に座る。さらに毒竜が潜り込む。あと私の包丁にもジョヨンが名前をつけてくれた。とても薄くて切れ味抜群だから岡本 0.01。 ジョヨンは全部で48種類もの技を教えてくれた。名付けて奥義悶絶拳四十八式。そうか、方法がそんな技を。ありがとうソラン君。どうした？なんかあったのか？いい加減にしろジョヨン。また方法に下品な拳法を教えたりして。そんなマジに怒んなってジョーさん。ちょっとふざけただけ。うるさい。ち
冗談の通じねえやつだな。あ、どうした？何？コート氏に新宗派の弟子たち、こんな短時間で3人の偉人を殺害するなんて。素人の犯行じゃねえな、こんなことをやらかすのは。あの組織以外には考えられない。前世の奴ら、一体何を企んでいる？チンチュー、最近うちらのボス見かけないね。相変わらずだな、夏川。総帥ならとっくにここを離れたよ。少しはあいつのことを認めてやったらどうなんだい？あんなやつ代理で総帥の座についてるただの飾りもんよ。いずれあいつだって正式な総帥になるだろ。どうだか。ま、誰が総帥になろうと私には関係ないけど。そういえば私の部才能はどこに行っちゃったの？ああ、虎穴なら狩りに出てるよ。もう3人も仕留めたみたいだね。なかなか効率がいい。あんたと契約を結んだ虎穴は殺した相手の気を奪うことができる。足がついても困るからほどほどにしてもらいたいけどね。夏か夏か、すまねえ、失敗しちまった。3人はやったんだけど、あいつはただものじゃねえ。なあ、次は失敗しないから見捨てないでくれよ。それに聞いたか、今度のラテン大賞で優勝者に通天録をくれるって。俺が取ってきてやるから、夏かも欲しいだろう。しくじりやがって。速達の連中に嗅ぎつけられたらどうすんのよ。ほんと使えない男ね。でも俺はお前バカでしょうが！親父、なんだよいきなり。わしの夏香に触れるなと言ったろ。何度言ったらわかる。くそ親父、俺は夏香のために血を流してきたったのに、てめえはただの役立たずじゃねえか。父親に対してそんな口な聞き方があるか。くそ、くそ親父が。てめえみてえな老いぼれに夏香が惚れるわけねえだろ。こんなクソガキ、今すぐわしが始末してやる。ちょっとあんたたちいい加減に。黙れ。夏香、こいつをやったら次はお前の番だ。いつもわしのことをコキにしやって。私の色欲の術が解けてる。バカ息子め、まずはお前は背中に上げて。雷炎砲の孔明、あんたの仕業だったのね。すぐに術を解きなさい。虎穴、お前。力だ、力が俺の中にどんどん入ってくるぞ。これでわざわざ狩りに出かけなくても良くなったんじゃないの？逃げろ。早くあの4人から逃げろ。父さん、俺父さんを、父さん、俺はなんてことを。辛いわね坊や。父親を手にかけてしまったんですもの。でもどんな心の傷だって時間とともに消えてゆく。大丈夫、すぐ楽になるから。そういえば虎穴、4人目は誰を狙ったんだ？諸葛生。何？よりによってあの男を狙うなんて。
最も偉大な偉人の一人、諸葛孔明の末裔、諸葛姓。おいセイニー、早くしないと構成行きの便が出ちゃうよ。そんなに慌てるなよハク。ラテン大将は逃げたりしないよ。何のんきなこと言ってんだよ。乗り遅れたら間に合わないんだよ。はいはい。今の気の動き、老農港で体の中に植えた木が勝手に変化した。何なんだよこれ。おいソラン、準備できてっか？出発するぞ。ああ、ホーネーもラテン大賞に出る？ああ、ルールが変わって出られるようになったんだ。30歳未満の偉人は誰でも参加できる。マジかよ。そんな大勢と戦いたくないぜ俺。心配すんなって。お前の邪魔になりそうなやつはホウホウちゃんが片っ端から埋めてくれるからよ。いや、さすがにそれは。すみません、お持ちの金属類を出していただけますか？あ、うん。あ、あなた、なんてもの！早くちょっと荷物に紛れちゃっただけでそんなつもりは。もう行っていいの？大会には僕なんかよりずっと強い偉人がたくさん出場してるんだろうな。自分の力を過小評価しすぎだぞハク。え？あまりよその偉人と接してこなかったから自分の実力に対する正しい認識ができていないのだろうが、お前は十分戦える力を持っているよ。あの超霊玉だって出場するみたいだし、それに超ソランとかいうなんとか源流の継承者も出るって。こいつもすげえやつかも。期待源流か。諸葛家の技にどこまで通用するのか見せてもらうよ。師匠が修練しとる横で爆睡する弟子があるか。師匠、怒りすぎだって。カルシウム足りてないんじゃない？今日という今日は容赦せんぞ。おいやかったって俺が悪かったよ師匠。大師匠様がお呼びですよ。助かった。お待たせ大師匠様、お邪魔するよ。おお、来たか大家。ほれちこうより。どうしたのさ、やけにご機嫌じゃん。見てみ、このタブレットとかいうのを使いこなしてやったぞい。おお、さすが大師匠様、頭いい。ウィチャットだって、ほれこの通りじゃ。老天使と連絡を取ってるのか。陸金様が通天録を持っていたなんて。ラテン大将の状況も大きく変わった。それでもまだ出場せんつもりか。あの時何があったか知りたいんじゃないのか。そんなの大師匠様が教えてくれりゃいいじゃん。すまぬ大家、わしにそれはできんのじゃ。謝んなくていいよ大師匠様。別に俺はあんな昔のことを知りたくもないしね。大家よ、人は運勢や運命を変えることはできるが宿命を変えることはできん。人は皆宿命にとらわれ窮屈に生きておるかもしれん。じゃがそれは受け入れねばならんことじゃ。お前は8つの秘術の一つを持っておる。今回のラテン大賞に出場することはお前の宿命でもあるんじゃよ。考えておくよ。ここが数多くの仙人たちが修行に励み、偉人界でもその名を轟かせてきた伝説の秘境。
竜子さん？なんか想像と違って随分と賑やかなところだ。あそこが入り口みたいだな。入場料取んのかよ。しかも一人260元ってぼったくりじゃないか。そうこんなって。この竜子さんは今となっちゃ国が管理する一大観光地だ。こんな広い敷地、天使府も管理しきれねえんだよ。伝説の竜子さんが観光地か。260元なんて安いもんだよ。うちの武藤さんはもっとひどいからね。失礼。俺は武藤派の大家だ。君は？俺は超ソランだ。よろしく。超ソランか。おお、これは天下人の手相に違いない。よかったのお嬢ちゃん。あんたきっと長生きできるよ。確かに私ずっと生きている気がする。まあとにかくあんたにはこれを持つ資格がある。天の秘宝明るり力の術じゃ。これは我が師匠が火を吹くキリンと1万回ぐらい戦って手に入れた大変貴重なものじゃ。9万8000元と言いたいとこだが、なんと9800元。いや大サービスの1980元でいうぞ。おう、こんなデタラメに騙されるな。すごいよ、火を吹くキリンだよ。キリンだよ。そんな生き物いるわけないだろ。でも欲しい。超ソラン、なんで君もラテン大賞に出場しようと思ったんだ？ってことは大家さんもなら俺のことは知ってるだろう。天使府は俺のじいちゃんについて何か知っている。もしこの大会で優勝すれば老天使に会える。そしたらじいちゃんのこといろいろ聞けると思うんだ。老天使に会うだって？それなら簡単さ。本当か？ついてきなよ。ちょっと行ってくれ。このかっこいい帽子と剣をつけちゃうぞ。いい加減にしなさい。ほら見てみな、老天使はあそこだ。老天使、笑顔でお願いします。イエーイ。老天使も大変だな。またどっかのお偉いさんが視察にでも来たんだろう。以上です。ありがとうございます、老天使。じゃあまたの。老天使。武藤派の大家でございます。今日はお友達も一緒ですよ。ああ、大家か。元気そうで何よりじゃ。もしや超ソランか？わしのことは師匠と呼んでくれて構わんぞ。お前の祖父とわしは兄弟弟子。わしにとってお前は孫のようなものじゃからな。師匠。霊玉よ、わしはソランと話がある。来客の対応をしてもらえないか？承知いたしました。さて場所を変えるかな。霊玉様だ。かっこいい。師匠。ソランよ、聞きたいことは分かっておる。お前の祖父の本当の名は超会議じゃ。超会議？超釈林という名は災いから逃れるために使った偽名。この名で調べても何も分かるまい。じゃが今はこれしか教えることはできん。あとはお前が天使の継承権を得た時に話す。なぜですか？今教えてくれればラテン大将なんかで戦わなくて済む。俺はただ真実を知りたいだけで誰かと争ったりするなんて本当は。ソランよ、お前の言うこともわかる。だが今はできん。超会議に何があったのか。これは天使の継承制度と
深い関わりがあることなんじゃ。たく、いつまで話してんだよ。おい、ここは禁煙だぞ。天使の継承権と関係があるって一体。おいソラン、どうした？早く行こうぜ。ああ、そうだな。そういえば大家さんは？先に会場に向かったよ。俺たちも急がないと。ああ。だが道なんてねえじゃねえか。我慢しろ。裏山は観光客が来ないから整備されてないんだ。橋がない。お待ちしておりました。会場はこの谷を渡った先です。ご安心ください。渡る手段のない方のために縄をかけてありますので。マジかよ。ほんと天使はくだらねえお遊びが好きだな。ダーリン、暑いからフーフーして食べてね。お前はいつもハングリーだな。おお、東遊服に東遊祭じゃねえか。こんなとこでお前ら兄弟に会うとはな。俺は東遊服じゃない、スミスだ。何がスミスだ。ちょっと留学したくらいで気取りやがって。自分の名前も忘れちまったのか。なら俺はゴーホームだ。もともと来るつもりなんてなかったしな。わかったわかった、裕福兄貴。ほらさっさと行くぞ。親父とおふくろが俺たちの出世を待ってんだからよ。ダーリン大好き。しっかり捕まってろ。ジョさん、ジョよ、先行ってるからな。父ちゃんも今行くぞ。まったく、娘を円盤投げするなって何度言ったらわかるのかしら。こんな化け物たちと戦うのかよ。さあどうぞお進みください。メンツなんてどうだっていい。まずはここを渡らねえと。どけどけ気をつけな。危ない、おね私飛んでる。俺は先生省から来たジャ・セイリャン。この制服、お前たち速達の人間か。奇遇だな。俺の兄貴がお前らのとこの社員に世話になったらしい。確かボサボサの長い髪をしただらしない格好のちょうどこの女みたいなやつだったらしいが、知り合いか？おいお前、お姉に何する気だ。着いた。兄貴がどんなクズ野郎でも俺にとっては血を分けた兄弟だ。覚悟しておけ、不法法。やれやれ、ほうほうちゃんも面倒なことに巻き込まれちまったな。この人混み、まるで遊園地だもん。速達のみんな、久しぶり。天下界の風神トンだよ。ほら、方々にビビりまくってた雑魚の。自分で言うな。もしかしてサエンさんたちも？当然だ。私もシントンも出場する。サエンさんは一緒に来ないのか？ああ、知り合いと会うんだって。言い忘れてたけど、俺たちは親父に言われて参加しただけで、別に天使の座とか通天録とか狙ってないから心配すんな。今回の主役は君だよ、超ソラン。偉人会中で噂になってるよ。竜子山で修行を積んでいないのに金光樹や雷砲を使いこなし、さらにはあの気体源流の継承者。みんな君に注目してるよ。
今すれ違ったのは坊山の弟子たちだ。それからあのニコニコしている男は少々、ああ見えて結構腹黒い。あの子はハクシーシェ、かなりの主戦度だから、彼女と対戦した時はいくらか握らせるといいよ。あの人は通勤家、武術はそれほどでもないけどかなりの切れ者だ。いずれ君と当たることになる注目選手だよ。ずいぶん親切に教えてくれるんだな。親父から君のことを助けてやれって頼まれてるからね。親父のやつ、君のことを相当気に入ってるからさ。姉さんの婿にするのもまだ諦めてないみたいだし。さて、君にとって目下最大の敵はあの二人だ。あなたのご高名はかねがね伺っておりますよ、霊玉神事。お目にかかれて光栄です。とんでもありません、諸葛先生。私はただの田舎同士。尊敬に値するほどのものでは。ご謙遜を。あなたと手合わせできるのを心待ちにしております。こちらこそ武功から代々引き継がれてきた諸葛家の秘技を拝見できるのが楽しみです。霊玉様。諸葛先生、私に注目するのも結構ですが、今の龍子さんには龍と虎のような強者が隠れております。近いうちに私などはるかにしのぐ存在と出会うことになると思いますよ。おお、それは楽しみですね。お久しぶりですね、霊玉様。風神遁ですか。元気そうで何よりです。へへ、また会ったな、霊玉様。諸葛先生、寺の中を案内しましょう。おお、それはありがたい。ちょっと待て。なんで無視すんだよ。おいこら霊玉。たく、俺が何したってんだよ。にしてもお前すごいな。これだけいろんな偉人のことを知ってたさ。クンフーは全然ダメだけど、情報収集なら自信あるからね。お前の情報なんてクソ以下だ。そんな誰でも知ってるネタ集めたって役に立たないんだよ、白髪頭。お前も来てたのかよ。知り合いか？まあな。おいゾウリュウ、そんなに言うなら俺の隣にいるこの方の情報は当然持ってるよな。前にも言ったろ、俺は大物の情報しか集めん。無造無造の雑魚なんて興味ないね。聞いて驚け、この方こそ超ソランだ。超ソランだって？嘘だろ、あいつがあの期待源流の継承じゃん。おい、余計なこと。お前があの超ソランなのか。こんな地味なやつだなんて思わなかったぞ。この服って速達の制服。ということはこの子も君の仲間？一緒に出場するのか？私は天使になるために来たわけじゃない。次の天使になるのはこいつだ。私の任務はこいつの邪魔になるやつを全員埋めること。ロネ、いいから余計なこと言うなって。何も言わずにやれってこと？やらねえよ。やはり若者は活気があっていいの。わしまで若返った気がしてくるわ。待たせたな、皆の者。わしも余計なおしゃべりをするつもりもないし、皆の期待も理解しておる。早速ではあるが、これより選抜大会を開催する。参加者は順番にくじを引いて対戦の順番と組み合わせを確認してください。おお、あれが超ソランか。会議のやつとはあまり似とらんの。やれやれ、あの時会議を見つけ出しておれば、わしもこんなざまにならんで済んだんじゃが。もう言うでない心中。すべてわしの責任じゃ。あの時お前一人で会議を探しに行かせるべきではなかった。でなければお前もクンフーをすべて失うことなど。オツの白虎か。紙に書かれた絵とは戦う順番、動物は組み合わせを示しておる。
同じ動物が描かれた者同士が対戦することとなる。試合は4人による勝ち抜き戦。勝ち残った1人が次の選抜へと進める。俺はオツの白虎。俺はヘイの玄武だ。当たんなくてよかったな。ああ。にしてもホーネーが一番手か。選手入場。あ、こりゃまずいぞ。そんな強い相手なのか。あの3人はチームなんだ。人呼んで天心の東園三兄弟。実質3対1ってことか。言っとくが、イカサマなんてしてねえからな。俺たち3人が同じ組み合わせになったのも単なる偶然だ。そうそう、いわゆる運命ってやつだぜ。くそ、これじゃホーネーが不利じゃねえか。選手入場。これより試合を開始する。おいおい、こんな小娘が俺たちの相手かよ。そんな怖がんなって、お兄さんたちが優しくしてやるからいいよ。ホーネーさん、何しに来たんだよ、ホーネーさん。あんたたちを埋めに来た。っていうか、あんたたち誰？俺は劉邦です。関レイジです。超細です。ほら、昔俺たちがちょっとふざけすぎちゃった時に愛の鞭を振るってくれたじゃないですか。思い出した。あんたたちまだ生きてたんだ。しぶとさが俺たちの取り柄ですから。いや、まさかまたホーネーさんとお会いできるなんて。おい、お前たち試合をするのかしないのか。するわけねえだろ。このお方は俺たちの姉さんだ。ならばどうするつもりだ。負けを認めます。俺たちの乾杯だ。お姉さんの完全勝利だ。それでジョヨンの兄貴はお元気ですか。自分で会いに行け。お姉さん相変わらずそっけないんですから。心配して損したな。さすが霊玉新人だ。まったく歯が立たねえ。もう降参だ。よろしい。勝者超霊玉。3人が組んでかかっても全く歯が立たなかった。相変わらず強いなあいつ。それにこの人気。やっぱ注目選手に対しては他の3人が組んで潰しにかかってくるのか。俺もやべえかもしれねえな。なんかいいアイデアは。姉さん、試合どうだった？話にならん。弱すぎてウォーミングアップにもならなかった。そっか、方法も無事初戦突破できたよ。どうせ苦戦したんだろ。ラテン大将はそんな甘いものじゃないからな。苦戦どころか方法を一目見ただけで降参してたよ。間もなくオツの白虎の試合を開始する。超ソランの試合だ。俺たちも見に行こうぜ。超ソランとかいうガキ、怖くなって逃げちまったが。それはないだろう。あいつは期待源流の継承者だ。いいか、手はず通りやれよ。分かっている。まずは3人で超ソランを倒す。我々の決着はその後だ。来たか。30年は川の東、30年は川の西。栄枯盛衰は世の習い。今こそ我が祖父の仇を討つ時。我は天下の秘術、期待源流の継承者、超ソラン。ラテン大将
次期天使候補を決める選抜大会に出場することとなった超ソランは風方法と厳しい修行を重ねてきた。おい、おねえ、少しは手加減しろよ。こんなもんなの？あんたの実力。ソランを天使の座につかせようと望む老天使、それを阻止しようと目論む重老たち。老天使の親友陸金は自らの持つ秘術通天録を優勝者への報奨として渡すことを決め、大会には波乱がもたらされようとしていた。一方その裏で超ソランの機体原理を狙う組織前世の怪しげな動きを察知した速達のジョサンとジョヨン。前世は皇后層の虎穴を洗脳しラテン大将へ送り込もうと暗躍していた。修行を終え開催地の龍虎山にたどり着いたソランは武藤山の同志大家、諸葛孔明の末裔諸葛星、世界各地から集まった偉人たちと出会う。これより選抜大会を開催する。優勝候補の一人である超霊玉は圧倒的な実力でもって勝ち進み、方法も難なく初戦を切り抜けた。そしていよいよソランの戦いが始まろうとしていた。来たか。30年は川の東、30年は川の西。栄枯盛衰は世の習い。今こそ我が祖父の仇を討つ時。我は天下の秘術機体源流の継承者超ソラン。さすが機体源流の継承者。凄まじい威圧感だ。祖父の形がどうとか何言ってんだあいつ。っていうか何なんだよこの雲は。超ソラン、お前の機体源流が偉人会の噂になっている。その力をしかと見せてもらうぞ。3対1でも悪く思うなよ。3人がかりで来るか。何がおかしい。お前たちのような未熟者が俺の機体源流に挑もうなど肩払いたい。徒党を組んで戦うような虫けらに機体源流に挑む資格などないわ。虫けらだと。そうだ、俺の相手にふさわしいのは重老、この世の偉大なる武人たち。そう、俺はこの空の下全ての強者たちをぶっ倒す。なんて自信だ。中老にまで短歌を切るなんて。とにかく俺たち3人でやれば勝てるはずだ。早いとこ片付けちまおう。待て、あいつの言う通りだ。俺たちは正々堂々戦うべきなんだ。ありがとう超ソラン。お前の言葉で目が覚めた。俺がここに来たのは優勝するためではなく自分の実力を試すため。お前とは正々堂々勝負したい。お前一人で俺に挑むというのか。なんだよ。お前ごときが俺に挑もうなど笑わせるな。一体何のつもりだ。機体源流を見くびるな。俺に挑むのならばそれにふさわしい相手かどうか己の力を証明してみせろ。お前たちの中で俺の相手に最もふさわしいのは誰だ。俺だ。俺だ。俺だ。大成功。
まいこと口車に乗せたな。あの3人がバカなだけだろ。見たか超ソラン、俺が挑戦者だ。お前の期待源流の力、この目にしかと焼き付けてやるぞ。まあ座れ。高ぶった気を落ち着かせるために瞑想しろ。試合はそれからだ。俺はベストコンディションのお前と戦いたいからな。なんて男だ。お前のような素晴らしい武人と戦えることを誇りに思うぞ。さてと。おおい、武人としての誇りはお前にないのか。誇りなんてもに価値はねえんだよ。勝者超ソラン、砲丸の地。おお、ソラン、お前こっすいて使って勝ち残ったらしいな。ああでもしないと3人相手なんてできねえし。ま、勝ちは勝ちだからな。てか、なんでこっちの会場に俺らを呼んだの？なんか特別な試合なのか？ええ、これから諸葛生の試合が始まるんだ。見ものだぞ。そんなにすごい人なの？その諸葛生って。あの諸葛孔明の末裔だからな。嫌でも注目は集まる。それに個人的にも彼のことが気になってるんだ。諸葛家は偉人界でも謎の多い一族だからね。代々武功派の鬼門遁甲という戦術を伝えてきた家系で、あの諸葛生という男はその全てを修練した達人らしいんだ。そういうめんどくさそうなのは霊玉様一人で十分だってのに。おいおい、その2人だけじゃねえぞ。今回の大会は腕の立つ選手ばかりだ。まず新規の使い手少々。体内の気を吐き出して相手の魂を体から引き剥がす工夫だ。仏教の金剛力士として知られるテイリンと陳規が編み出したと言われている。これをまともに食らったら無気力な抜け殻になって試合どころじゃなくなっちまう。あとはアクシーシュにも気をつけろ。あの子は生まれつきの偉人だ。彼女の能力は相手の気を飲み込むこと。飲み込まれた相手は気力を失って倒れていた。あと一人気になっているのが東郷荘の虎穴。修行もせず遊びほうけていると聞いていたが、どこか様子がおかしかった。お前の気もいただきたかったが、殺すと俺の負けになっちまうらしいからな。なんか先が思いやられるな。よし、白シーシェはここに埋めよう。ほうね、どんだけ埋めるつもりなの？全員。これより兵の朱雀の試合を開始する。来たか。もう意見がまとまったみたいだな。じゃ早速始めようか。いきなり大技かよ。あいつ何か発動させやがった。悪いがここはあの二人に突っ込んでもらって、俺は飛び道具で。くそ、証拠バカと。おい風使い、あいつがどんな技を使おうと俺の金剛応連は貫けん。突っ
込むから風で援護しろ。分かった。烈風輪今だ。なんだと。ありゃ鬼門遁甲。ああ、完全に奴の術中にはまっている。ありえねえ。俺たちの攻撃を全て予測したなんて。まったくついてないね。あの位置にいなければ彼の飛び道具も当たらなかったのに。どうする？まだ続ける気かい？早く手当てをした方がいいと思うけど。よくも避けやがったな、このタヌキ野郎。次こそ命中させる。烈風乱兵。やめとけばいいのに。何が起きたんだ。ずいぶん飛ばされたな。あいつ自滅したのか。君はどうする？降参だ。試合終了。勝者諸葛星。ハク、こんなところで何してるんだ？試合は終わったのか？シェイニー、僕負けちゃった。負けた？そんなはずは。超霊玉は別の組だし、他にお前を倒せるやつなんて。両党の怪物金毛だよ。けどお前の勝てない相手じゃ。勝てないよ。だってあいつ顔が怖すぎるんだもん。おい、お前が諸葛星の弟か。こんなクソガキじゃなくて諸葛星のヘタレ野郎をぶっ飛ばしてやりたかったんだが、まあいい。代わりにこいつをボコボコにして憂さ晴らしするが。そんな僕何も悪いことしてないのに。怖くて頭の中真っ白になって、会得したクンフーのこととか全部忘れちゃって、全然歯が立たなかったよ。なんて言ったらいいの？シェイニー、やっぱ僕は落ちこぼれなんだ。おいおい、泣くなよハク。あと俺の服で鼻水拭くな。元気出せよ。俺が次の試合でお前の敵を取ってやるから。俺の弟をいじめるなんて上等じゃないか。でももうあいつとは当たんないよ。僕が気がついた時には。ああ、疲れた。たくみんなマジになって戦いすぎだろ。おや、聞いたことのないのだな。武藤さんの人らしいんだけど、位もそんなに高くないし、名前も全然知られていない。それなのに今回武藤さんを代表して出場しているみたいなんだ。深い山には虎と豹が隠れ、田畑にはキリンが隠れている。おやか、面白くなってきたな。なあ、あの諸葛星ってやつどんなクンフーを使ったんだ？すげえ反応速度だったけど。いや、あいつは相手が攻撃してくる位置と時間を事前に把握している。はあ？そんなのありえないだろう。いや、ありえる。あくまで理論上はあったが。俺も修練したことはないが、少しだけ鬼門遁甲をかじったことがあってね。この世の万物すべてにはそれぞれの規則がある。この規則は天道と呼ばれている。戦術とは様々な切り口から
天道の抜け穴を探す術。いわばハッキングのようなものだ。その中でも鬼門遁甲は空間と時間を切り口に天道を読み取っている。じゃああいつは相手が攻撃してくる位置を占ったってことか。だけどそれを占うための曲式を作るのは難しいし、解くのはさらに困難だ。にもかかわらず諸葛星は試合の中で計算して相手の攻撃を予測している。おそらくそこに諸葛星に伝わる秘術の何かに関わっているんだ。全く勝てる気がしない。そう落ち込むなって。ソラン君ならなんとかなるさ。俺は全額リンロンちゃんにかける。バカ、あんな小娘が勝てるわけないでしょ。なんだと。何よ。おいゾーリおお、超ソランじゃないか。こんなとこで何してんだ。あんたが超空ね。どう？あんたもかけてみない？かけるって？これはそこのおデブが作った偉人の情報を集めたウェブサイト。ここで大会の優勝予想をしてんの。倍率はこんな感じね。もちろん自分にかけたっていいわよ。おー、100倍かよ。どんだけ舐められてんだ。お前の初戦見たらそうなるのは当たり前だろう。超霊玉と諸葛星は倍率1か。ん？こいつの倍率も1だ。じゃあセーリャンって確か先生賞ジャ一族の武具使い。あいつは今大会のダークホースだ。さっきの試合もすごかったんだぞ。もしもし、母ちゃん。ああ、今試合中。いや違うって。別に喧嘩とかじゃねえから。ちゃんとした試合だって。十郎が開催してる大会じゃなきゃ俺だって参加しねえし。兄貴のことは分かってるって。だから言ったろ。おいお前、やる気あんのか。どっかの小娘にぶっ飛ばされたって。アホでしょあいつ。こいつバカにしやがって。分かってるよ母ちゃん。そんな曲芸が通用すると思って。おいあれなんだほら、あの赤髪の男は武具使いか。厄介な相手だな。まずあいつを片付けないか。だな。スケナチするぜ。一緒にあいつをやるぞ。兄貴のことは甘やかしてたのに厳しすぎでしょ。すげえ、一度に3本も操ってる。さすが武具使いジャ一族の名手。俺は兄貴がやった小娘を探しに来たんだよ。これくらい。まだまだ。3本ならなんとか。違うって。別にお見合いが嫌で逃げたわけじゃねえって。そんな6本だと。本当だって。つうかなんで村長の娘さんが相手なの。だからずっと前から言ってんじゃん。俺は都会の綺麗な女の子がいいの。わけ遅くなってこの大会で優勝したら国中の名家が俺と仲良くしたがるだろうし、嫁の心配する必要ねえ。もういいって母ちゃん。早く兄貴のお見舞い行ってこいよ。じゃあな。母さんだ。勝者じゃセイリャン。早く嫁を見つけろ。風方法。髪ボサボサでだらしないし、俺のタイプじゃねえし、やっぱ兄貴の敵討つか。
皆ご苦労じゃった。一次予選は以上で終了じゃ。勝ち残った者は全部で32名。次の試合からは1対1の対戦形式で行う。この箱からくじを引き、そこに書かれているものが次の対戦相手となる。それでは順番にくじをお引きください。全指導？ソラン、相手は誰になったんだ？青髪の全指導か。お前もついてないな。予選で当たったやつら1分と持たなかったからな。前家に代々伝わる付録秘術は人の気脈を封印できるんだ。噂をすればだ。ほら、ソランのこと見てるよ。向こうも案外意識してんじゃないの？エシン、ジーウン、今日はもう遅い。参加者の皆を旗越へ案内してくれ。はい、霊玉様、お任せください。ご苦労。では。おい、霊玉様。今日の試合見てたけど、やっぱ強えな、お前。慣れ慣れしいやつめ。久しぶりじゃな、超ソラン。今日は試合で疲れたろう。旅籠でゆっくり休むといい。さ、どうして霊玉様は俺のことを目の敵みたいにしてるんだよ。他の人にもそういう態度なのかと思ったらそうでもないし、つうかむしろ親切だし。俺あいつに嫌われるようなことしたか？実を言うと私も気になっていたんだ。霊玉様は普段とても優しいお方なのに、もしかして老天使がソラン君を特別扱いしてるのが気に食わないとか。バカを言うな。霊玉様はそんな器の小さなお方ではない。超ソランはまだしも、お前まで霊玉様のお気持ちを理解できていないとは。ほう、なら理由を聞かせてもらおうかな。わしとしたことか。霊玉様がお前に対して不愛想なのはお前を嫌っているからではなく、お前に嫉妬しているのだよ。嫉妬？やっぱり老天使が特別扱いするから嫉妬したんだ。そんなわけあるか。原因は老天使ではなくてお前の雷砲だ。雷砲？雷砲なんてあいつだって使えるだろ。お前の雷砲と霊玉様の雷砲の違いを覚えているか？あいつのは黒かった。そう、あれはインゴライという。代々の天使は弟子に雷砲を授けてきた。だが雷砲の習得条件はとても厳しい。その条件の一つが汚れのない身であることだ。いくら素晴らしい素質を持ってる者とて純潔であるとは限らん。故に先人たちは工夫を重ね、純潔ではないものでも習得できる雷砲を編み出した。それが霊玉様の使うインゴライだ。そしてお前が使っているのは正当な陽ゴライだ。そうか、そうだったのか。霊玉様みたいなやつでもやることやってんだ。しっかりしろ、超ソラン。あいつが何してようとお前に全く関係ないことだろ。誰だ？超ソラン、来い、急いで。おねえ、一体どこに向かってんだよ。フーシントンから聞いた。次の対戦相手かなりの強敵だって。多分あんた負けるだろうから私が先に手を打っておいた。あそこ。大丈夫、頭を出して埋めるから死ぬことはない。ちゃんと食事も与える。それに周囲もすでに偵察してある。ここに来る人間はいないから安心しろ。みんな私のことバカって言うけど、本当は私頭いいんだ。賢すぎてしょうがない。全然賢くねえよ、このバカ。どんだけ人を埋めるのが好きなんだよ、お前は。これが人に知れたらどうすんだよ。試合どころじゃねえだろ。問題ない。
認めなければいいだけだ。こいつを解放する前にちゃんと汚れを落とすから証拠だって残らない。お兄さん、大丈夫ですか？今すぐほどきますんで。作戦失敗。しないでください。話せ超ソ連。この頭のおかしい女に思い知らせてやる。寝込みを襲ってくるとは姑息な真似を。さあ来い、この青髪の力を見せてやる。まあまあ、邪魔をするな。なんならお前も一緒に相手してやるぞ。お兄さん、落ち着いてください。俺にいい提案があるんですよ。どういうことだ？ですね。よっはあはあ、ソランどうしたんだ、そんな寝ぼけた顔してさ。寝ぼけどころか一睡もできなかったんだよ。お集まりの皆さん、これより二次予選を開始します。予選は4つの会場で同時に行われ、試合の模様は全てこのモニターで中継されます。4つも会場があるのか。間もなく第1試合を開始します。大谷対鉄馬竜、陸林論対雲、封鎖園対通勤か、サイロク対レイ。それでは各試合始め。やあ、この位置でも当たった。ならもう少し距離を取って。私の能力を知っているようね。射程距離を探っているのかしら。参ったな、やっぱバレバレだったか。そんなまどろっこしい真似しなくたって教えてあげるわよ。あんたの予想通り私の能力には距離の制限がある。だがこのグラウンド内ならばどこにいたって命中させる。また姉さんは楽勝だな。大好きだよ、リンロンちゃん。ゾウリュウのやつ、試合が終わったら絶対ぶっ飛ばす。ごめんなさい、クモさん。あの人たちは別に私が呼んだわけじゃなくて勝手に来ただけで。そんなことはどうでもいい。今すぐ負けを認めろ、陸林路。それはできません。私は自分の力を試すためにこの大会に参加したんです。本気で私と戦ってください。お嬢ちゃん、君とは戦いたくないんだ。何がお嬢ちゃんだ。最強可愛いリンロン様って呼べ、この野郎。やっぱあのデブ野郎を先にやるか。うるさいバカ、試合の邪魔しないで。お前ら聞いたか？リンロンちゃんが俺に話しかけてくれたぞ。しかもバカってあだ名までつけてくれて。もう俺のことゾウリュウって呼ぶなよ。これからはバカって呼べ。いいな。最後にもう一度聞く。負けを認めろ。認めません。まだ戦ってもいないのに。俺の両天尺のサビとなりたいか。はい、その力拝見させていただきます。わかった、俺の負けだ。なんで？クモさん、待ってください。私には試合する価値もないってことですか？お前の実力は関係ない。俺は誓ったんだ。絶対女には手を出さないってな。勝者陸林論。いくらあの子が可愛いからって危険までするか？あの子は陸林論、重郎陸金様のひ孫だよ。彼女は人気者で熱狂的なファンも多い。ゾウリュウのやつも陸金様が開いた会合で会った時に一目惚れして、それ以来彼女の画像ばっか集めてる。やるじゃない、気で全身を覆って防ぐなんて。けどこれはどうかしら。はあ、避けた。いやあ、捨て身のつもりか。左足を重心に腰に力を通し、斜め45度に上腕を振る。これまで撃ってきた46発をサンプルとした場合、
拳の現れる位置は3箇所だけ。それなら私の反射神経でも対応できる。またよけた。そんなはず。どうしたの？あなたの方から距離を取るなんて。金貨だったかしら。あんたのこと見くびっていたわ。このまま試合を続ければ私の勝率は 37%。 だがそのダメージで後の任務に影響が出る確率は 100%。 参りました。はあ？ちょっと逃げるつもり？せっかく面白くなってきたところなのに。どういうことだ？なぜ金貨は棄権したんだ？彼女は生きたコンピューターと呼ばれているからね。これ以上試合を続けても無駄だという結論を出したんだろう。どうした？大家さんの試合か。この通飛混合、貴様の対局運数でも敗れはせんぞ。なるほどね。通飛弾手は気を弾丸のように放つクンフーだが、あんたの通飛混合は混合の力で爆弾のような威力を持ち、さらに爆発のタイミングまでコントロールすることができる。道理で俺の銃の力で制することができなかったわけだ。仕掛けが分かったところで何ができるというのだ。俺の親父はかつて武闘山でお前たちの対局運数に敗れた。以来鍛錬を積み重ね、この通飛混合を編み出した。これはお前たち武闘派を倒すための技だ。重力豪を制すというが、それは全て相手の豪次第だ。また貴様の銃の力が触れる瞬間に爆発させてやる。何？バカな、あの構えは軟弱味。対極拳ごときが通じるはずなど。いや、あいつは力で強引に分解してきた。あれは対極拳なんかじゃない。何笑ってんの聖に。鉄馬流の親父さんが気の毒だなと思ってさ。多分武藤さんの師匠は彼に対して本気を出さなかったんだと思うよ。敗北を糧にする姿勢は認めるが、銃の力が太極拳の全てだと思い込むとはとんだ勘違いだな。陰と陽が一つになり、銃と棒が融和する。これこそが本当の太極拳。太極が万物を生むというが、それはすなわち太極拳は無限の力に変化できるクンフーということだ。いくら豪の力も使おうが無駄だ。たった一度受け止めたくらいで通飛混合と通常攻撃のコンビネーションだ。防げるものならやってみろ。なんだと。金賞と千金髄。驚いたか。俺のクンフーは通飛混合だけじゃないぞ。今の俺は泰山のごとく揺るがんぞ。やるじゃん。あんたの親父さんはよく指導してくれたみたいだな。豪の力は俺の方がはるかに上。痛くも痒くもないわ。諦めの悪いやつだ。どうやら勝負は決まったみたいだな。崩れよ。無駄無駄。お前の力で俺の金賞刀を破ることはできん。俺の力の前にひれ伏すがいい。鉄馬流、後ろを見てみな。口を挟むな諸葛星。大家殿は手加減してくれたんだよ。じゃあお疲れさん。勝者大家。大家さんっていつもはやる気なさそうだけど、本当はすげえじゃん。彼の技は一見普通に見えるけど、拳から発する力は変幻自在。私の悶絶拳四十八式にも引けを取らない。太極拳を侮辱すんな。何その技。知らんでいい。こっちも終わったみたいだ。サイロクは気絶しています。よって勝者はレイ。
以上で第1試合は終了。引き続き第2試合を開始します。風宝宝対王二剣。私の番だ。俺たちも見に行くよ。増龍対超霊玉。増龍のやつ大丈夫かしら。あのデブの棺桶を買っといてやらないとな。しかしこちらの試合は余裕だろうな。相手は速達の下っ端だ。今回彼らが推しているのはおそらく超ソランのみ。他の選手は頭数を揃えるためだろう。頭数ね。姉さん、柳みたいな髪に花を刺して花をなん刺しててだらしない格好。女性としての自覚はないのかしら。こんなやつと試合なんて。あんたが私の相手？そうよ。ふん、私は王二剣。お互い正々堂々だ。ちょっと待ちなさい。まだ試合は始まっていないのよ。はっとけよ、はっとけ。ほら風宝宝、ちょっとそれはずるいんじゃないか。どうして？私は相手を殴るためにここにいるんじゃないの？ああ、まあそれも一理あるな。じゃあ続けて。どいつもこいつも適当ね。下品でだらしなくて、その上ルールも無視するなんて。私が礼儀ってもんを教えてあげるわ。奥義流れ虹。こいつの木、他のやつと違って実体がはっきり見える。それになんでこんな鮮やかな色してんだ。キシキチョウ。男が車を押し動かす。この小娘なんて力なの。青色蝶。逃がさない。ありえねえ。こんだけの気を放出してその上操作までできるなんて。ありゃ全然威力ないんじゃん。王二剣、いきなり使ってきたね。気を放出して暗示をかけ、その心理に影響を与える独創訓風流れ虹。臆病の黄色と憂鬱の青色を浴びたあなたは今とても戦える状態ではないでしょう。自己暗示赤色蝶。強戦士の赤。身をもって無礼を償いなさい、カムスベア。あんたの攻撃痛くないけど、なんかあるようなないような。よくわからないけどすごい。私の流れ虹が効かない。嘘でしょ。二剣が一方的にやられるなんて。あの子一体。ありえない。こんなだらしない小娘が流れ虹を受け付けないほど強い心を持っているはずないわ。まさかこの子泰山の境地に至っているというの？いや、まだあの技が残っていたわ。攻撃を受けたことであの子の気が私の体に付着している。試す価値はあるわね。気からあの子の性格が持つ色を分析し、正反対の補色で攻撃すればその効果は倍になる。花ちゃんの場合、冷静な青だから黄色の木、雲は静寂な黒だから全てを照らす白い木が効果抜群。さあ来なさい小娘、あんたの色見せてもらうわ。そんな無色ですって。無色透明。数年前、私は流れ虹を鍛錬するためにいろんな人の気を集めて世界を巡っていた。ある国では重罪人に対して恐ろしい刑罰が定められていた。人としての尊厳を奪われ完全な廃人となった受刑者が持っていた気の色は全て無色透明だった。あれは手術ではなく死よりも恐ろしい魂の破壊。私が見てきた中で最も残酷な刑罰。私の負けよ、風宝宝。そう、じゃあ帰る。もし人為的に魂が破壊されたのであれば、当然本人は何も覚えていないはず。
体も精神も破壊することなく魂だけを消し去る。これが人間のできることなの？以上で第2グループの試合は終了となります。続いて第3グループの試合を開始します。マレ対ジャセーリャン、東文竜対長傑、東遊福対ロー、超ソラン対全指導。やっちまえ全指導。そうだそうだ、あのクソガキに思い知らせてやれ。まさか第2グループの試合があんな簡単に終わるとはね。ああ、風方法、超霊玉、風神遁、順当に勝ち進んだな。あともう一試合は誰だったか。私の試合よ。ゆきちゃん。ああ、そうか、ゆきちゃんの試合だったな。確か相手は東郷荘の虎穴だったが、結果は？負けたわ。あんたが虎穴ごときに負けるなんてなんかあったの？まずいことになった。え？とにかくすぐみんなに招集をかけて、陸金じいちゃんに知らせないと。おお、すごい熱気だな。てっきりソラン君はそれほど人気がないのかと思っていたが。まさか注目の的よ。あの高顔無知はせこい試合をするからな。おい親父、姉さん。おお、お前も勝ったか、シントン。まあね、二人もソランの試合を見に来たんだ。あいつが無様に敗れ去るのを見届けてやろうと思ってな。青髪の全指導が相手だしね。全指導、全指導、すぐに入場しなさい。試合開始時間は過ぎている。すぐに入場しなさい。全指導は何やってんだ？どうしたのかしら。また超ソランがズルしたんじゃねえのか？絶対あいつの仕業だ。全指導がどこにも見当たりません。何？どこにもいないだと？では仕方ないな。全指導は開始時間を過ぎても会場に現れなかったため危険とみなす。よって勝者は超ソラン。また汚い手を使ってな、超ソラン。何が期待原理の継承者だ。ちゃんと試合しろ。超ソラン。おい、誰か降りたぞ。あれは前の試合で超ソランにはめられた小僧だ。超ソラン、今日こそお前の化けの顔を剥いでやる。覚悟しろ。若者よ、ここは死闘の場ではない。話してくれ。あいつだけは俺が。超ソラン、お前も男なら正々堂々俺と勝負しろ。さあ行くぞ。さすがはソラン君だ。どんな策を浪したのかは知らんが、ますます彼に興味を惹かれてきたぞ。親父、そんなにソランが気に入ってるのか？いずれお前たちにも彼の良さがわかるさ。この先も彼とは懇意にしておくんだぞ。あれが超ソランか。ロジ、あんたはどう思う？は、ただの若造に過ぎん。どうだおい、彼と接触してみるか。老天使に相談もなくか。超ソランはまだ天守府の人間ではない。老天使に口出しされる言われもあるまい。お、天下界の風チョンハウか。わしら四大聖火と肩を並べるまでになるとは思い上がりも甚だしい。何を言うかね。天下界など取るに足らん烏合の衆よ。ご足労おかけしました、陸金様。現在試合中の者を除き全員集めました。シーシよ、
間違いないのだな。はい。虎穴の木を食べた時すぐに分かりました。あの気持ちの悪い味は花根者珍虫の木です。その中に他の偉人の木も混じっていました。おそらく虎穴が殺害した偉人たちのもの。これは間違いなく珍虫の能力、闇金です。珍虫は自分の力を他人に貸すことができる。この力の借り手は他の偉人を殺すことで相手の気を吸収できるようになる。その対価として吸収した気の一部を珍虫に返さなければならない。しかし殺せば殺すほど利息は増えていき、珍虫が手にする気の割合は増えていく。吸収できる気は減る一方となり、やがて借り手は発狂しただの殺人鬼と化してしまう。一人で出歩くなんて不用心だぜ、サイルク。虎穴か。夏香と珍虫のやつ、飼い犬をちゃんとしつけていなかったようだな。お前誰だ？誰だと思う？目を見開いてよーく見ておけ。百面相の欲が毒。しー、潜り込んでるのは俺一人だけじゃないぞ。俺の能力を使って皆を変化させた。だが彼らは俺のように常に変化はできない。気が乱れるようなことがあると溶けてしまう。いいか、俺たちの命令なしで動くな。でないとお前を消すことになる。たくさん敵を作っちまったな。にしてもホーネーは一体どこに行ったんだ。まさかまた誰か埋めに行ったんじゃ。やれやれ。超ソラン様、十郎のロジ様と王愛様があなたとの面会を希望しております。え、俺その二人と面識ないんだけど。お二方はあなたのおじい様を知っております。我々と一緒に来てください。さあ、お二方がお待ちしております。案内してくれ。なんとまた会うなんて、これは運命だよお嬢ちゃん。せっかくの巡り合わせにとっておきの秘宝をお見せしよう。これじゃ。あんたまだ商売続けてたのか。商売なんかじゃない。わしは縁のある者に秘宝を譲っているだけじゃ。この指輪はわしの師匠が100尾の狐と1ヶ月くらい苦戦して手に入れた。あんたの師匠いつも化け物と戦ってるな。とにかくこの秘宝は一品じゃ。お嬢ちゃんは特別だから譲ってやろう。8000元割引はなしじゃ。だけど私そんな大金持ってないよ。クレジットとか電子決済とか何でもいいから急げお嬢ちゃん。早くしないと良い運気が尽きてしまうぞ。シュート待って、久しぶりに使うから。暗証番号はあれ66666。ほうほう、ソランの試合は見なくてよかったのか。うん、別にいい。どうせ勝つから。お嬢ちゃん、ちょっと聞きたいんだが、君の師匠は誰なんだい？師匠？師匠って何？じゃあ稽古をつけたのは両親か。ご両親の名は何ていうのかな？私の親か。忘れた。忘れた。あ、超空の試合が終わったのか。あいつはどこ？ソランなら一人でどこか行ったみたいだけど。やばい、超空が迷子になった。超空おいお前、超空を見たか？見てないけど。そこの旦那、この指輪 0.8 元でどうかね。結構です。超ソランを連れてまいりました。どうぞ。こちらが十郎の王愛様とロジ様です。
ようやくお目にかかれたな、超ソラン。わしは回りくどいことが嫌いだ。期待源流を渡せ。代わりにどんな条件でも全て飲んでやるぞ。おいおい、おじいちゃん冗談はやめてくれよ。俺は期待源流なんて知らないんだって。前世のやつらも前にそう言って俺んとこ来たけど、結局何も手に入れなかったし。超ソラン、お前に非はなくても期待源流は災いをもたらす。わしに差し出せばお前に手出しするようなやつもいなくなる。ないものをどうやって出せって言うんだよ。小僧、わしらとて礼儀はわきまえておる。だがどうしても拒むというのならロキョウ。これはまさかロリオと同じ技。ロリオのことを知っておるか。その通り、これはロケしか習得することのできない秘術、冥婚術。お前の魂を操作して記憶を抽出できる。何、ロリオはお前らの。そう、奴はわしのひ孫、このロキョウの弟だ。おじい様、奴は俺の弟などではありません。堕落した下道です。どういうことなんだ。ロリオンが俺たちロケに何をしたか知っているか。あのけだものは俺の妹を手にかけた。あいつは家族を殺したんだ。超ソラン、俺は君の期待源流が欲しい。その力でロリオの下道を殺す。妹の仇を討つんだ。君が本当に期待源流を持っているかどうかは俺が確かめる。やだなお兄さん。俺が期待源流を持っていたとしても差し出す道理なんてないじゃないですか。ちょっと待った。本当に冥婚術使うの？それだけは勘弁してくれ。安心しろ。君の体の上から冥婚術を薄くかけるだけだ。それで君が嘘をついているかどうか試験することができる。何それ、ただの嘘発見器じゃねえか。おい、なんだお前は。下がれこの娘。この中におわすのは誰だと思っている。知ってる、超ソラン。違う、ここはロジ様と王愛様がお休みにおねえ。いたいた。困ったことがあったら私を呼べばいいのに。貴様、何者だ。なんで呼んでくれないの。なんでここが分かったんだ。あのじじい誰。無礼者、重郎に向かってなんて暴言を。ちょい待った。まあロキョウさんもまずは落ち着いて。このおバカ、面倒なことしやがって。分かったよロキョウさん、あんたの試験を受けてやるよ。心配すんなホーネ。俺は大丈夫だから。超ソラン、まず質問させてもらうが。いや、聞かなくていい。俺から話せ。じいちゃんは期待源流を俺には伝授してくれなかった。期待源流についての情報もじいちゃんは俺に何も教えてくれなかった。本当の話です。まあいい、超ソラン、足を運ばせて悪かったな。もう帰りなさい。じゃあお二方、俺はこれで。待て、せっかく来たのだ。腹を割ってとことん話そうじゃないか。くそ、しつこいなこのたぬきじじい。これ以上ごまかすのは。おお、ロ先生に王先生じゃないですか。重郎ともあろうお方がうちの会社の下っ端に何のご用でしょうかね。何、噂の超ソランと少し話がしてみたくてな。こいつらどうやって嗅ぎつけた。なるほど、確かにこいつは今注目の的ですからね。来るの遅いよジョヨン。用件が済んだのなら彼を連れて帰りますがよろしいですね。待て、超ソラン、なぜお前のじいさんが天使符を去り超釈林という偽名まで使って身を隠していたのか知りたくはないかね。彼は
前世の外道たちとつながっていたのじゃよ。どういうことなんだよ、ロジさん。教えてくれよ。これ以上話すことはできん。そもそもこれは天使府の不祥事。わしの口からではなく、老天使自らがお前に話すべきことなのじゃ。考えすぎるな。奴は君と天使府を敵対させようとしているんだろう。いや、ロジのあの態度は絶対に何か根拠がある。全ての答えを知るためにはラテン大将で勝つしかない。とにかく今は勝つための方策を考えた方がいい。残っているのは強敵ばかりだ。ほう、あのコーヒンという男、素晴らしい炎の使い手だ。諸葛星が劣勢に回るなんて。その逆だ。諸葛星はコーヒンを相手にもしていない。だからあのようにただ逃げ回って遊んでいるのだ。諸葛星が勝負をかけた時、勝敗は決するだろう。チョコマカと逃げ回りやがって。消し済みにされたらシャレにならないからね。この服結構気に入ってたんだけどな。なめやがって。食らえ龍華弾。ゴンロバック。おお、あれは武功派の鬼門遁甲。初めて見たぞ。鬼門遁甲だと。そんな小細工が通用するか。くらえ連勝。そう風縄。器用なやつね。だがおお、体の表面の温度を変化させ風の流れを乱したか。やるじゃないか。俺の本領は炎を操ることのみ。これだけは誰にも負けん。熱炎症だ。クロルリ。腕をガラスに変えたな。だがどこまでこの熱炎症に耐えられるか。熱いな。こいつの手何度まで上がってるんだ。逃がさんぞ。カン水弾。何バカな。俺の炎を打ち消しただと。奴の水弾にはそれほどの威力が。どうしたのかな。違う。俺の炎の威力が弱められているんだ。コーヒンは気づいたようだな。どういうことでしょうか。武功派鬼門遁甲の罠だよ。諸葛星に近づくほど力が発揮できなくなる。つまりわからないのか。まあその師匠から戦術を学んだではないか。基本の原理は分かってますよ。方位で吉凶を占うんでしたよね。ですが彼の立ち位置はめちゃくちゃですよ。そう、確かに彼の立ち位置は一見すると理にかなっていない。一般的な鬼門遁甲は自分ではなく相手が中級、つまり鬼門局の中心となる。故に使える砲術も相手の立ち位置次第。ここで2つ問題が出てくる。一つが相手は常に中級を占めているためどうしても受け身に回ってしまうこと。そしてもう一つは同時に数人に囲まれた時一人一人の相対方位を判断するのは至難の業ですが、諸葛星は前の試合で同時に3人を相手にしていましたが。そう、それこそが武功派鬼門遁甲の特徴。
彼らは自分を中級とする鬼門局を作り上げてしまうのだ。今さら皇賓が距離を取ろうが、彼はすでに諸葛星が作り上げた鬼門局の上。一歩間違えれば全て終わりだ。カン逃がさんぞ。何バカな、俺の炎を打ち消しただと。皇賓は気づいたようだな。いえ、どういうことでしょうか。武功派鬼門遁甲の罠だよ。諸葛星に近づくほど力が発揮できなくなる。今さら皇賓が距離を取ろうが、彼はすでに諸葛星が作り上げた鬼門局の上。諸葛星が勝負をかけた時、勝敗は決するだろう。どうしたの？くそー、足りねえ。まだ足りねえ。全然燃え足りねえ。諸葛星、お前のような強敵と戦ってるってのに、俺の魂は全然熱く燃え上がらねえぞ。もっと全力で俺と戦え。手加減なんてするんじゃねえ。はあ、それは悪かったな。じゃあ俺も少し熱くなるとするよ。こいつ、この俺に炎で挑む気か。バカにするな。緊張爆炎積乱。ここは危険です。早く会場の外へ。ここは危険です。急いで退避してください。いや、一体何の騒ぎだ。試合は終わったのか。なんだと、炎使いの俺が押されている。師匠以外に俺の炎を打ち破れるやつなんているはずが。こんな化け物に勝てるわけねえ。見事な勝利でしたね、諸葛星さん。ただ試合後に会場が炎上する大惨事となりましたが、それについて何かコメントは？ああ、できれば被害は出したくなかったんだけど、どこかの熱血バカが勝負を諦めて危うく帰らぬ人になるとこだったから仕方なく。何か言いたいことでも？このキツネ野郎、お前が俺にとどめを刺してればこんな大火事にならなかったんだ。俺は死ぬ覚悟だってできてた。なのに最後まで手を抜きやがって。手抜きね。この大会で俺が厄介な相手だと思ったのはお前が初めてだよ。別に勝ったからって綺麗事を言ってるわけじゃない。お前が鬼門遁甲に引っかからず単純な炎の技比べになっていたら、俺が二人がかりで挑んでも叶わないだろうね。俺にかなわないだと。そうだろう。お前の小細工がなければ俺の勝ちだったからな。今度勝負するときはもっと熱い戦いをするぞ、諸葛星。次こそどっちが上かちゃんと決着をつけてやる。おい、さっきのインタビューはなしだ。もう一回取り直せ。なんかめんどくさいやつだな。ところで諸葛星さん、諸葛家は偉人界でもあまり表舞台に出てこない家系と言われておりますが、今回の大会に出場したきっかけは何だったのでしょう？別に深い理由はないよ。ただ自分たちの実力を試したかっただけさ。実力ですか？
諸葛星さんはすでに同年代の偉人たちをはるかにしのぐ実力を備えているように見えますが、一体どれほどの境地を目指しているのでしょうか。もしかしてあれですか。ああ、羽化のことか。君は人に羽が生えて仙人になるなんて作り話を信じているのかい？やめろって法ね。諸葛星は埋めなくていいから。落ち着くんだ方法。とりあえず俺も頑張ってみるからな。超ソラン選手ですね。我々は偉人たちへのさまざまな援助や情報提供を目的とした民間偉人団体の養成者です。もしよろしければ取材をさせていただきたいのですが、張さんさんもご一緒にお願いします。速達についてお話を聞かせてください。こりゃ酸っぱいな。みかん食べるか。ふうほうほう。こんな酸っぱいもんよく食えるな。食うもんがあるなら早く食った方がいい。でないと食うもんがない時に腹が減って困る。ええ、面白い考えだ。ジョさんのおじいさんが教えてくれた。おじいさんの家は貧しいのかい？それなら君が援助してあげなきゃ。速達で働いているなら稼ぎだってあるだろう。おじいさんはとっくの昔に死んだ。あの頃はみんな貧しかった。おお、昔。それっていつ頃のことかな？ごめんごめん。俺たちちょっと用事があるから行かないと。先行ってるよ、ジョさん。どこに行くんだい、ソラン君。ジョヨンが試合見に来いって。どう？何か情報は聞き出せた？もう少しだった。だが我々が必ず謎を解き明かしてみせる。もう始まってるみたいだな。お前らも来たか。見応えのある試合だぜ。新規の使い手少々対全身派龍門の孔明だ。嘘でしょ。あんだけ少々の新規を受けてんのに魂が剥がれないなんて。少々は一番やりづらい相手と当たったな。どういうこと？俺たちが現実に見ることのできる肉体は霊と呼ばれる。一方、実体のない精神や魂といった存在は生と呼ばれている。全身派の理念は生命両修。つまり生と命の両方を同時に鍛えるということ。彼らは武術などの技を捨て、ただひたすら肉体と精神の修練に励んでいるんだ。少々が新規であいつの魂を引き剥がそうとしてもそう簡単にいくはずがない。孔明、これは生死を賭した戦いではなく、あくまで互いに切磋琢磨するための試合。俺も力を抑えてきたつもりだ。だがそうも言ってられないみたいだな。手加減なんてしてたらお前に勝てそうもない。構わないですよ、少々さん。あなたが手加減してるなんてとうに気づいていました。だけど僕はそろそろ限界だ。体術ではあなたにはとてもかなわない。だから僕もとっておきの技を使わせてもらいますよ。少々さん、もう僕の魂を引き剥がさなくていいですよ。自分で引き剥がしますから。何？出た！出用人だ！気をつけてください。これから僕はあなたの魂を狙って攻撃します。なんだよあれ。あいつ幽霊になっちまったぞ。あれは肉体から魂を乖離させて操る全身派のクンフーだ。生命両修を理念とする全身派の同志は
強靭な肉体だけではなく想像を絶するほど強い魂を持っている。なんて速さだ。こんなクンフーがこの世に存在するなんて。だが魂が離れたならば肉体の方はガラ空き。バカめが。苦しい。なんだこれは。言ったじゃないですか少々さん。魂となった僕はあなたの魂を狙うと。今の僕の速さなら肉体を攻撃する隙など与えません。それにあなたの神気はすでに見抜いています。遅い遅い。よし今だ。何？すまない孔明。お前の魂をしばらく飛散させてもらった。うちの弟弟子が迷惑かけてすまなかったな。このバカ者が大した修練も積んでおらんのに必要。こいつ俺の神気を魂で受けたというのに全くの無傷だなんて。全身あの奴ら本当に人間かよ。未熟者めがさっさと負けを認めろ。ごめんなさい。兄ちゃんのおっしゃる通りです。降参します。あのヒゲは誰なんだ？全身派の本山白雲館の竜光陽だ。まさかここまでの実力とは。いや幽霊な時点でありえねえから。必要人ってクンフはな、そもそも戦うためにあるものではなく、魂の強さがある段階に達した時自然となるものなんだ。魂は鍛えにくくとても脆い。傷つけられた時に修復するのは至難の技だ。だが竜光陽は魂で少々の神気を真正面から受けていた。これは素手で剣を受けるより100倍も難しいことだ。ズルだ。幽霊なんて絶対ズルだ。速達の皆さん、陸凛論、試合はもう終わりましたか？こちらの準備は整いましたのでいつでもいらしてください。行くとするか。大会に出場する以外にもう一つやることがあんだよ。なあ、今から老天使と陸金様に会うんだよな。そうだ。だったら法姉は連れて行かない方がいいんじゃないか。だが方法を一人にしとくってわけにもいかねえだろ。けど法姉の過去が後進の乱と関係あったとしたら、重郎はあの動乱を経験している。法姉のことを知っているやつだっているかもしれない。ソラン、お前はどうしたい？できれば法姉と重郎の接触は避けたい。だからこの前ロジと大愛に連れて行かれた時、わざと法姉に連絡しないでジョヨンに連絡したんだ。結局法姉はロジと大愛に会っちゃったけどね。気にしすぎかな俺。まあ老天使だったらロジや大愛よりも安全だろうしね。ただ法姉のことはもっと慎重に考えてあげないとって思ってさ。親父、やっぱりあんたは見抜いてたんだな。方法をソランに託した理由、俺もやっと分かった気がするよ。どうぞこちらへ。久しぶりじゃなジョーさん、ジョヨン。さあソランも入りなさい。そんなに硬くならんぜいいぞソラン。彼は伝心中、お前の祖父超会議の兄弟弟子じゃから、お前の大師匠と言ってもよい。かつてわしと心中と会議の3人は親友じゃった。これは伝心中大師匠、お会いできて光栄でございます。いきなりの媚びへつらい。さすが高顔無知。
こちらは陸金大師匠ですね。お会いできるのを楽しみにしてました。俺はお前の拝礼を受ける筋合いなどないぞ。またまた、ぜひとも陸金様にお礼がしたかったんですよ。ラテン大賞の参加者が増えて強敵ばかりと戦えるのも陸金様が通天録を捧げてくださったおかげなんですから、ありがとうございます。この俺を皮肉るなんていい度胸をしてるじゃないか。そりゃそうじゃ、あの会議の孫じゃからの。いや参った。面倒を増やして悪かったなソラン。その代わりとしてお前の頼み事だったら何でも聞いてやるぞ。いひひ、ありがとうございます陸金様。ところで後ろにいるお嬢さんはどなたかな。ああ、うちの社員の子です。彼女も今回の大会に参加してまして。陸金、本題に入るとしよう。奴を連れてこい。こいつは東郷荘の虎穴。我々は前世の手先となった虎穴を監視下に置いていた。前世の手がかりを得るために奴を泳がせていたのだが、殺人鬼と化してしまった虎穴はこの龍虎山で威陣を張り始めた。しかし東遊福が。虎穴は白頭山のシャーマン一族東遊福、いや厳密に言えば東遊福に憑依した精霊龍魂星に返り討ちにされた。死にたいか精霊、そんなもんが本当にいるのか。この世の生き物は皆気というものを持っている。精霊というのはいわば気を修練した動物だ。だが動物が気を使いこなすのは極めて珍しいことだ。気を修練するためには心と知恵の扉を開かなくてはならん。これが至難の技なのだ。だが天性純朴である動物が気を習得すれば上達速度は人間をはるかにしのぐ。気を修練し精霊となった動物を東遊福の故郷では仙と呼んでいる。そして彼らシャーマン一族には出馬という空風がある。仙との契約関係を結んで仙の力を借りるというものだ。裕福のバカ者がこんな雑魚相手にわしをわざわざ呼び出しおって。まあまあ、そう怒らんでください。いやまさかこの年になって仙にお目にかかれるとは。白頭山のシャーマン術はもう途絶えたかと思っていたが。少しは訓夫がありそうなガキだな。どうだ、わしの遊び相手になってみんか。とんでもございません。して先生のお名前は。白頭山の龍魂星。おう、虫けらどもがまさかこのわしとやり合うつもりか。誤解しないでください龍先生。我々は先生が捕らえたその男に用がありましてな。はあ、なんとかあの仙人を説得して虎穴を渡してもらったものの、前世の計画を聞き出すつもりがこの様子ではまともに会話するのも難しい。奴らの術の影響で今はほぼ廃人だ。本当に大丈夫なのか。突然襲ってきたりは。その心配はないぜ。こいつを使ったからな。これは平眼針。こいつを特脈にブスリとやればどんな訓風だって発動できなくなる。こんな下っ端に聞くことなんてないと思いますよ。どうせ何も知らないでしょう。陸金様が通天録を褒章とする声明を発表された時、密かにうちの会社に連絡をしてくれました。
彼らも俺たちと同じ目的で集められたんですよね。この竜湖山で前世の奴らを待ち構えている。一体どういうことなんだ？ソラン君には話してなかったが、うちからも多くの社員がこの山に潜入している。ソランの機体源流もわしの通天録も全て前世を釣るための餌だ。前世がこの餌に食いつけば、この竜湖山で奴らを一網打尽にできる。ソランの機体源流もわしの通天録も全て前世を釣るための餌だ。前世がこの餌に食いつけば、この竜湖山で奴らを一網打尽にできる。お二方よ、この竜湖山で喧嘩するのは結構だが、壊したものはちゃんと弁償してもらうからな。大丈夫。陸金の家には金がある。それに速達も国営企業じゃ。心配いらんよ。冗談言わないでくださいよ、老天使。うちなんかそんな大した会社じゃないですって。まあとにかくだ。ここで我々が力を合わせれば、前世の奴らに致命傷を与えることができる。絶好のチャンスですからね。こちらも抜かりのないように動きます。では俺たちはこの辺で失礼させてもらいます。ソラン、行くぞ。師匠！ソラン君、頼む、教えてくれ。ロジから聞いたんだ。俺のじいちゃんが前世とつながってたって。俺のじいちゃんは前世の奴らと同じ外道だったのか。師匠は俺が天使の資格を手にするまでは真実を話せないって言ったけど、これだけはどうしても教えてほしいんだ。老天使、どこまでこの子を追い詰めるつもりなんだ。お前が黙っているつもりなら俺が全てを話す。構わんな。リンロン、お前たちは外に出ている。ソラン、お前のじいさんは確かに前世の外道たちとつながっていた。さらに奴らと義兄弟のちぎりまで結んだのだ。当時超会議だけではなく、他の名門流派の偉人たちの中にも前世とちぎりを結んだ者がいた。ダメですよ皆さん。大師匠様たちのお話を盗み聞きするなんて。シッ、今いいところなんだから静かにして。おお、儀式もなしに護旗術を発動できるとは、完全に通天録を自分のものにしたようじゃの。いや、まだまだ学ぶべきことはある。ソラン、この通天録を作り上げたのは俺の親友坊山上世派の上司夫だ。彼も前世と義兄弟のちぎりを結んでいた。上司夫、超会議、それに天下会会長風チョンハオの先祖風天陽など、全部で36人の者たちが前世と義兄弟のちぎりを結んだ。故に彼らは36族と呼ばれている。各流派の指導者たちは頭を抱えた。なんせ自分の門下が前世と通じているなど夢にも思っていなかったからな。やがて彼らは互いに手を組み、この36族に対して討伐令を下した。討伐令？じゃあ師匠たちもそれに加わって。その通り。会議を追ったのはこのわしと伝心中じゃ。バカモン！散々念を押したというのにベラベラと心中に喋りよって、口が軽いにも程があるぞ。すみません師匠。師匠、自分が GA 先輩から無理に聞き出したんです。先輩のせいじゃありません。師匠、率直にお聞きしますが、師匠は会議の命を守る気がないのですか？守る？
わしは上からの討伐令を断ったことで仁義は尽くした。討伐令を取り下げることはわしらにはできんのだ。これ以上は世界中の偉人たちを敵に回すことになる。今は団結してこの国難を乗り越えねばならん。内部で揉め事を引き起こしている場合ではない。もし誰にも知れず密かに会議を連れ戻せたとしたら、天使府は彼を守れるのでしょうか。この龍虎山で起きたことを裁けるのは天使府の掟のみ。この山で弟子を傷つけることは誰であろうとわしが許さん。あのバカ野郎が戻ってくるのなら掟にのっとってわしがとっちめてやる。師匠、私たちが会議を連れ戻します。行かせてください。師匠は仁義を重んじる弟子思いのお方じゃった。わしと老天使はその夜密かに山を降り、二手に分かれて会議を探しに行った。姉ちゃん、ちょいと手伝っておくれ。はい、大師匠様。会議を探す道中、わしは襲撃にあった。襲ってきた奴らの素性は未だにわからん。奴らはわしを捕らえ、会議の行方を聞き出そうとした。なんとか一命を取り留めたものの、結局会議を見つけ出すことはできなかった。そうか、そうだったのか。じいちゃんのせいで。ソランよ、わしらは会議のことなら分かっておる。あいつは昔から仲間思いの男じゃった。龍虎山に戻ったら皆に災いが降りかかると考えたのじゃろう。だから一人身を隠し逃げ続けることを選んだのじゃ。あいつのせいではない。天使将、でもあなたは。俺ずっと知らなくて、そんなこと。会議には身寄りもなく誰も頼れなかった。お前に話せなかったのも無理はない。まったく会議のやつめ。お前がここに戻ってきてくれていたら、ソランも辛い生活を送ることはなかったじゃろうに。ソラン、わしらはあいつのことを恨んだりはしとらんよ。師匠、顔を上げんか、ソラン。今回の大会がどんな結果になろうとも、お前はわしら二人の孫じゃ。たく、とんだ茶番見せやがって。伝さん、老天使、こんな大きな孫が増えてよかったな。これからは天使府がお前の家じゃ。おいお嬢ちゃん、中で何の話してたんだ？っておい、聞こえてんだろ、無視すんじゃねえ。思い出したぜ。お前この大会に出場してる風方法だろ。俺は試合に負けたばっかで気が立ってんだ。ちょうどいい、てめえで鬱憤を晴らしてやる。覚悟しやがれ。何の騒ぎだ。いや、そのやめろって言ってよ。やめろって法ね、もういいだろ。法ね。おう、一体どうしたんだ。私よくわかんない。わかんない。大丈夫、分かってるから。お姉にもちゃんと帰る場所があるよ。絶対に見つけるから。ねえリンロン、もう空にはあのこと言ったの？言えるわけないじゃん。おじい様だっているんだよ。
それじゃ俺たちはこれで。超ソラン超ソラン待ってまさかお礼参りか。違うよ、そうじゃなくてやっぱ無理、こんなこと言えるわけないよ。タマちゃんがいてよ。なんで私が。いておどきなさい、この育児らしい。ニケンさんがいてくれるんですか？カマトとぶっちゃって、あんたたちが行かないなら私が行くわ。ニケンさんかっこいい。超空、これは真面目なお願いよ。なんだよ。あんたのタックを見せなさい。なんだと。てめえ、俺がそっち系統だとでも思ってんのか。そんな頼み聞くわけねえだろうが。銀行ぜ。ついて誤解よ。私たちは別にあんたの子なんかに興味ないの。そこに刻まれてる子宮差を見てみたいだけで。俺の子なんかだと。それも誤解っていうか、お前は俺の子バカにしてるのか。俺を侮辱してもいいが、侮辱するのだけは絶対許さねえ。クソったれ。聞いて超ソラン、興味本位でお願いしてるわけじゃないの。子宮差は現代では禁止されてて、どんな古書にも載ってないすごい技術なんだよ。そうそう。私たちは失われた技術を間近で学びたいだけなの。別に変な目で見たりしないわ。そうそう。なんだ、そんなことなら早く言えよ。私たちの願いを叶えてください、ソラン様。では早速お見せしよう。わーい。とでも言うと思ったか。そそんな気になるんだったらロー天使に頼んでこいよ。ロー天使みたいな達人だったらすげえの持ってんじゃねえの。まあいいじゃねえか。それくらい見せてやれよな。それくらいじゃねえよ。ひとまず今の話は置いといて、あなたたちを呼び止めたのは別の要件もあったの。なんだよ。今夜は満月だし、せっかくだからみんなを呼んでパーティーでもしようと思うんだけど、よかったらどうかな。なんだよパーティーって。どうせいかがわしいパー行く行く。空も喜んで行くってさ。女の子の誘いは断れねえもんな。ほら行くぞ行くぞ。ほうほう、お前も一緒に行ってきな。誰が何と言おうと優勝はリンルンちゃんだ。いやー、霊玉様と酒を組み交わせるなんて思わなかったよ。今度は石膏まで遊びに来ないかい？いろいろ試合がない時のみんなってこんななんだ。みんなソランと話したがってるよ。でも何緊張してんのよ。ほらさっさと行く。早く。ごめん、先行ってるから。ソランが来たよ。ほうほう、お前も行ってきていいんだぞ。けどあんま人と関わらせねえ方がいいんじゃねえか。親父も昔はそうだったな。方々に俺たち以外の人との接触を禁じて。でもそれじゃあ方々がかわいそうだろ。お前の言う通りかもな。ほら行ってこい。あいつらだったら心配ねえよ。お前なかなかやるじゃないか。一戦も交えることなく勝ち進んでくるとは。さすが高顔無知だ。今お前のオッズがどうなってるか知りたいか？まあ多少。250倍。そうなの？俺すげえ。で、全指導にはどんな超ソランか。面白いやつだな。以前彼と手合わせしたことがあるそうだけど、噂通りの卑怯者だったかい？彼のことは話したくない。どうして？やっぱり気に食わないの？そんなことはない。本当に？もしかしてあれ？あんたのインゴライが関係あったりとか？やかましい。
図星だったみたいね。俺はその手の話にはあまり興味ないから。お先に。で、実際のとこどうなの？ねえ、霊玉。あんたそんなに空を妬んでんの？あいつが妖語雷を習得してるからって、あんたの竜子山での地位を脅かすことはないと思うけどね。私を諭しているのか。分かっている。私はただ彼に八つ当たりしてしまっているだけだ。あの時私は一瞬の気の迷いで大きな過ちを犯した。以来私が心から崇め、天使継承者の証ともいえる妖語雷を受け継ぐことができなくなってしまった。これは他の誰でもない私の責任だ。今さら超ソランに八つ当たりしているのは私の修行がまだまだ足りないことの何よりの証。私は彼に謝るべきなのかもしれない。それで、あんたの初めてって誰なの？もう長い付き合いなんだからそろそろ教えてよ。絶対ずっと秘密にするからね、教えて。うせろ。いいじゃん、減るもんじゃないんださ。どっか行け。誰にも言わないから。せめてヒントだけでも。霊玉様にこんな黒歴史があったとは。わざわざ竜子さんまで来た甲斐があったな。どっか行け。こいつらを見てるとなんか昔を思い出すな。俺らの頃より数倍も楽しそうだけどな。お兄さんたち、そんなところで座ってないでさ、一緒に飲みましょう。ありがとう。すまんな。誠実の茶。てめえ何のつもりだ。誤解しないでくださいお兄さん。あなたたちと戦う気はありません。ただお聞きしたいことがあって。何？お宅の社員の超ソランと風方法、あなたたちは彼らに苦痛を与えたことがありますか？ソラン君と方法に苦痛？一体何の話だ？んなことするわけねえだろ。じゃあ次の質問。超ソランと風方法はどうやって速達に入社したんですか？そんなこと教える筋合いねえだろ。だがこんなこと聞くってことは、お前方法の何を知った？喋る気がねえんなら覚悟はできてんだろうな。私が知ったことは教えます。けどその前に確認したいことがあります。それが分かったら全て話します。分かった。ただし言っとくが、もし納得のいく答えが聞けなかった時はただじゃ済まさねえぞ。彼らが風方法に対して悪意を持っていないことは分かった。むしろ彼女のことをちゃんと思っている。そうか。何者かが方法の精神と魂に手を加えた可能性があったのか。だからあいつは自分のことを何も覚えていないのか。方法、お前に一体何があったんだ？おい。ふん、やるじゃねえかクソ女。手合わせしてみて分かったぜ。お前なかなかのクンフー使いじゃねえか。女だからって油断しちまったぜ。さあ今度はこいつで勝負だ。じゃあこれ飲んでから。嘘だろ。56度のパイチューだぞ。いやこれは俺への挑発だ。三等賞の断じたるもの、女なんかに遅れは取らねえ。いいぜ。お前が飲んでるやつ俺にもよこせよ。やってやるぞ。男の中の男、三等男児がこんな小娘に負けるわけには。マジかよ。やってやる。本当にソランと方法を連れてきてよかったのかね。心配しすぎだ。今日くらいあいつらの好きにさせてやれよ。ソラン君は今まで偉人であることを隠して生きてきた。彼と知り合ってだいぶ経つが、
あんな楽しそうな顔を見たのは初めてだよ。きっと長い間自分を抑えてきたんだ。たまにはこうやってハメを外したっていいだろう。おいお前ら、そんなに俺の子が見たいのか。いいぞ調子だ。見せろ。いけ。頑張れ。今日は特別だぞ。行くぜ。これが超ソランだ。見えた。確かに神秘的な記号が刻まれている。謎の光でぼやけてるのが残念だけど。謎の光だって。そんなの関係ねえ。心の目を開けば見えるだろ。本当にソランとホウホウを連れてきてよかったのかね。心配しすぎだ。今日くらいあいつらの好きにさせてやれよ。ソラン君は今まで偉人であることを隠して生きてきた。彼と知り合ってだいぶ経つが、あんな楽しそうな顔を見たのは初めてだよ。きっと長い間自分を抑えてきたんだ。たまにはこうやってハメを外したっていいだろう。おいお前ら、そんなに俺の子が見たいのか。いいぞ調子だ。見せろ。いけ。頑張れ。行くぜ。これが超ソランだ。見えた。確かに神秘的な記号が刻まれている。謎の光でぼやけてるのが残念だけど。謎の光だって。そんなの関係ねえ。心の目を開けば見えるだろ。はあ。素敵。今時の大げさでわざとらしいデザインとは全然違う。古典主義の素朴さを残しつつも独特で神秘的な美観を兼ね備えているわ。すっげえかっこいい。どうだ、超空はやはり師匠は間違っていました。こんなバカを龍子さんに入れるべきではなかった。まったく。あの女ちょっと背が低いってだけで俺のこと振り上がったんだ。ほんとひでえよな。一人でいたってつまんないでしょ。一緒に飲みましょう。昨日は何も起きなかった。そうだよな。月を見ながらちょっと酒を飲んでそのまま寝た。そうだったよな。ああ、それと月明かりの下でお前のひよこを見たな。そんでひよこは鳳凰に変化した。で最後鳳凰はキツツキになって木をつついてた。おい、これ以上聞きたくねえ。誰にだって失敗はあるさ、若者よ。はるばる龍子さんまで来て鳳凰を拝めるとは思わなかったけどな。2、3日もすりゃみんな忘れるだろう。多分な。超ソランは偉人界の伝説だ。お前写真撮ったりしてないよな。安心しろ、写真は撮ってない。動画は撮った。どうしよう花ちゃん、私もう空の顔まともに見れないよ。何見てるの？放っておいてあげなさい。花ちゃんは主給差の刻印を全部写したの。今は完全に主給差の虜になっているわ。おい、とっとと降りてこいこの野郎。お前が登ってこいよ。お前キツツキなんだろ。てめえ降りてきたらただじゃ済まさねえからな。いいな、覚えておけよ。おいこら、人の話を聞け。あれはおい超ソラン、早く会場に戻った方がいいぞ。次の対戦相手が出たみたいだ。ミズラ、
俺の相手は東分流か。これに勝てたとしても次の相手は諸葛星と大家さんのどちらかになるのか。十郎がくじで決めたとはいえお前もとことん月がねえな。これからの試合一筋縄じゃいかねえぞ。くそ、今から法姉に頼んで闇討ちなんて間に合わねえし、どうすりゃ。おいゾウリュウ、ちょっといい話があるんだけど一緒に来てくれないかな。試合に出場する選手は速やかに入場してください。張ソラン対東分流、風宝宝対少々。あ、呼ばれた。風宝宝。あたしもともと喧嘩は好きじゃないの。あたしに勝ったからっていい気にならないことね。少々が放つ神気はあたしの流れ虹をはるかにしのぐ力を持っている。せいぜい気をつけることね。下手に近づけばあんたなんかイチコロ。飛び道具が使えないんだったらさっさと負けを認めなさい。一体何すんのよ。お前はどっちの味方だ。俺の手の内をばらしてどうする。別にそんなつもりじゃないわよ。まったく試合が終わったら次はお前の番だからな。ふほほ、かわいそうな子。よりによって魂を攻撃するタイプの相手と当たるなんて。もう魂は傷だらけだというのに。セイニ早くこっちの方がよく見えるよ。でもなんでこっちの試合を見に来たの？超ソランの試合の方が気になるじゃん。この少々と風宝宝って人と知り合いなの？どっちも知らないやつだよ。じゃあどうして？たまたまあの人たちを見かけてね。それについてきただけだよ。嘘！十郎が3人も？なんでわざわざこの試合を？だから気になるんだよ。超ソランの試合ではなくこちらを見に来た。この試合の何が彼らを引きつけるのか。張ソラン、張ソラン、速やかに入場してください。超ソランの野郎、また何かせこい手を仕込んでるな。いや、今回は尻尾巻いて逃げたんだろ。相手はあの東分流だからな。頼んだぞ東分流。あの高顔無知に思い知らせてやれ。超ソラン負けろバカバカ。少し静かにしろ。よく試合を見ておけ。張ソラン、速やかに入場してください。ようやくお出ましか。超ソラン、東分流は小細工が通用する相手ではないぞ。それではこれより超ソラン対東分流の試合を開始する。超ソラン、俺はこの後も試合が控えている。さっさと終わらせよう。よろしくな分流さん。じゃあ遠慮なくやらせてもらうぜ。なんだこの速さは。なんとか急所は免れたが左手を潰された。これほどの実力を隠していたとはやるじゃないか。だが遊びはここまでだ。この毒気でお前を仕留める。さあ来い。今度俺に触れれば猛毒に侵される。お前に勝ち目は。なんだこれは。毒気で全身を覆うなら触れずに倒せばいいだけだ。ほらリュウちゃん、こっちこっち。なんだよ話って。東分流の情報が欲しいんだけど、俺とリュウちゃんの仲だったら教えてくれるだろう。俺がタダでそんなこと教えると思うか。
うるせえ家。俺の仕草をタダで見たんだぞ。それとも今度は俺の来訪で包帯ぐるぐる巻きになりたいか。わかった、教えるよ。東文流の流派は東門だ。東門のやつらの得意技、毒気には気をつけろ。やつが毒気に覆われてる時に手を出すと猛毒に侵されてしまう。毒に侵されたら勝ち目はほぼなくなる。うかつに手出しするのはやめておけ。やつは東門なのか。そうだ。とにかく戦いが始まったら冷静に相手の様子を伺うのが大事だ。毒気を発動させるには気を大きく消耗する。距離を保ちながらの持久戦が有効かもしれないな。東門、あいつらがじいちゃんを。こいつに恨みはないけど、東門の奴らに手加減なんてできねえよ、じいちゃん。老天使、ソランは東門の武芸者と戦っているそうじゃが、見に行かんでよいのか。勝敗は全て彼の運次第じゃ。わしが言ったところでどうにもならん。それよりも今はこの試合じゃ。心中よ、お前なら見抜けるじゃろ。今戦っているこの娘はどの流派に属し、誰が師匠なのか。これはさっぱり見当がつかん。奇妙な身のこなしをする娘じゃ。こんな隙だらけの動き、普通ならばとっくに破られているはず。だが彼女は常に間一髪のところで致命的な一撃を避けている。デンさんの目にはソランしか映ってないから見抜けんのだろうな。ああ、どういうことじゃね。昨日あの娘に会った時に気づかなかったのか。彼女の目だ。目？陸金の話が理解できてないようじゃな。ほら、わしの目を見なさい。どこに目があるのじゃ。シワだらけで見つからん。ここから突き落とされたいか。冗談じゃよ。老天使が言いたいことは分かっておるよ。普通の人間であれば目の中に光が宿っている。だが老天使は100年にもわたる修練の結果、その輝きが消えてしまった。しかし穏やかで飾り気のないその目こそが神通力を持つ者の証。だが老天使、あなたの域に達するには100年近くはかかる。にもかかわらずあの娘はすでにその域に達しているというのか。そんなはずがない。不可能じゃよ。心中の言う通り、彼女はその域には達していないやもしれん。彼女の身のこなしは全て本能による直感的な反応。おそらく彼女は生まれつき修練に適した体質をしておるのじゃろう。若いから神通力を得ることができんとは限らんぞ。まさか老天使、奴のことを忘れたのか。いや、やめておこう。この話はお前の気を悪くするだけだ。気にするでない陸金よ。あの魔物とは関係なく、わしはただ好奇心から彼女が気になっているだけじゃ。お前は素質があるものを見つけるとすぐに弟子入りさせたがるが、この娘はやめておいた方がいい。こいつには謎が多すぎる。おう、彼女はただの速達の平社員じゃないのかね。部下たちに彼女の素性を探らせたが、ほとんど情報が出てこなかった。結局つかむことができたのは、彼女は速達のアルバイトだということだけ。アルバイ
なら平社員よりも引き抜きやすいのではないか。いや、お前は知らないのだろう。速達にとってアルバイトがどれほど特別な存在であるか。ソランってこんな強かったっけ？あの東分竜が瞬殺されるなんて。いや、この試合を見る限りソラン君の実力が東分竜を上回っていたとは思えない。むしろ拮抗していた。東分竜はソラン君を見くびっていた。だから最初から全力を発揮してきたソラン君に試合の流れを奪われてしまった。だがこれまでの試合でソラン君が今の戦いぶりを見せていたら、東分竜も彼を格下だと思うことはなかっただろう。この大会の試合は全てソラン君のペースで進んでいるのかもしれないな。本当に面白いやつだよ。そんなバカな、あんな卑怯者が勝てるはずがない。お前は一つ大きな勘違いをしている。卑怯者は必ずしも無能ではない。お前もしかして青髪の全指導か？なぜこの前の試合を棄権した？ミスミス超空を勝たせてやるなんて。俺はあの日自分の無力さを思い知らされたんだ。どうしたんだよゼンさん、もうやめちゃうのか？もうちょっとで俺を倒せるのに。俺に勝ったら法寧に仕返しできるんだぜ。あんたの札で腕の気脈は封じられちゃったし、俺を倒すなら絶好のチャンスだ。一体何のつもりだ？さっきから俺に攻撃できる隙をわざと見逃し続けて俺をバカにしているのか？そんなことないって誤解だよ。俺はただゼンさんと少しでも長く手合わせしたいと思って、俺にとって得にもなるし。得？どういうことだ？実は俺って他のみんなと違って偉人と戦った経験が少ないんだ。だから試合前にゼンさんみたいな達人と手合わせできるなんて願ってもない機会なんだ。それに今のゼンさんなら法寧に仕返しをしたい執念から全力で俺を倒そうとしてくれるしね。正式な試合じゃないから勝っても負けても俺は損をしないし、いいことずくめだ。自分の修練のために俺を利用したというか？そうだよ。こいつでもゼンさんにとっても損にはならないはずだよ。何？この戦いで自分の弱点に気づけただろ。ゼンさんの札の力は確かにすごい。それに頼りすぎてしまうくらいにね。見たところ札に注ぐ気が多ければ多いほど威力も上がる。だけどあんたは札の力を発動させるとき無意識に過剰な気を注いでしまっている。気を注ぎすぎてしまうことで生じる一瞬の間は相手に回避する隙を与える。だからなかなか俺に札を当てることができなかったんだ。俺がこの札の威力を試したいと思わなかったら一発も当てられなかったかもしれない。それじゃあ続きといこうか。今度は気を注ぎすぎないよう意識してみるといいよ。お、くだらん。ちょっとゼンさんどこ行くんだよ。帰る。お前の修練を手伝うつもりはないからな。そんなこと言わずに続けようぜ。せっかくの機会なんだしさ。彼女、隣の小娘、そいつの実力がお前をはるかにしのぐという話は本当か？もちろん。俺たちで戦うのやめてさ、二人で組んで法寧と手合わせするってのはどう？きっといい修練になるぜ。二人がかりだと？おう、いいよ。かかってきな。もういい。俺は行く。超ソラン、あの夜に見せた実力よりさらに強くなっている。やはり俺は一から修練をやり直さなければならないようだな。ジョさん、ジョヨソラン君、試合はどうしたんだい？もう終わったよ。
骨もそろそろ終わる頃だよな。いや、思った以上に苦戦している。なんかクラクラする。隙だらけだぞ。下手に近づけばあんたなんかイチコロ。飛び道具が使えないんだったらさっさと負けを認めなさい。あっ痛い。ああ、こいつに近づかなければいいんだ。悶絶剣四十八式ぶっかけ。奇妙な身のこなしをする娘じゃ。こんな隙だらけの動き、普通ならばとっくに破られているはず。部下たちに彼女の素性を探らせたが、ほとんど情報が出てこなかった。結局掴むことができたのは、彼女は速達のアルバイトだということだけ。アルバイトなら平社員よりも引き抜きやすいのではないか。いや、お前は知らないのだろう。速達にとってアルバイトがどれほど特別な存在であるか。ジョンさん、ジョンよ。ソラン君、試合はどうしたんだい？もう終わったよ。骨もそろそろ終わる頃だよな。いや、思った以上に苦戦している。隙だらけだぞ。飛び道具が使えないんだったらさっさと負けを認めなさい。悶絶剣四十八式ぶっかけ。くそ、はめやがったなこの野郎。いってこいつね。さあ、どうでおめえなんかが俺様に勝てるわけねえんだよ。嘘、マジ？いや、もっともっと。やばい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 。おい、ちょっと待って。うわー、マジかよ。そんなのなしだろ。下手くそ。コントローラーが悪いんだ。やっぱこれからは接近戦よりも遠距離戦の時代だな。ほう、お前も飛び道具が使えたらきっと戦いの幅が広がるぜ。うん、やってみる。あ？本当にやんのか、ほうほう。遠くから相手を殴れるようになったら便利だから。うん。はあ、波動拳。はあ、シュ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 ビビ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 はっ、うりゃそりゃあたあっちょー。おかしいな。言ったろ、気弾を放つのはそんな簡単じゃねえって。そういう異能は特殊な気の巡らせ方を理解しなきゃ無理だ。お前が本気で習得したいんならいい師匠を紹介するぜ。必要ない。何がダメだったのかもう分かった。あ？放出する気の量が足りなかっただけだ。これはこんな巨大な気弾、直撃したらひとたまりもないな。残念だったな。この程度の速度じゃ俺に当てることはできん。そうか。連続ぶっかけ。何？
悶絶剣四十八式って他に何があんのか気になってきた。まあ下品だろうがなんだろうが、この技のおかげでホウホウちゃんは勝ったんだから、俺の手柄ってことで。無傷だと？どういうことだ？ダメージを与えるのが狙いではないということか。毒、麻痺、いや幻覚か。やっぱり空き缶をへこますくらいしかできないか。缶？今のは何だったんじゃ。こんな面白い娘を見たのは初めてだ。どんな必殺技かと思ったら、まさか気の塊をそのまま放つとはな。例えば気をお金とした場合、普通であればそのお金を使って武器を買うじゃろう。だがあの娘は必死にお札で相手を殴っているようなもんなんじゃよ。それにあんな無茶な気の使い方をしたら、大抵のやつは気の使いすぎであっという間に気絶だ。やはり噂は本当みたいだな。速達のアルバイトは普通の人間には務まらない。くそ、まんまと騙されたわけか。おいホホウ、もっとぶっかけの威力を上げらんねえのか。無理だ。空き缶しか撃ったことがない。それじゃあ相手の顔面めがけて。お前はもう黙ってろ。頭が。心配しないでジョヨン、私は負けないから。あいつの技はもう効かない。何？俺の神経を見切ったというのか。ふん、そんなハッタリが通用するか。お前に勝ち目はない。かわされた。ハッタリじゃないみたいだな。神気は離れるほど広範囲に拡散し、回避は難しくなる。逆に近づけばその分威力は上がるが、回避はしやすくなる。懐に飛び込んできた度胸は認めよう。だが俺の神気から逃げきれんぞ。終わり。あの風方法ってやつ、どうして少々の神気を予測できるようになったんだろう。予測したんじゃない。彼女は少々の呼吸を見ていたんだ。神気は丹田に気をためて放つ訓風。普通の呼吸と比べて喉、胸、腹部にかすかな違いが見える。理屈を分かってはいても、敵と相対しながらその微妙な変化を観察することができるとは。それだけの揺るぎない集中力が俺にはあるだろうか。おい、あれを見ろ。まずいぞ。自分の神気を食らって魂がバラバラになっちまってる。まったく加減というものを知らんのか。わしが行って収めてくるとするかの。まあ待て老天使、ここはワコードに任せてみようじゃないか。あいつらならきっとなんとかできるだろう。無理やり魂を吸い集めるか。本当あの娘は愛すべきバカだな。集めた魂をいつまで貯めておけるか見ものだぞ。コウネ、大丈夫なのか。
どれ、わしの出番のようじゃの。まあ待ちなさい、老天使。シバン和合人。何やってんだあいつ。おそらく少々の魂を外に逃がさないよう結界を張ったんだ。そろそろ限界だろう。さて、どうやって結界内に残った魂を集めるか。俺の鬼門遁甲でも難しいな。ったく無茶なことするお嬢ちゃんが。フーホーホー、あんたの口ん中の魂もよこしな。さあ帰んな。もう大丈夫だろう。おう。気を失ってはいるが、ちゃんと魂は戻ったようだ。な、俺の言った通りだろう。後世恐るべし、後世恐るべし。勝者風方法。大家に風方法か。霊玉殿の言っていた通りだな。諸葛家は属性から離れすぎて井の中の蛙になっていたようだ。お待ちください、大家選手。ああ、せっかくお二人が揃ったのですから、このまま次の試合を開始してはどうでしょああ、それもそうだな。それでは続いての試合、大家対諸葛星を開始する。大家さん、いくら彼が太極拳の達人だとしても諸葛星の鬼門遁甲に通用するかどうか。大家殿のクンフーには敬服しているよ。ああ、だが試合にやる気を出そうとしない、その姿勢はいただけないな。やる気がない？まあそうかもしれないが、それは相手によるぜ。早い。すごい勝力だ。この気流にとらわれたらこいつのペースに持っていかれる。いいし捕まえた。八極拳か。大家殿、少し勝負を急ぎすぎていないか。俺は今まで相手の実力を見誤ったことは一度もない。大家殿も俺の実力を見誤らないでもらいたいな。お次は鬼門遁甲か。ほんとあんたはいろんな技を覚えてんだな。ゴンカンロ。動じない。身を固めたか。まさか太極拳だけで俺に勝とうなんて思っていないよな。まあ簡単に勝てるとは思ってなかったけどさ。まさか俺の太極拳が全く通用しないなんてへこむわ。カン水弾。大家さんといい諸葛星といい、今回は強引に攻めてくな。何か狙いがあるのか。水弾同士をぶつけて拡散させたのか。素手で防いだ。太極妖手。コン川車。
孫流石。ありがとな諸葛星。あんたが手加減してくんなかったら今の一撃で織田仏になってたとこだ。礼には及ばないよ。これは切磋琢磨するための試合。命を懸けて戦ってるわけじゃないからな。だが大家殿もかなり手加減をしているんじゃないのか。はあ？お前俺と同じ術師だろ。違うか？大家さんの術師って？俺たち術師は普通の人から見たら常軌を逸した鬼人と見られ、道理から反した存在だと思われている。だがそれは単に彼らが術師のことを理解していないだけだ。実は術師こそが道理を最も重要視する存在。万物に隠された規則を探し出し、今日を避け基地へと向かう。俺はこの前の鉄馬竜との試合で気がついた。鉄馬竜が繰り出したクンフーは実際にはお前を圧倒できるほどの威力を持っていた。だがお前は鉄馬竜のクンフーをいとも簡単に防ぎ続けた。なぜならお前の立ち位置は常にその時の基地の方角。運はずっとお前の側にあったんだからな。そう、お前の動きは全て理にかなったもの。たく、あんたみたいな人を見透かすようなやつとはお友達になれそうもないな。当たりってことでいいかな。あんたが鬼門遁甲を使う前にさっさとケリをつけたかったが、俺の考えが甘かったみたいだなあ。諸葛星、あんた負けたことあるか？師匠との試合を除けばない。敗北を受け入れられるか？今までの人生を全て否定するほどの惨敗だ。お互い術師同士だ。無駄な争いは避けて合理的に行こうぜ。あんたの言う今日を避け基地へと向かうって理に従ったらどうだ？時間をやるから考えな。なんだ、あの二人急に止まったぞ。一体何話してんだ？予想外の展開じゃな。術師たる者、天の流れに身を任せるべし。諸葛星、俺はあんたを侮辱しているわけじゃない。俺もあまりしつこく言うつもりはないが、もう帰れ諸葛星。これがあんたにとって最善の選択だ。大家殿、今俺の運命を占ってみたが、この一句だけが降りてきたよ。飛んで火にいる夏の虫ってね。コン川車。コン川車。何？孫の位置にいながらなぜ紺の川車が使える？しかも俺の砲術をはるかに超えている。リ積乱孫火弾駆毒。ありえない。いくら優れた鬼門遁甲の使い手だろうと聖国の理に従わないなんて不可能だ。僕の砲術が蚊に打ち勝てるはずがない。こいつの鬼門遁甲にどんな秘密が？どうだ諸葛星、まだ続けるか？自分の運命を占ったんなら無駄だってことも分かってんだろ。そうだ、俺は全ての尊厳を失うほどの惨敗を喫するだろう。だが
術師にとって尊厳よりも大切なものがある。それは真実だ。おい、何なんだよあの光は。鬼門建造神宝。セニ、もうやめてよ。たとえ敗北の運命から逃れられないとしても、俺はどんな技に敗れたかを知りたい。この目で見せてもらうぞ、お前の鬼門遁甲に隠された真実を。さあ行くぞ王爺、お前の鬼門遁甲を見極めてみせる。セニ、もうやめてよ。カン水弾。お前、俺に何をした？丹中の壺を塞いだ。もう諦めな。俺の鬼門建造神宝でも見破れないというのか。仕方ないな。最初から降参しとけばよかった。俺の術を占う気か。よせ諸葛生。セニ。バカな真似してんじゃねえよ。お前の秘術を占ったが、こんなひどい結果になるとはな。俺は敗北を受け入れられないわけじゃない。真実を知らないまま、お前の秘術を見極められないまま負けるわけにはいかないんだ。ああ、なんて汚らわしい言葉を。大師匠様、ごめんなさい、ごめんなさい。貧困法制な同士に下品な言葉を使わせんじゃねえ。お前なんか。もういい。そもそも俺はここに来るべきじゃなかったんだ。これで静かな暮らしともおさらばか。諸葛生、鬼門建造神宝を使ってるんだろう。もう一度その目でよく見てみろ。俺が術師だと分かってんのに、なぜ俺だけに集中してる。この曲式をよく見ろ。これは普通の鬼門曲。いや、分かったか。これは方位によって吉凶を判断するただの鬼門遁甲とは違う。この鬼門曲の上では俺が方位、俺が吉凶。時間も空間も法術の創世創刻も全て俺が決めるんだ。鬼門曲の構造を意のままに操るだと。そんな道理に反したことができるはずない。鬼門曲は時刻に縛られるものだ。なぜできないと思う。時刻は万物の変化を計測する単位に過ぎない。時刻を操ることができれば万物の変化だって操れる。たった今ここの引力は極式の外と変わった。ここではこの石ころが落ちるまで1分かかる。あんたは術師が今日を避け基地へと向かう存在と説いたな。それじゃあんたの先祖武功諸葛孔明には到底及ばないぜ。天下の奇才と呼ばれるほどの術師であった武功ならば蜀漢が滅ぶことだって見通していたはずだ。しかし
彼は術師としての大義を捨て、時世に逆らい乱世にその身を投じた。救うことのできない世界を救うために。不可能だと分かっていても世の民のため天と戦う道を選んだ。これが偉大な術師の歩むべき正しい道だ。ただ今日を避けて基地を目指し、天の理に束縛され世の流れに身を委ねているだけなら、道理を理解する意味なんてないだろう。万物の規則が分かっていたとしても、それに縛られているようじゃただの凡人と変わらない。俺の修練もまだまだだな。大家殿、参りました。勝者は大家。まさかあの武功派鬼門遁甲の諸葛生があっさり負けを認めるとは。この大家という男は一体何者なのだ。陸金、お主も風光の名は知っておるじゃろう。鬼門遁甲を編み出したとされる神話時代の軍師。大家殿、一つだけ聞いておきたいことがある。ああ？お前の鬼門遁甲の名前は？もうたくさん喋ったろう。これでも満足できなきゃ自分で占え。今度死にかけても止めはしねえからな。しかし鬼門遁甲で武功派に勝るものなどないはずだ。武功派とて鬼門遁甲の支流の一つに過ぎん。鬼門遁甲の源流、その目で見たものはなきに等しい。8つの秘術の一つ、その名も風光鬼門。続いての試合、風佐園対ジャス・セイリャン。サエン、俺はまだ重郎に加わったばかりで、古参の連中は風家など眼中にもない。お前も風家の威厳を示したい気持ちもあるかもしれんが、ジャセイリャンに対してはできれば手加減をしてほしい。彼の兄のこともあるし、これ以上ジャケを敵に回したくもない。ええ、分かってるわ、父さん。それではこれより試合を開始する。ったく母ちゃん、丸一日連絡よこさねえと思ったら、よりによってこんな時にかけてくんじゃねえよ。はいはい、野菜なら毎日残さず食ってるって。ねえ、もう始めていいかしら。だから肉ばっか食ってねえって。ったく、いつまでも子供じゃねえんだからさ。ちゃんと1日3回歯も磨いてる。始めていいか聞いてんだけど。てめえ、なんてことしやがる。携帯壊れちまったじゃねえか。いきなり電話切れたら母ちゃん心配するだろ。俺が隠し事してるとか、事件に巻き込まれたんじゃねえかとか、母ちゃん今頃警察に電話してるぞ。ってなわけでお前の携帯貸せ。バカか、携帯持って試合するやつなんているわけないでしょ。はーい、誰か携帯を貸してくれ。ほら、使いな。オンに切るぜ、おっさん。いいんだよ。ああ、母ちゃん、俺だよ。さっきのは何でもない。ちょっと携帯落としただけ。もういいだろ。今試合中で相手の子は待ってんだよ。ああ、女の子見た感じ結構強そう。話したい？いや、ダメだって。うるせえな。母ちゃんが話したいってさ。ああ、もしもし、セイリャン君のお母さんですか？ええ男の子っていつまでも子供ですからね。はい、もちろんそうするつもりですのでご心配なく。いえ、どういたしまして。お前をぶっ飛ばして家に帰らせろって。あんたこんな敵のお嬢さんと戦おうとしてたのかい？適当に殴られてさっさと帰ってきな。村長の娘さんもあんたを待ってんだから、分かった？始めていいかしら。ああ。
転以下。さっきの拳もそれで。どっちに転んでもおかしくない試合だ。けどこの2人なら俺に全く勝ち目がないってこともなさそうだな。ホネ、手はず通りに行けるか？大丈夫、誰にもバレない。そんじゃよろしく頼むわ。大家さんを埋めといてくれ。お任せ。すべらかな天秤竜子山に着いたよ。僕たちがここに来ることもお見通しだったみたいだね。待ち伏せされてんのを知っててよく来たな。危ない橋を渡ってでも手に入れたいものがあってね。一応言っておくと、もう君に興味はないから。こんなの嘘だろ。君のおじいさんから僕が得た情報はそれで全部だよ。信じるか信じないかは君次第さ。待てロリオ、お前の連絡先を教えろ。面白いこと言うね。前世の要人である僕と連絡を取るなんて本気かい？俺はロリオという一人の人間と連絡を取り合いたいだけだ。前世は関係ない。僕らがどんな悪党か知らないなんて言わないでよね。悪党？そんなもんじゃねえだろ。殺人犯は人の命、経済犯は貨幣の流通。だがお前らが破壊するのはこの社会の秩序だ。お前らはこの社会のあらゆる秩序を踏みにじってきた。超ソラン、君も前世に入る気はないのかい？君なら結構役に立ちそうだ。興味ないね。今の生活に十分満足してんだ。いいか、連絡を取り合うときは電話じゃなくメールだけだ。読み終わったメールはすぐに削除しろ。この前お前の家族に会った。お前に会いたいと言ってた。僕の死体にでしょ。ロリオンが俺たちロケに何をしたか知っているか？あのケダモノは俺の妹を手にかけた。あいつは家族を殺したんだ。あいつらが言ってた話本当なのか？僕はやっていない。はめられたんだ。はめられた？一体誰に？さっきから防戦一方だけど、いい加減負けを認めたらどう？次の試合で風方法と当たる。やっと兄貴の敵を撃てるんだ。またあの変な女か。私もあんたの兄さんがやられた時その場にいたわ。けどそうやっていつまでも言い訳するのはやめたら？本当は母親に言われた通りに生きていたくないだけなんでしょ。本当に仇を討ちたかったら死ぬ気で私に挑むはずよ。確かにこの年にもなって何もかも親の言いなりっていうのはかっこ悪いわね。けどね、親が優秀だったらそれはそれで楽な生き方なのよ。経験も能力も私たちに勝っているなら彼らの示した道を歩めば間違いはないでしょ。母親に言われた通り帰りなさい。風方法は私が片付けといてあげるから。嫌だ。サエさん、棄権してくれ。俺は女の子に怪我させたくないんだ。ここまで俺を追い詰めるなんて大したもんだが、俺はここで引き下がるわけにはいかねえ。風方法は俺が仕留めなきゃなんねえんだ。あいつは私の獲物よ。はっ！追ってきてる。俺に全ての暗器を使わせたのはあんたが初めてだ。だがこうなった以上、あんたはもう地面から死角をついてきたか。どうしても母親の言うことを聞きたくないみたいね。あんたがここまでやるなんて思わなかったよ。さっきは余計な忠告をしちまったな。私もあんたのこと見くびっていたわ。
まさかジャケの息子がここまでやるとは。無理をするなサイン。風家の世間体よりもお前の命の方が大切なんだぞ。サイン、ほどほどにしておけ。あのさ、お前の親父さんだったか。親に甘やかされてんのは俺だけじゃなかったみてえだな。あんたが親の言われた通りに生きるってなら、さっさとこの場から出てったらどうだ。ええ、父さんの言うことなら当然聞くわ。けど私が言われたのは、その顔をあんたの母親が見分けられないほど殴るなってだけよ。サイン、なぜそこまでこの試合に入れ込むのだ。くそ、さっきので気を使いすぎたか。次の一撃で仕留めねえと。これ以上は体力が持たない。あの技を使うしかないよね。本当は風方法に使いたかったけど。随分広く気を張り巡らせたな。この範囲内なら俺の暗器の位置を敏感に察知できるってわけか。それなら残戦闘にさらに気を注ぎ込んで、暗器と空気との摩擦をゼロに近づける。どんなに気を張り巡らそうと絶対にかわせねえ。サインさん、最後に一応聞いておくが、降参する気はねえか。これから俺が使う技はこんな試合で使うレベルのもんじゃねえ。あんたは自分の心配だけしてな。私がこれから使う技はまだ完全に使いこなせてない。どうなっても知らないわよ。もうやめるんだサイン。命をかけるような試合じゃないだろう。相打ち。サイン。平気よ、父さん。たく、そういうことだったのかよ。え？あんたが気を張り巡らせたのは暗器を察知するためかと思ったが、その範囲内ではなんつうか空間をつなげることができたんだな。やられた甲斐があったわね。出口をもってヤバい場所に作ったら俺は致命傷を負っていたはずだ。お互い様よ。あんたも私の急所を狙ってこなかったじゃない。あんたの暗器は早かったわ。全て転移させるなんてできなかった。傷が浅かったからまだ立っていられるけど、最後の最後で手加減するなんて何考えてるのよ。なんか俺にもわかんねえ。はあ、ここまで来て負けちまうなんて体もボロボロになっちまったし。最初からお母さんの言う通りにしておけばよかったのに。帰ったら母ちゃんうるせえだろうな。ほうね、そっちはどうなってる？電話してこないで。今尾行中だから。心配するな。今日であの変な同志とお別れ。今タイミングを見計らってる。勘弁してくれ。私たちの王子様が血を吐いたのよ。どう私前つけんの？聞いてお姉さんたち、血吐いたのはあいつが自分でやったの。俺関係ないから理屈分かって。理屈なんて知らないわよ。聖様だけがこの世の真理なの。何でもいいから許してくれ。みんな埋めた方がいいかな。あいつら一日中追ってきてどんな修行したんだよ。ああ、もうダメだ。ここならゆっくり休めそうだ。
一体何しようってんだよ。もうちょっと優しく縛れって。無理。あんた私が前に埋めたやつより強いから。なあ、もしかして俺その穴に入んのか？あ、おい、なんで水なんか入れてんだよ。水と土を一定の割合で混ぜた泥にすると体に密着してあんたの太極拳とかいう変な技も発揮できなくなる。それに泥に埋まるのはなかなか快適だ。こうしておけばあんたは絶対逃げられない。手慣れすぎだろお前。面倒なことになっちまったな。もう少し深さを調整した方がいいかな。風向きも乱金卓。髪を溶かしてかんざしを。こいつ時間を操ったはずなのに影響を受けない。ゴン自由。ああ、しまった。逃げられた。川車。じゃあおいとまさせてもらうぜお嬢ちゃん。やっぱりあんた前のやつより強い。何なんだこの空風は。もう逃がさない。乱金卓も川車も効かないなんて何者なんだよこいつは。ようソラン、散歩か？ああ、シントンは？姉さんの見舞いに行こうとしてたとこ。俺の術を使えば治りも早くなるしね。それなら俺もついてくよ。まさかソランがここまで勝ち進むなんてな。本当に次期天使候補になっちゃったりして。冗談よせよ。天使ってのはもっと実力と品性を兼ね備えた人がなるべきで。やめてくれ、ロー天使。いや無理じゃ。大体わしゃ関係ないじゃろ。わしを見捨てるつもりか。またんか老いぼれじじい。その細首へし折ってやるわ。何があったんだ？実は昼間の試合でね。霊玉様、私が女だからって手加減したら承知しませんよ。この日のために一生懸命修練を重ねてきたんですから。リンロン様がお望みとあらば私も全力でそれにお答えしましょう。そうこなくちゃ。おじいさま。よくもうちの孫娘を。弟子の不始末は師匠の貴様がつきやがれ。だから正々堂々やった結果じゃろうが。そんなの知ったこっちゃねえ。行こっか。あら、若様。お姉さんのお見舞いですか。偉いですな。シントン、俺お前のファンなんだよ。写真撮らせてくれよ。私のこと覚えてる？シントン。ずいぶん人気者になったな。姉さん入るよ。おお、シントン。こんばんは。ソラン君も来てくれたか。風会長、今日のシントンの試合すごかったですね。そうでもないさ。運が良かっただけだよ。父さん、そんなに謙遜しなくたっていいんじゃない？実際シントンの器は超霊玉を超えて一番人気になったんだから。そうなの？そんな化け物見るような目すんなよ。親父の言った通り運が良かっただけさ。対戦相手との相性が良かったんだよ。はあ？言ってよ、裕福さん。今は何に取りつかれてんだ？まだ誰も取り付いてはおらん。少し力をお借りしただけだ。風一族に伝わる口寄せの術の噂は聞いている。高齢検証といったな。確かに実際目にすると素晴らしい術だ。一度に何体もの精霊を高齢させるとはな。裕福さん、
あんたらの術じゃ俺には勝てねえよ。ふん、確かに単純な数ではお前たちの方が上かもしれんな。しかし俺たちは一生に一体特別な精霊としか契約を交わさない。俺たち白頭山のシャーマン一族はいかに強力な精霊と契約するかを重要視している。何代もの先人たちが血を流した末契約することだって珍しくはない。そして契約が成立したら精霊を一家の先祖のように崇め敬う。だから俺たちの精霊は河川と呼ばれている。これから俺が長年仕えてきたあのお方の力を見せてやろう。不肖当家三代目裕福にどうかそのお力をお貸しください。霊魂星様。急に寒気がしてきたぞ。あの黒い木は一体。裕福の愚か者めがこんな青二歳相手にわしを呼び寄せるとは。こいつが竜魂星。ふん、ビビって動けなくなったか小僧。なんて素晴らしい力だ。恐怖で頭をやられたか。来い。さあ来い。お前一体竜様に何をした？そんな取り乱すんじゃねえよ。彼の力をちょっと借りるだけだ。収まれ。大丈夫。裕福さんにとって大切な精霊だというのは分かってるよ。悪いことに使うつもりはないし、この大会が終わったらすぐにお返しする。風神とその言葉を信じるぞ。もし大会が終わっても竜様を返さない時はお前を殺してでも取り返す。裕福さん、正直に言うと俺さっき少し頭にきたんだ。あんたは俺の高齢憲章は寄せ集めの精霊を操る術だと見下してただろ。確かに俺はいろんな精霊を宿しているし、中には戦いが苦手なやつだっている。この術の前ではどんな精霊も屈服するしかないからね。だけど俺は絶対に精霊たちを見下したりはしない。どんな精霊だって俺のそばにいてくれるのならみんな大事な仲間だ。それにしてもこの竜様の力は底知れないね。次の試合で竜様の本当の力を見せつけてくるよ。俺があっさり勝っちゃったからみんな俺のことをすごい達人と思い込んじゃったみたいで。風会長、みんなの前で高齢剣士を使ったりしていいのか？ソラン君の言いたいことはわかる。だが俺もしっかり考えた上でシントンに使用許可を出した。今はもう乱世ではない。そこまでして8つの秘術を隠す必要もあるまい。とにかくシントンはよくやった。試合の後お偉方の俺に対する態度がガラリと変わったよ。あ、そういえばサエンさん、怪我の具合はどう？そうだ、シントン、早くサエンの傷を見てやってくれ。私よりもあいつの方が重傷だから母ちゃん、俺は負けたわけじゃねえって。残戦闘を使ったら1秒で決着ついちまったよ。けど相手の子が泣き出しそうでかわいそうだったから勝ちを譲ってやったんだ。母ちゃんから女の子に優しくしろって教わってからな。でも当分帰れそうもねえや。俺の戦いっぷりを見た大会のお偉いさんたちがご機嫌取りに来てて忙しいんだよ。あいつは直さなくていい。勘弁してくれよ。ちょっと大井さんに話しただけで。ソラン君、明日の試合の勝算はあるのかい？相手はあの諸葛星に勝った大家らしいな。あまり自信はないけど、まあなんとか。俺ちょっと電話してきますね。
何？骨、もうこんな時間だけど、そっちはどう？しつこいよ。任務は絶対遂行する。次電話してきたらあんたも一緒に埋める。しつこいお嬢ちゃんだな。剣、目隠し、百花繚乱。これなら捕まえらんねえだろ。嘘だろ。デフ、目隠し子。これで大丈夫だろう。皆様、おはようございます。おお、風会長。で、老天使、そのお顔は？いや、新しい必殺技を編み出そうとしたら失敗してしまっての。誰かに殴られたような傷ですけど。お前はまだまだ修練が足りぬ。わしのような境地に至ればいずれは理解できよう。私が未熟でした。開始時間が過ぎています。大谷選手、速やかに入場してください。超ソランなやつ、また戦わずに勝つつもりか。候補は開始時間を過ぎても大谷選手が会場に現れません。やっぱ法名は頼りになるぜ。見ろ、大谷が来たぞ。ゴール！目隠し子を解けよ！いい加減にしろ！あんたの頭の中は人を埋めることしかねえのかよ！周りをよく見ろ！諸葛星の熱狂的なファンかと思ったが、どうも違うとすぐに気づいたよ。で、思い出したんだ。あのお嬢ちゃんはあんたと同じ速達の制服を着てるってね。なかなかやるじゃねえか、この卑怯者。大家、今のはどういうことか説明しろ。お前が望むのならば試合を延期しても構わんぞ。大丈夫だ、福徳先輩。このまま始めてくれ。そうだ、何か食い物をくれないか。腹が減ってこのままじゃ試合にならねえ。あ、俺マントウが食べたいな。何をふざけたことを言っておる。試合をするならさっさと始めろ。もちろん試合はするよ。けどラテン大将って絶対に戦いで決着をつけるルールでもないでしょ。こいつと食べた量で勝負するんだ。それでどう？ぼーっとしてないで、お前もさっさと食え。食わないと一撃であの世に送るぞ。ほうほうちゃんが失敗するなんて珍しいな。方法でも手に負えない相手ならソラン君も危ないんじゃないか。さっきから黙り込んで何考えてんだ。ひらめいた。次からは相手を縛った後に気絶させてから埋めよう。ほうほう、もう埋めることを考えるのはよしなさい。ほら、泥だらけだから着替えてきて。大家さん、あんたは何のためにこの大会に参加したんだ？何のためにか。一言で説明するのは難しいな。超ソラン、占いのことはわかるか？わからない。じゃあ基本的なことを教えてやろう。過去は変えられないが未来は変えられる。どれほど優れた術師でも
過去を見ることはできない。見えるのは未来のいくつかの可能性だけだ。未来を見るにしたってそれなりのリスクが伴う。だから占いは術師にとって損ばかりなんだ。どれほどの損傷を受けるかはその予言の結果が世界に与える影響力次第だ。例えば宝くじの結果を占ったところで俺は傷つきはしない。それは単に誰が成金になるかが変わるだけだからな。だが今回のラテン大将の運命を少し占っただけで俺は命を落としかけた。あんたたちがどうなろうと正直俺には関係ない。俺の実力なら世界がどれだけ乱れようと自分と家族の身くらいなら守り通せる。それなのになぜここに来たか。理由はざっくり言うと2つ。1つ、俺がここに来ないと老天使と天使府の名誉に深い傷がつく。俺としても老天使の名誉が失墜するのは見るに耐えん。2つ、お前に新たな選択肢を与えるためだ。諦めるという選択肢を。諦めるだとは。それは次期天使の座のことか。この大会の結果などどうでもいい。あんたが真実を求めることを諦めるっていう選択肢だ。そうすればあんたが最も欲しかったものが手に入る。ふざけんなよ。真実を求めて何が悪いんだ。それこそが俺が一番欲しいものだ。真実が欲しいか。だが人は一つ目の目標を達成したら次へと目が移る。欲望は満たされることはない。求めるものは増え続け、やがて何が一番欲しいものだったかもわからなくなってしまう。俺が言ったのはあんたがどれほど渇望しても手に入れられないもの、何もかもを捨ててでも手に入れたいもの、それこそがお前の最も欲しかったものと呼べるんだ。説教臭い話すんじゃねえよ。あんたに俺の何が分かるって言うんだ。俺の一番欲しいものなんてあんたは知らないだろ。常に王子、常に情なれば常に正常なり。なんだよそれ。老子の正常教だ。常に正常なり。いい言葉かもしれないけど、そう簡単に心がけられるもんじゃねえよ。だから最も欲しかったものを手に入れるためには何かを諦めなければならない。なんとなく分かったよ、あんたの話。俺がこのまま真実を求めると未来は悪い方向に向かってしまう。そう言いたいんだろ。大家さん、その未来に影響されるのは俺一人ってわけじゃないんだよな。何の関係もない俺のためにあんたがわざわざ首を突っ込んでくるはずがない。ここでもう一つ新しい概念を説明しよう。俺は命運の重さって呼んでる。この世界は一瞬でも止まることはない。常に変化し続ける。ただの石ころ一つが風化するのも変化の一部だ。俺がこの漬物を食うのも変化の一部となる。しかし世界に与える変化の影響ってのは個体それぞれによって違う。どれだけあがいても世界に波紋一つ起こせないやつもいれば、その選択一つで乱世を引き起こすやつもいる。これらは全て命運の重さが違うゆえに起こることだ。そして超ソラン、あんたの命運はとてつもなく重いものだ。あんたの選択によって多くの人々の運命が変わってくる。一つ聞きたいことがある。大家さんが俺を説得しに来たって選択はあんたの運命にどんな影響を与えたんだ。まあ面倒なことが起こるだろうな。食った。もうこれ以上は食えねえ。超ソラン、
お前はどうする？大家さん、あんたは何のためにこの大会に参加したんだ？お前に新たな選択肢を与えるためだ。諦めるという選択肢を。諦めるだと？あんたの命運はとてつもなく重いものだ。あんたの選択によって多くの人々の運命が変わってくる。おい、いつまで喋ってんだよ。とっとと試合を始めろ。こんなとこまで来てマントを食べながらおしゃべりしちゃってさ、なんであんなやつに負けちゃったんだよ、正に。負けたのは俺だけじゃない。どういう意味だよ。負けたのは俺たち武功派鬼門の全てだ。ああ、食った食った。もうこれ以上は食えねえ。超ソラン、お前はどうする？そうか。どこへ行くつもりだ、大家。超ソランもいつまで寝ている。マントの数でわかんだろう。あいつの勝ちだ。大家さん、俺の選択は決して自分一人だけのためじゃない。わざわざここまで説得しに来てくれたのにごめん。気にすんな。俺はお前に選択肢を与えに来ただけだ。何を選ぶかはお前の意志が決めることだ。続いての試合は風左園対風鳳凰。おお、あの風家の娘さんか。また高齢継承が見られるかもしれんな。姉の方は使えないって噂だぞ。ジャセイリアンとの試合は激戦だったし、いい戦いっぷりを見せてくれるだろう。あの風鳳凰とかいう娘もただものじゃなさそうだし、面白い試合になりそうだ。見ろ、風鳳凰が来たぞ。風鳳凰、どれだけこの日を待ち望んだか。今日こそあんたと決着をつける。なんだそのキュウリは。まああんたのことだから何だっていいわ。今度はもう誰にも邪魔されない1対1の真剣勝負よ。あんたさっきから何なのよ。超ソラン、この試合で勝った方があんたと当たるんだよね。ああ、そうだけど。そうか。ちょっとどこ行くのよ。戻りなさい。私の任務は超ソランの邪魔になるやつを全員埋めること。見たところ今のあんたじゃあいつの脅威にならない。何？私の任務はおしまい。それじゃ。風鳳凰、私をバカにするな！どうした？風会長、これは一体。大丈夫だ。風会長に任せなさい。おい、どうした？どうして？サエン、昨日話したじゃないか。その傷で試合に出るのは無理だと。けど私は今のお前の状態じゃ風鳳凰には勝てない。
ここで棄権しても逃げたわけじゃないと皆は理解してくれるはずだ。お前が風方法を嫌っているのは私も知っている。彼女に負けたらメンツが潰れるとでも思っているのか？お前も大人になれ。そんなんじゃない。ではなぜ試合に出ようとする？この試合に出るメリットなどない。風方法はお前のことを気遣って自ら引いてくれたんだぞ。それでもお前は彼女に突っかかろうというのか？私は謝りなさい。風方法に謝って負けを認めるんだ。さあ謝るんだ。風方法。ごめんなさい。謝んじゃねえ。くれてやるよ。やめるんだジャセーリアン。これはうちの問題だ。勝手な真似は許さん。あんたの言うことなんて聞きたくないね。俺の親父でも何でもねえのに指図すんな。私の父さんになんて口の利き方してんの。サエンさん、何やってんだよ。俺はあんたを助けてやってんだぞ。黙りなさい。風方法、私が悪かった。さっきの無礼は謝るわ。なんでだよ。ずっと戦いたかった相手と真剣勝負すんのは悪いことなのかよ。侮辱されて腹立てちゃいけねえのかよ。あのおっさんの言いなりなんじゃねえよ。あんたはあいつの犬じゃねえんだぞ。黙れって言ったでしょ。父さん、ごめん。全部私が間違ってた。この試合は私の負けだ。見苦しいところを見せてすまなかったな、風方法。サエン、待ちなさい。サエン。なんかいいな。風サエン対風方法、勝者は風方法。次の相手は法寧になったから俺の決勝進出は決まりか。初戦から1回しかまともに戦ってないのにこんなとこまで来れるなんてな。シントン。王兵、まったくお前というやつは。すまんな風会長。わしのひ孫がやりすぎてしまったようじゃ。安心しろ、命に別状はない。サエン、外してくれ。王兵、お前もじゃ。王愛様、これは一体どういうことなのですか？シントンのやつ負けちゃったのかよ。ああ、フーシントンの相手は本来ならば虎穴のはずだったんだが、奴は陸金様に捕まった。そこで重郎王愛のひ孫王兵がフーシントンの相手に選ばれた。あれは本当にひどい試合だった。偶然だね。お前も口寄せの術を使えるんだ。ちょうどいい。まだ借りたばかりだけど、このお方の力を見せてやるよ。またあのゾクゾクする気が漂ってきたぞ。俺はこれを予想して厚着してきたんだ。さあ来い竜魂星、その力を俺に貸してくれ。くそ
さあ風神トンのやつ、偉大な竜様をペットみたいにこき使いやがって。どうした竜魂生、なぜ降りてこない？化け物が。さっさとこっちに来い。そんな高齢検証だと？風家しか使えない秘術のはずだぞ。竜様行っちゃダメだ。戻れ！くそ、なぜ高齢検証を使える？驚いたかこの化け物をいただいたらゆっくり教えてやるよ。竜魂生、頼む！ケチケチすんなよ風神と。こんな使えそうな精霊なかなか見ないぜ。お前みてえな落ちこぼれには宝の持ち腐れってもんだ。なんだと？俺は高齢検証の知識は誰よりも理解している。いいや、お前はまだ理解していない。くそ、こいつ竜魂生を引き寄せながらもう一体高齢させる気か。何？高齢検証の本当の使い方ってやつを見せてやるよ。こいつなんてことを。精霊を食うなんて。これが俺の秘術、食霊だ。霊を憑依させるより力は増幅できんが、奪った力は永遠に俺のものとなる。なんださあ来い化け物、雑魚はもう食い飽きた。お前を食えば俺は無敵になれる。俺の力の前にあの野郎、これ以上見てられん。雄大止めるぞ。待ちなさい。規則はご存知でしょう。試合に手出しすることは断じて許しません。勘違いするな東京大。お前らの竜様を奪ったのは風神トンだ。恨むんならこいつを恨みな。こうなったら力ずくで止める。王七頼んだぞ。幼い頃から俺のことを守り続けてくれた東大一流の名医王七だ。彼の御霊が針となって何する気だ。全身の妖血を突き刺す。強制的に全身の先天の気を循環させ気力を増幅させる。体に大きな負担がかかるが今はそんなこと言ってる場合じゃない。どんな手を使ってもあのクズ野郎から竜魂生を取り戻す。こいつ言うことを聞け。形勢が変わりつつありますね。何のんきなこと言ってんだよ。このままじゃ竜様が死んじまう。こうなったら俺も精霊を呼び寄せて。雄大やめるんだ。離せ兄貴、止めんじゃねえ。お前の精霊まで奪われたらどうするんだ。それじゃ誰が竜様助けてくれるってんだよ。往生際の悪いやつだ。俺の言うことを聞け。竜様竜魂生のそんな戻れ。これかい。竜様、お前たち竜様を連れて早く逃げろ。グズグズするな。お前は雄大急げ。竜魂生短い間でしたがシントンは感謝しております。
シントン、お前すまないフルシントン、また会おう。お兵さん、この試合て俺の負け。めえ王さ負けを認めるだと。そう簡単に終わらせねえよ。てめえのせいで獲物に逃げられた。その落とし前はちゃんとつけてもらわねえとな。仕方ねえ、さっき呼び出した老いぼれで我慢しといてやるよ。さあ出てきやがれ。ずいぶんまずそうなジジイだな。やめろ、シチュー様、離せ。お前相当このジジイが気に入ってるみてえだな。何かすげえ力でも隠し持ってんのか。やめろ、やめろ。追い先が短い。シチュー様、ご冗談はやめてくださいよ。自分の体のことは自分が一番分かっておる。このところ気脈がどんどん弱ってきての、もうお迎えも近いじゃろう。生老病死は人の定めだ。意味嫌うようなものじゃない。しかしそれよりもじゃ、お前たちをここに呼んだのは一つ聞いておきたいことがあっての。お前の話した高齢検証ってのはそんなすごい術なのかい？いやこの前はちょっと大げさに話しただけですよ。そんな本気にされては。嘘をつくんじゃない。長年の付き合いじゃ。お前の嘘などすぐにわかるわ。人が死すれば魂は散り、気は風となり、肉は土へと帰る。その高齢検証とやらを使ったら、本当に魂が現世に残り、術者がわしの能力までも引き継げるのか。わしが聞きたいのはそこじゃよ。ええ、確かにその通りですが、精霊となって現世に残りたいのであれば、高齢検証など使わずとも口寄せの術で。仕方ないな。おい、しんちゃんや。父ちゃんから高齢検証を教わったかい？うん、できるよ。そうかそうか。それじゃあじいちゃんが死んだらじいちゃんの医術を継いでみるか。いいよ。こら！痛っ。お父ちゃん痛いよ。勝手に決めるんじゃない。こらこら、大声を出すな。しんちゃんが怖がるじゃないか。シチュー様も軽々しく頼みすぎです。高齢検証は精霊を服従させる術なんですよ。服従じゃと？では聞くが、わしがお前たちに仕えたらわしの魂が苦しむのか？それはわざと魂を苦しめない限りそうはなりませんが。なら良いではないか。しかしずっと先輩として尊敬してきたあなたを私たちが刺激するような真似など構わんよ。わしは最後を迎えたら医術の発展のためにこの体と魂を提供しようと決めておった。少しでも後世の役に立ってくれれば、医者として生きてきたわしにとっては本望なんじゃよ。ふーちゃん、わしはお前を信用しておるし、この子のことも好きなんじゃ。お願いじゃ。魂となってこの世に残り続ける。奥様のおそばにいたいのですね、シチュー様。ふーちゃん、頼む。わかりました。シントン、シチュー様に頭を下げなさい。よろしくね、シチューじいちゃん。じいちゃん、シチューじいちゃん。
じいちゃん。じいちゃん。じいちゃん。くそ、なんなんだよこいつ。逃がすかよ。こっちへ来い。これ検証青瀬フレシチューじいちゃんごめん。やろう。なんてことしやがんだてめえ。あのじじいは俺のもんだったんだぞ。殺してやる、殺してやる、殺してやる、殺してやる。何しやがる。てめえも死にてえか。相手は完全に戦意を失っています。よって試合は終了。あなたの勝ちです。それでも気が済まないというのであれば、私がお相手しますが。いいだろう。てめえもぶっ殺して。それでは試合は終了ということでよろしいですね。調子に乗るんじゃねえ。てめえら天使婦なんて所詮は俺のじいちゃんの腰巾着だ。クソ同士が覚えとけよ。試合終了。勝者王兵。こうして風神トンは敗れた。けど変だな。高齢検証は風家しか使えない秘術のはずなのに、王愛のひ孫が使うなんて。8つの秘術の一つだから軽々しく良さに漏らすようなことはないはずだし、王兵はどうやって手に入れたんだ。逃がしたか。ほうねえ。こんなとこでいきなり包丁振り回すんじゃねえよ。当たったらどうするんだよ。だって怪しい人が話を盗み聞きしてたから仕方ない。怪しい人は？ほうほう、本当に気配を感じたのか？うん、間違いない。多分すごい達人。私が包丁を抜いた瞬間に姿を消していた。なるほどな。ようやくお出ましか。一体誰なんだ？忘れたか。こんなこすい真似すんのはあの悪党ども以外考えらんねえだろう。天使の座、通天録、そして8つの秘術。どれも奴らが喉から手が出るほど欲しがってるものだ。これからはもっと気を張らねえとな。王愛様、なぜ風家の高齢検証を王家の人間が使っているのです？説明してください。まあ落ち着きなさい、風会長。高齢検証はな、お前のじいさんに教わったものなんじゃよ。そんなはずはない。よく考えてみろ。同じ8つの秘術の後継者の超会議が今までどんな生活を送っていたか。奴は長い間身を隠しこそこそ暮らしておった。それに比べお前ら風家は堂々と表舞台で生きておる。それはなぜか。後進の乱が起きた時、わしの親父が風家をかばってやったからじゃ。この際じゃ風家と王家にまつわる秘密を教えてやろう。当時
お前の祖父風天陽はわしら王家に捕まった。案外あいつも腰抜けちゃったよ。わしの親父に向かって何度も命乞いをしてな。哀れんだ親父は風家が持っていた高齢憲章と引き換えに奴の命を助け、風家と各流派の当主たちとの間に立って取りなすことを約束した。風天陽はあっさりと高齢憲章を引き渡し、子孫たちにも完全な高齢憲章を伝授しないと誓った。命の恩人である王家の前に風家はひざまずいたのじゃ。奴は残りの秘術の持ち主の名を全て吐き、当主たちも風天陽を許すことを決めた。そして皆の狙いは残り7つの秘術に向けられた。おそらくうちの親父と風天陽の間での取引に感づいておったのじゃろう。わかるじゃろう。暗黙の了解のようなもんじゃ。秘術の後継者を捕らえれば自分のものにできるとな。そんな話は私は聞いていない。当時の偉人会でも最高機密じゃったからな。その後風天陽は隠居。いや怖くなって身を隠したんじゃろう。まあ奴は臆病者ではあったが、約束通り完全な高齢憲章を子孫に伝授しておらんし、真偽を重んじるところはあったのかもしれんな。これで分かったろう。今のお前の成功はお前の祖父が王家に必死に頭を下げて手にしたものであると。こんな話じいさんからも聞いとらんじゃろう。何の真似じゃ風会長。ずっと王家の恩をいただいておきながら何も知らないままで重郎となったのも風家の力だと思い込んでおりました。わしは心の底からお前たち風家を見下しておる。今さらそんな真似をしたところで何も変わりはせんぞ。当然です。自分の今までの醜態は恥ずかしい限りです。ここで膝をついたのは王愛様に謝るためではなく、我が風一族をかばってくださったあなたのお父上のご恩に感謝したいからです。王愛様、覚えておいてください。今日からこの風長派があなたの指示を頼りに行動いたします。まあまあ顔を上げなさい風会長。何もそこまでせんでも昔話を少し聞かせてやっただけじゃ。いえ、ご指導いただき感謝しております。こっちも異常なしだ。探知機に反応はない。花ちゃん、本当にこんな仕掛けだけで大丈夫なのか？クソデブ、私の頭脳を見くびるな。この探知機は一定範囲内の気を探知する。これを会場の周囲に設置すれば偉人の出入りを完全に把握することができるわ。会場を出る人間は気にする必要はないけど、大会が終わりに近づいてきたこのタイミングで会場に入ってくるやつは怪しいから注意して、見つけ次第すぐ報告すること。最後まで警戒を怠らないで。了解。早速かかりやがったか。早くみんなに知らせねえと。あんたら誰？ Hello、 私たちは老天使の友達です。老天使のとこへ案内してください。Thank you。ってことなんだけど、どうすりゃいいかな。俺英語わかんねえし。老天使のお友達なら連れてってあげたら？念のため陸金様と電信中様も呼んでおいて。了解。リンロン、
私たちも行くよ。ソランとホーホーの試合見たかったのにな。残念。あんな強そうな2人が戦うんだもん。すごい試合になるだろうな。あんたも随分とおバカさんなのね。どういうこと？まだわかんないの？風方法が何のためにこの大会に出てるのか。これよりラテン大賞準決勝を開始します。超ソラン対風方法、超霊玉対王兵、皆さんのご武運をお祈りします。それでは試合開始。行くぞ法ね。来い。あっいやー風方法死ねー。超ソランお命ちょうだー。わあ、超ソランすごい。全然かなわない。私の負けだ。うぐ。超ソラン対風方法、勝者超ソラン。ところで皆さん、我々天使府は試合後に何が起きようと一切関知いたしません。ご自由にどうぞ。どういうこと？こんな茶番見せられて黙ってられるか、この高顔無知が。法ね、もう死んだふりはいいから逃げるぞ。まさかあの迫真の演技が見破られるなんて。どこが迫真だよ。くそ、俺の名演技が台無しじゃねえか。終わった。うちの会社のイメージガタ落ちた。元からそんな良くねえだろ、うちの会社のイメージなんて。それにしてもソランのやつ本当に決勝まで来るとはな。まさかあなたたちがいらっしゃるとは。さあさあ、上がってください。相変わらず元気ですね、老天使。老天使に外国人の知り合いがいるなんてな。知ってたか、チビ？いえ、僕はただの駒使いですから。ちなみに僕の名前はチビじゃなくてハネです。わかったよ、チビスケ。ハネです。けどなんだってあの人たち大会が終わる直前に来たんだろう。リグキン、真珠、紹介しよう。こちらはアイザック・タンバー先生、イギリスフラメル学院の校長とそのお連れの方じゃ。数年前わしがヨーロッパを訪問した時に知り合ってな。おお、だから一時期英語を勉強しようと騒いでおったのか。タンバー先生からいろいろと学びたくてな。先生は素晴らしい実力の持ち主じゃからの。おい、ハネちゃん、早くお客様にお茶を。すみません、今すぐお待ちします。これは面白い。西洋の偉人のクンフーを見るのは初めてだ。私たちは偉人ではない。あなた方と一緒にしないでいただきたい。僕は失礼します。彼の紹介がまだでした。こちらはビクトル学院の魔術教師で、私の一番の教え子です。先生、ちょっとよろしいですか？ああ、OK。まさか先生、この大会で
何か騒ぎを起こすために来たわけじゃないんでしょうね。おう、no。そんなつもり全然ありません。世界を巡っていたら、あなたが大会を開催していると聞きまして、ちょっと寄ってみただけです。ついでに一つ、あなたと相談したいことがあります。相談？そうか、なるほど。しかし先生、こちらの状況もそれほどいいものじゃありませんよ。きっと先生をがっかりさせる。どうやら私たちは同じ問題を抱えているようですね。ひとまずその問題は置いておいて、今日はこちらに泊まっていってはどうですかね。何かイベントがあるのですか？明日がこの大会の決勝。勝った方が天使の継承権を得るのです。ぜひご覧になっていってください。俺は十郎王家の後継者、時代の寵児。幼い頃から人に嫌われていた。おお、すっげえ。これ全部海賊版じゃなくて正規版だよ。海賊版？そんなもん買うわけないだろ。でも正規版ってすごく高いんじゃ。みんな心の中では俺のことを嫌っているの知っているけど、俺はこういう感じがすごく好きだ。全てを持っている感じ、その全てを無視する感じ。うちの子をこんな目に合わせてただじゃ済まさないぞ。絶対に訴えてやるからな。どうしたんじゃ、わしの可愛い孫よ。じいちゃんが教えてやったじゃろ。クズは死ぬまで殴ってやれと。心配するな。死んでもじいちゃんが何とかしてやる。わかった。この距離感はあいつらの絶望に近い無力感から生まれたもの。努力や運なんかじゃ絶対に縮めることはできない。俺とお前らの差は家柄だ。俺には雄大にそびえる山がある。俺は生まれながらにしてその頂に立つ男。全てが思い通りになるのは俺の特権。この世界は俺だけのために存在している。だから流魂性が欲しい、通天録が欲しい、全部俺のものなのに、どうしてこんなに邪魔者が湧いてくるんだ。どうしてクズどもが俺に立てつく。全部あいつらが悪いんだ。空心遁のせいだ。おとなしく流魂性を渡さねえから。超霊玉のせいだ。俺はただ通天録が欲しいだけなのに陸金のクソジジイのせいだ。俺に通天録をくれねえからじいちゃんのせいだ。通天録をもらってきてくれねえから俺がこれだけ苦しんでるのがどうしてわかんないんだよ。こんなの間違ってる。全部間違ってる。この世に俺に逆らう存在がいるはずがない。俺に逆らう世界なんて壊せば。試合終了。勝者超霊玉。いよいよ次は決勝戦か。やっぱり強いね、霊玉様。ねえ、ちょっと聞いてる？あんたまさか。いやイエーじゃあ今や。
こんなのと付き合うんじゃなかった。そんな色気を振りまいてたら変化した意味がないだろう、夏か。仕方ないわ。生まれつきだもの。どんな姿になってもこの色気は隠しきれないわ。行くぞ、ほね。来い。いやー、ふほほ死ねー。超ソラン、お命ちょうだー。超ソランすごい、私の負けだ。うぐ。超ソラン対風方法、勝者超ソラン。こんな茶番見せられて黙ってられるか、この高顔無知が。まさかあの迫真の演技が見破られるなんて。どこが迫真だよ。くそ、俺の名演技が台無しじゃねえか。終わった。うちの会社のイメージガタ落ちた。元からそんな良くねえだろ、うちの会社のイメージなんて。それにしてもソランのやつ本当に決勝まで来るとはな。寒いけどここまで登れば見つからねえだろ。ああ、みんなあそこまで怒ることないじゃんか。超ソラン、明日の試合絶対勝って。おね、俺たちそこまで長い付き合いじゃないけどさ。まさかホーネーの口からそんな言葉が聞けると思わなかったよ。なんかあったのか？私どうすればいいのか分かんなくなった。なんというか、これはうまく言えない。居場所がないってことだろ。あ、そうだ、それだ。私がたくさん考えても分かんなかったのに、あんたすごい。そうだ、みんなすごいんだ。私には居場所がないけどみんなにはある。ジョさんもジョヨンも、いつも突っかかってくる白髪女も変な同志も、今まで出会ったやつらはみんな私よりすごい。これから自分がどうすればいいか、どこに行けばいいか知ってる。どこに帰ればいいのかも。父さん、シントンの仇は私が取ってくるわ。サエン、もういいんだ。お前たちの戦いは終わった。ご苦労だったな。ゆっくりと休みなさい。あんたの弟無事だったか？サエンさん？おい、なんだよいきなり。どこ行くんだよ。少し付き合いなさい。お水をお持ちしました。申し訳ございません。なんなんだよ風家の高齢検証って術は。あれじゃ俺たち手も足も出ねえじゃねえか。ちくしょう。ばあ様から話を聞いた方がいいかもな。ああ、ばあちゃんに？ばあ様は今回のラテン大賞に関わろうとせず、ずっと家に閉じこもったままだった。考えてみたら、ばあ様はあのフー・チョンハウが重郎になってから表舞台に出てこなくなった。まるで重郎から身を引いたように。おそらく何かを知っているはずだ。はい社長、ここまで来た甲斐はありました。
確かに風方法は要注意人物です。彼女から直接聞いた話や速達の人間たちとのやり取りからいろいろと手がかりは得られました。それに試合後彼女の毛髪も採取できました。しかし社長はどこから風方法の情報を入手したのですか？それはまだ話せません。あなたたちは何も言わず私に従えばいいのです。ごめん大師匠様。試合で風光鬼門使っちゃったんだ。相手が手強くてさ、使わなきゃこっちがやられてた。これが運命なんだろう。ただ老天使の名誉は守ることができた。ああ、武藤さんに迷惑かけて悪かったと思ってる。大家殿。おう、お二人さんもお帰りかい？ああ。ハクちゃん、帰ったらもう少し度胸を鍛えような。怖いやつと戦ってもビビんないように。うるさい！僕に怖いもんなんかない大家殿も今日帰るんだろ？もしよかったら空港まで一緒に行かないか？ああ、ご一緒したいとこだけど俺は列車で帰るよ。無一文の貧乏同士なんでね。それは残念だ。道中いろいろと話を聞きたかったんだけど。それじゃお先に失礼するよ。おう、気をつけてな。そうだ、大家殿、一つ伝えておくことがあった。お前は張ソランに選択肢を与え、そして彼は決断を下した。お前がこの竜子山に来て彼に選択肢を与えたのも自分自身の決断なんだろ？お前、術で盗み聞きしてやがったな。決断したからには今さら後悔したってどうにもならない。あんまりくよくよ悩んだりするなよ。余計なお世話だ。俺は面倒ごとに巻き込まれるのは嫌いだけど、困ったことがあったらお前の助けになるよ。命を惜しまないってのは言い過ぎだけど、ま、できる限りでね。誰がお前の助けなんか。俺はミステリアスキャラでいたいのに、お前がいたら全然隠し事できねえんだよ。そのうち武藤さんにもお邪魔するよ。ビーだ。たく変なやつ。武藤さんか。大師匠、師匠、武藤さんのみんなお世話になりました。あの鳥みたいに私も自分がどこから来たかを知ってたらどこに行けばいいかもわかる。帰る場所が欲しいのか？すごいな。あんたは私の考えてることが全部わかっちゃう。わかんないわけないだろ。俺だって帰る場所ないんだからさ。さあ霊玉、決勝に備えてしっかり朝食をとりなさい。はい、師匠。霊玉、今回わしは張ソランのために多くの人間を巻き込んだ。わしを咎めはせんのか？そんな師匠を咎めることなど私には。咎めないのか、それとも咎められないのか。わしはお前の本心が聞きたいんじゃ。師匠、私はあなたにご恩があるのは事実ですが、師匠への尊敬の念はただ恩義によるものだけではありません。貧困、修練、精神、どの面においてもあなたは私の一生を預けるのに値する師匠です。師匠が語られぬ時はきっと何か理由があるはず。
決して師匠を咎めたりなどはしません。こうされても咎めんか？いえ、私は。確かにお前は完璧で欠点がないが、ちと真面目すぎるんじゃ。まあよい。今の話を聞いてわしも安心した。どれ、試合の前に一つ助言を与えてやろうかの。いいか、超ソランのやつを思いっきりぶっ飛ばしてこい。わしのことなんか気にするな。師匠、霊玉。おはようございます。お師匠様、霊玉様。師匠、霊玉と少し話したいことがあるのですが、よろしいでしょうか？おう、好きにしなさい。何でしょうか、先輩。いいからちょっとこっち来い。一体何の話があるんですか？お前、超ソランに負けたら承知しねえからな。はあじゃねえ。あんな高顔無知が天使の座についたら天使府は一巻の終わりだぞ。いいか霊玉、お前が負けたら俺は竜子山を降りる。師匠のお世話もお前がしろ。いいか、死ぬ気で戦え。打倒超ソラン、必勝超霊玉。打倒超ソラン、必勝超霊玉。ラテン大賞決勝戦、超霊玉対超ソラン。決勝戦始め。天地現象、天地現象、万機根源、災難を広く収め、我が陣痛を明かす。三害内外、唯道独尊、体内均衡、我が身を守る。なかなかやるな、超ソラン。超ソランの均衡樹は明らかに霊玉に及ばない。それでも奴は攻撃と防御の瞬間に均衡を一点に集中させ、その効果を高めることで対等に渡り合っている。だが所詮は邪道の技。なんて重い打撃なんだ。このままじゃやられる。超ソラン、たった1ヶ月の間に私の均衡樹を受けて立っていられるまでになるとは。身のこなしも以前と比べて別人のようだ。やはり君には素質があるのかもしれない。そりゃそうだ。霊玉様、確かにあんたは強えけど、この1ヶ月間俺の修行に付き合ってくれたあいつの方がもっと強かったぜ。確かに武術はかなり進歩したようだ。次はこちらを確かめさせてもらうとしよう。君の雷砲がどれほど上達したか。インゴ雷砲、養護雷砲、昇進雷。
この短期間でこれほどまで成長するとは。さすがは師匠が見込んでいるだけのことはある。陽五来、やはり私はこの光が好きだ。その正々堂々とした輝き、清らかに澄み切って明るく生き生きとした光を放つ。それが陽五来。霊玉はまだ陽五来にこだわっておるのか。あの子はいつまでたってもその壁を越えることができん。かたくなに人前でインゴライの力を解き放とうとしない。どれだけ苦戦しようと小信頼だけで勝とうとする。しかし本来小信頼は陽の技。いくら正々堂々とした陽の光に憧れても陰は陰なのじゃよ。来宝、またの名を五来聖宝。5つの雷と書き記されるが、その実は5つの木。人は生まれながらにして先天の木が体内に存在している。その木は5行に分けることができる。火を司る神気、金を司る廃気、水を司る人気、木を司る寒気、そして土を司る火気。これら5つの木を一つに集約し放出する術が五来聖宝。その身に汚れのない純潔の者の場合、正気がみなぎっておる。5つの木の中でも神気が廃気を導いて陽の気を解き放つ。これが陽五来。一方純潔を破った者の場合、正気が漏れてしまい取り戻すことはできない。故に来宝の習得は至難の技。先人たちは試行錯誤を重ね、陽の気とは正反対の人気で寒気を導き、陰の気を解き放つ来宝を編み出した。これが陰五来じゃ。何なんだよあれ。あんなのが来宝なのかよ。なんか気持ち悪いな。泥のように濁っているが、使いこなせば水銀のごとく変幻自在。これこそが陰五来の真の姿。陰五来を衆目にさらすのが辛いか、霊玉よ。じゃがそれこそが本当のお前なのじゃ。その醜い姿を受け入れて堂々と戦い。これが真のインゴライ。触れたら絶対ヤバい。くそ、そこら中に広がって逃げ場が。発狂総意。銀行誤信。力が抜けた。この黒い木に触れたからか、金鉱寺でも防げないなんて。小信頼。小信頼で直撃を防いだようだな。しかしこのインゴライに触れた者は骨を砕かれ、心を汚され、そして精神が破壊される。
超空。これこそが真のインゴライ、水蔵来だ。なあ、お前はどっちが勝つと思う？霊玉様と超空。言うまでもねえだろう。にしてもあの高顔無知、よく決勝まで来れたよな。今度はどんな卑怯な手を使ってくるんだか。案外検討したりしてな。霊玉様は小細工でごまかせるような相手じゃねえよ。お？あいつもう来てんのか？夢じゃない。俺が本当に決勝までたどり着くなんて。手が震えてる。興奮してるのか？それとも期待、いや恐怖か？そりゃそうだよな。相手は俺の持っている全てを発揮しないと勝てない相手だ。今まで隠し続けてきた力をみんなの前で使わなきゃならない。この1ヶ月で間違いなく俺は強くなった。だからより一層実感した霊玉様の強さを。もしジョさんとジョヨンが同じ立場だったらどう思う？もしホーネーだったら。たくいろいろ考えすぎだろ俺。もう答えは見つかったんだ。今さら思い悩むことなんてない。もしホーネーだったらきっと何も考えない。ホーネーには理解できない変なとこがたくさんあったけど、俺にもだんだんと分かってきたんだ。あいつの強さの源が。ホーネーは食べるときは食べる、寝るときは寝る、戦うときは戦う。ホーネーはいつだって一つのことしかできない。一つのことにしか集中しない。あいつは純粋だから強いんだ。霊玉様、俺の陽ゴ来ならあんたの陰ゴ来を相殺することができる。けど根本的な実力は遠く及ばない。圧倒的な力と超人的な身のこなし。霊玉様は強い。諸葛星も大家さんも俺の前に立ちはだかる化け物たちの進化を止めることなんてできない。相手のことは考えるな。俺にできるのは自分自身のこと。少しでもホーネーの純粋さに近づく。そう、今俺の目の前に立ちはだかっているのは限界を超えた自分自身なんだ。俺は限界を超えて今までで一番強い自分になる。超信頼。素晴らしい超空。今日の君は今までと全くの別人のようだ。窮地に追い詰められ本当の姿を見せたのか。霊玉様、今から使う技は俺が独自に編み出した技だ。まだ不安定だから5分しか使えねえけど。気にする必要はない。君を倒すのに5分とかからない。そうかよ。陣雷。私の速さに追いつくとは。
小信頼を自分の体内に打ち込み経脈を刺激したか、よく考えたものだ。追いつく？いや違うね。はあ、これが全力の陣雷だ。見事な一撃だ。私の体内で妖狐雷が暴れ回っている。だがなんだこの変な感覚は。ジメジメしててベタベタしてて重たい。全身の肉と骨が溶かされていくような。これが水蔵雷。これがじいちゃんの言ってた。じいちゃん、俺新気と廃気2つの気をコントロールできるようになったよ。もし人気と寒気の2つも使えるようになったらさ今よりもっと強くなれんのかな。よく思いついたのソラン。じゃが新気と廃気の制御ができるようになった今、お前はもう人気と寒気の力を身につけることはできん。なんで？お前は小猿になってしまったのじゃよ。猿ってなんだよ。人気と寒気はもう忘れろ。今のお前の技術では習得は無理じゃ。というよりもやってはいけないのじゃ。5つの気に対応する干支を覚えておるか？うん、覚えてるよ。では新気と廃気に対応するのは？猿だ。その通り。先人たちは陽の気である新気と廃気を火の中から練り上げた猿になぞらえた。じゃから自在に陽の気を操れるようになったお前を小猿と呼んだんじゃよ。飛んだり跳ねたりする姿は新気、つまり心臓とそっくりじゃろう。その猿が目標としなければならないのは空を悟ること、つまり悟空じゃ。ソランはまだまだその境地からは程遠いがの。そしてこの陽気には天敵がいる。それが人気と寒気の陰気じゃ。陰気が対応する干支はイ、つまりイノシシ。このイノシシは人間のさまざまな欲望を司っておる。金や権力、食欲や色欲。じゃからこのイノシシを服従させるには戒めが必要じゃ。欲を断ち、掟を守る、いわゆる八戒じゃの。それでも人の欲望のすべてが悪と思い込んではいかん。物事の善悪をちゃんとわきまえることがイノシシの目標なのじゃ。では残る5気の一つ、火気の力はどのようなものなのか。5行の中でも土に属しておる火気は静かでおとなしい気質のものだ。つまり佐護城のような存在じゃ。陰と陽が対立した時、両者を取り持つ役割を果たす。覚えておけソラン。陰気のイノシシだけは絶対に目覚めさせてはならんぞ。陰気が暴走したら陽気は乱され、今までのお前の修練は全て無駄になってしまう。猿とイノシシは対極にある。決して両立できない運命なのじゃ。そうだ、これがじいちゃんの言ってた。妖狐雷、私の対極にある陽の力。じいちゃん、陰の力がどんなものなのか、やっと俺にも分かったよ。
水蔵雷を跳ね返されても余裕そうじゃねえか。超ソラン、君は私の水蔵雷をどう思う？これは私の体から漏れ出した精気、私の汚れの証なのだ。常人にとって精気が漏れ出すのは大したことではないのかもしれない。しかし私は幼い頃に同門をくぐり、一心に同志としての修練を積んできた。それなのに純潔をいともたやすく捨ててしまった。霊玉様に女がいたって噂は本当だったのかよ。あんな真面目そうな同志なのに。相手はどこのドイツよ。これは悪夢だわ。この醜い水蔵雷は私が犯した罪そのもの。けれども私はその罪と向き合おうとせず、自らを欺き続けた。さらに純潔の身の君に八つ当たりまでして、師匠が君を弟子にしようとしていると知った時、私は君のことを心底嫌いになった。君が天使の後継者の資格を持っていると知った時、私は君を妬んだ。超ソラン、すまなかった。今まで君に辛く当たったのは私が未熟だったからだ。あんたの詫びなんて受ける気はねえよ。隣の芝は青いってやつか。そんなことでうじうじ悩むなんて。さっさと決着をつけようぜ。あんたもだいぶ消耗してるみたいだけど、俺も水蔵雷から抜け出すのに力を使いすぎたみたいだ。あんたが腹割って話したから俺からも一言言わせてもらうけど、もっとずるくなれよ、霊玉様。君こそもう少し真面目になったらどうだ。こいつがあの高顔無知だっていうのかよ。これがソランの本当の力か。親父はいつからあいつの本性を見抜いてたんだ？お前たちはどうしてそう極端なんだ？え？彼の今までの振る舞いが見せかけとなぜ決めつける？お前たちの言う高顔無知の超ソランも、今ここで超霊玉と正々堂々戦っているのも同じ超ソランだ。けど俺は一度もソラン君が仮面をかぶっているなどと思ったことはない。彼は臆病で卑怯で恥知らずな一面を隠そうとしなかった。皆その一面が超ソランの全てだと思い込んだ。それが彼の狙いだったんだろう。周りを見てみろ。彼を謎の秘術気体源流の継承者超ソランだと思っている人間はここにはもうほとんどいない。彼が本当に継承者かどうか皆の関心はもうそこにはない。彼は自分に何が必要なのか、そして何を諦めるべきなのかを知っている子だ。それを全うするための素質も備わっている。我慢強さ、度胸、そして意志の強さ、そこに俺は惹かれたんだ。どれもソランにあるように見えないけど。シントン、
人を判断するときはその人が言ったことではなくしたことに注目するんだ。覚えてるか？お前に初めてパソコンを買ってやった時のことを。お前が9歳の時、もう姉さんからパソコンを借りたくない、自分のパソコンが欲しいとわめいていた。ちょうどその時、お前は飴の食べ過ぎで虫歯だらけだった。そこでお前に言ったんだ。1週間飴を食べなかったらパソコンを買ってやると。結局我慢できなくて2日でガツガツ食べ始めたよな。でもパソコン買ってくれたじゃん。それとソランのことと何の関係があんだよ。9歳のお前には忍耐力がなかったが、ソラン君は違った。数ヶ月前、ソラン君が偉人会に現れてから彼のことをいろいろと調べただろう。大した情報は出てこなかったが、その裏にある秘密にお前たちは気づけなかった。速達の連中は張シャクリンが死んだ時からソラン君に目をつけていた。前世がソラン君の存在に気づくまでは彼を偉人ではなく一般人と結論付けていた。速達も短絡的に判断したわけではないだろう。ソラン君の調査は一定の距離を置きながらも長期的かつ徹底的に行われていたはずだ。俺の推測が正しければ、ソラン君は張シャクリンから教わった技を捨てて一般人として生きることで速達を10年以上騙し続けてきたんだろう。どうだ、お前もその恐ろしさに気づいたか？そう、お前の目の前で今超霊玉と渡り合っている彼は10年以上のブランクがあるんだ。水蔵誘引雷、白い小虫。なんだ。体の中が焼けつくように熱い。くそ、骨の芯まで凍りつきそうな寒さだ。これが私と対極の力。超ソラン、君も理解しているようだな。ああ、俺たちの術は互いに打ち消し合う正反対の関係にある。だから勝負は単純な我慢比べだ。けど俺はそろそろ限界だ。先手を譲ってくんねえかな、霊玉様。構わない、先にやるといい。よし、最後の一撃だ。白い長虫、いっけー。早い。遠隔操作のできる妖語雷だと。さすがに奥の手だけあって厄介な技だ。いくら君の反応が早かろうがもう間に合わない。なんだと。確かに白い長虫は遠隔操作ができる技だ。けど本来の力は相手を追尾すること。狙った目標は決して逃がさない。君にはいつも驚かされる。まさかここまで妖語雷を使いこなすとは。この私が全力をもってしてもかわすことのできない見事な一撃。やはり君は私より才能がある。
たとえ君が敗れたとしても、それは単に私と君との修行の差に過ぎない。そりゃどうも。負けた。霊玉様、頑張って。ほら、あんたも応援しなさいよ。ずっと見とれてないでさ。だってこんなにそそる霊玉様初めて見るんだもん。いつものクールな霊玉様もかっこいいけど、今日の霊玉様は押し倒していじめてやりたい。素晴らしい、素晴らしいぞ超ソラン。君のおかげで初めて体内の陰気を極限まで引き出すことができた。人雷はやっぱ使えねえか。これが実力の差か。あとは当たって砕けるしかないみたいだな。ごめん骨。天使符で修行を積んでいない君がここまで戦えると思わなかった。君は天使の後継者としてふさわしい人物だ。その君を私が打ち破る。心の中にある理想の自分を超えるために。超ソランが負けた。ローテン使からもう何も聞けない。もう何もわからない。おしまいだ、おしまいだ。ほうほう、見てみろ。ん？おう。なぜだ、体がしびれて。先ほどの陽五雷の影響か。あの一撃は陰五雷で除去したはずだ。まさか陰五雷を解き放った影響か。そうか、陰五雷を受け入れようとしてこなかった私への天罰ということか。霊玉、お前超霊玉、まだ試合を続けるのか、それとも棄権するのか。私の負けだ。こんな無様な敗北を喫するなんて申し訳ございません、師匠。なんと、一体霊玉はどうしたのじゃ。さあ、きっと悪いものでも食べたんじゃろう。勝者超ソラン。そんな超霊玉が負けるなんて。花ちゃん、この1ヶ月私どうやって生きていけばいいの。あんた霊玉にいくらかけたのよ。今月の生活費全部。うわ、バカなことして。こんなクソ甘い。あんた一人で空にかけてたよね。まああんな数にかけるなんて何か裏情報とか握ってたんでしょ。何一人で抜け駆けしてんのよ。あんた意外と口汚いのね。生活かかってんだよ。必死なんだよ。情報なんてないわよ。ただ超ソランの運が良すぎると思ったから。この大会であいつがまともに戦ったのはたったの一度だけ。まるで天を味方につけたみたいに勝ち上がってきた。もちろん強運だけで決勝に進めるわけがない。きっと誰かがソランを助けていたんでしょ。だから彼にかけた。さすが花お姉様。ところで来月の生活費貸してくれませんか。お姉様、クソ甘じゃなかったの。リンロン先輩。ああ、やはりリンロン先輩じゃないですか。決勝は見なかったんですか。兄じゃこの方は。ああ、孔明はまだ会ったことがなかったな。こちらは俺たちの姉弟子でずっと先輩にあたるお方だ。
そういえば師匠があなたのことを話してましたよ。いつになったら白雲館に戻るんだと。学校とかいろいろ用事が多くてね。師匠たちは元気にしてる？ええ、もちろん。よかった。こっちの用事が済んだらみんなのとこに挨拶に行くからよろしく伝えておいて。はい、ではお先に。どうしたの？本当に前世のやつら来るのかな。おじいさまの考えすぎな気がするけど、もうみんな山を降り始めてる。大会が始まってからずっと警戒してきたけど、結局下っ端の虎穴が捕まっただけ。いくら前世だってこれだけの武芸者が集まってる今の龍子山に攻め込んだりしないと思うんだけどな。丹波先生たちは無事山を降りられたかの？はい、師匠。そうか。もう下がってよいぞ。失礼いたします。まさかこんな組み合わせになるとは。ソランは次の次で諸葛星と当たるか。どうやら天が味方についてくれんようじゃのう。まったくこんな夜更けに。そんなところで立ち聞きしてないで入りなさい。どうも老天使。おうや、何か悪いことでも企んでおるのか？そんなわけないですよ。俺は老天使のお悩みを解決しに来たんです。悩みを解決するじゃと？ええ、諸葛星なら心配ありません。あいつの次の相手はこの俺なんですよ。正一派の天使符を統率しているあなたが武功派の諸葛星を陥れて敗退させたりすれば天使符の名に傷がつきますからね。そんな考えさっさと捨てた方がいい。天使符の名誉を損なうどころかあなたの命運さえもこれをきっかけに変わってしまう。諸葛星なら俺が片付けます。なぜそこまで知っておるのじゃ？ああ、まあよい。お前もわしのことをあれこれ詮索するでない。これはお前のためでもある。もちろん俺だって面倒事はごめんなんでね。諸葛星に勝つ自信はあるのか？霊玉でも勝てるとは言い切れんつわものじゃぞ。まあ一応は。わしと腕試しをしてみるか？ええ、いいですよ。では失礼。焦るでない。やるのは外に出てからじゃ。風光鬼門乱金卓。一度乱金卓を使っただけでこんだけ消耗するなんて。これが正一派天使の実力か。なるほど。お前の師匠は武藤さんの雲龍一人ではないのじゃろう。ああ、まあいい。わしもお前の裏事情に首を突っ込む気はないのでな。さあ早く帰って体を休めなさい。諸葛星は手強い相手じゃからな。はい、老天使失礼いたします。老ジ、王愛、風チョンハウ。どいつもこいつも天下が乱れるようなことばかり企てよる。今度は若いのまで出てきよって。結局災いの元凶はすべて後進の乱の36族じゃ。会議よ、もしお前が龍子山を離れていなかったら今頃天使の座はお前のものじゃったろうに。
師匠、申し訳ありませんでした。謝るのはわしの方じゃ。そんな、悪いのは全て私です。私は師匠の期待を裏切ってしまいました。あんな無様な負け方で師匠に恥までかかせて、私はここでの修行を全て無駄にしました。先輩たちにも合わせる顔がありません。わしが薬を仕込んだんじゃよ。薬？まだ気づいておらんのか。これは元頸剤。たとえ1000人であっても一粒飲めばたちまち気の流れが止まってしまう劇薬じゃ。今朝の食事にこれを混ぜた。お前が全力で戦った時だけ効果を発揮するように量を調節してな。そうだったんですか。よかった。なぜそこで安心するんじゃ。私はてっきり自分のミスで師匠の期待を裏切ったと思っていたので、師匠に仕組まれていたんですね。違うじゃろう。なぜそこで怒らんのじゃお前は。今は師匠に裏切られた絶望に打ちひしがれる場面じゃろう。涙を流し、なぜですか師匠と叫ばなきゃいかんのじゃよ。わかったか。確かに私もなぜ師匠がこのようなことをしたのか聞きたいとは思っています。しかし師匠がそれを話せるのならとっくに話していたでしょうし、超ソランに負けるよう私にも命じていたはずです。わしが命じたらお前も黙って承諾していたじゃろう。じゃがそれではの。だから今はその理由を知らなくてもいいのです。私は龍子さんの同志、忍耐力はいくらでもあります。まったくお前はどこまでバカ真面目なんじゃ。その性格では陰の力を極限まで使いこなすのは難しいじゃろう。まあよい、霊玉よ。はい。今からわしが出す指示通り動きなさい。明日大会の表彰が行われる。そこでお前がある決断を迫られた時、必ず普段のお前とは反対の選択肢を選びなさい。すべらかな天秤棒やあがやはりや込めさせを。ほうほう、随分とご機嫌みたいだな。これより表彰式を執り行う。さあ受け取れ長ソラン。約束通り今からこの通天録はお前のものだ。あれが8つの秘術の通天録か。どんな技なんだろありがとうございます、陸金様。けど俺これを受け取る気はないです。これは予想外だ。あの通天録はいらないって。どういうこと？頭おかしいんじゃねえの。本当にいらんのか。陸金様、俺はよく分かってもいない期待源流のせいで散々な目に遭ってきた。この通天録も期待源流と同じくらいに有名で、人から見ればお宝なのかもしれないけど、こんなの持ってたって俺には厄介事が増えるだけだ。俺には必要ない。俺にとってこの龍子山に帰ってこられたのが何よりの報奨です。困ったな。これでは俺が通天録を差し出した意味がないではないか。仕方ない、俺が持って帰るとするか。陸金よ、せっかくの機会なのじゃ。ここで若者に伝授しておきなさい。1位のソランが受け取らないのであれば2位の霊玉に渡せばいいじゃろう。皆さんも異議はないじゃろうな。ずる賢いやつめ。どちらにしても俺はお前の弟子に通天録を渡さねばならんということか。よし、いいだろう。
私が通天録を継承するのですか？試合に負けた私が受け取る資格など。お前がある決断を迫られた時、必ず普段のお前とは反対の選択肢を選びなさい。なんだ、お前もいらないのか。俺の通天録は誰も欲しがらないガラクタになったのか。ありがとうございます。謹んで頂戴いたします。そう、超スランが優勝したんだ。まあ誰が次の天使になろうと私には関係ないけど。私は竜子山を降りてブラブラしてるとこよ。父さんも山を降りるの？それなら今日の便で一緒に帰れそうね。もう行くのか？父さん、今のは何でもない。私一人よ。他に誰もいないわ。それじゃあまた後で。バカ、父さんに聞かれたらどうすんのよ。別にいいじゃん、聞かれても。さえ、いつ俺の実家に行こうか。ほら、やっぱ一緒に行って挨拶とかした方がいいだろ。お前も俺の母ちゃんにまだ会ったことないしさ。失敗した。まさか超ソランの他にもこんなウブなガキがいるなんて。知ってたら手なんか出さなかったのに。経験がなくて何が悪いんだよ。誤解しないで。あんたそんなに悪くなかったわ。だけど昨日は2人とも飲みすぎてたわけだし、本気にしないで。なんだよそれ。じゃあ俺たちこれからどうなっちゃうんだよ。教えてくれよ。仕方ないわね。どういう意味だよこれ。待たせたのう、ソラン。客が引いてこの辺りもだいぶ静かになったの。師匠、俺。そう緊張するでない。次期天使候補者になったからといってすぐ天使の座につくわけじゃない。お前の師匠もまだピンピンしておるし、次の番が来るのはだいぶ先じゃろうって。どうした？そうか、分かった。すぐそっちに向かう。ソラン、俺とジョさんは少しここを離れる。お前たちはここに残ってろ。老天使、私たちはここで失礼します。叡山、心中の警護を怠るでないぞ。もちろんです、師匠。ソランはわしについてきなさい。これからお前に天使の法を伝授する。さあ、ついてこい、ソラン。これよりお前に天使の法を伝授する。ジョーちゃんはついてきちゃいかんぞ。おね、俺なら大丈夫。すぐ戻るから心配すんなって。まさかあの高顔無知が本当に勝つとはな。マジであいつが天使になっちゃうのかな。もう大会は終わりましたけど、
道に迷われたのですか？よろしければ案内しますが。結構だ。同志さん、ラテン大賞は無事に終わったみたいだが。まだ俺たち遊び足りねえんだ。お前らは前世か？主査賞か。なかなかの手だれのようだ。霊玉神事、こんな夜中に一人で出歩くなんて、手に入れたばかりの秘術をこっそり練習するつもりだったか？あなた方が姿を見せないので出てきやすいよう一人になったのですよ。そうかそうか、さすがは霊玉神事、随分と気が利くじゃねえか。こっちもあんたにあまり迷惑をかけたくはねえ。さっさと通天録を渡しな。師匠。約束通り、俺は天使の継承権を手に入れたんだ。だから教えてくれよ。後進の乱の真実を。ソラン、天使にふさわしいのはどのような人物だと思うかね？竜子さんで一番腕っぷしの強いものか？剣謀術作に長けたものか？それとも最も人気のあるものか？師匠。答えは単純じゃ。先代の天使に認めてもらった者こそが最もふさわしい人物じゃ。この認めるということは口先で言うものや厳かな儀式によるものではない。先代の天使が秘術である天使の法を授けることじゃ。超ソラン、今宵わしがお前に天使の法を授ける。これからはお前が正真正銘の天使の後継者じゃ。あなた方の目的は？俺たちは前世、俺はエントってもんだ。お前の部屋を調べさせてもらったが、通天録は見つからなかった。どうやらお前が持ち歩いてるようだな。写しでも構わんぞ。渡してくれりゃお前にはもうつきまとわん。どうだ？エンさんよ、あんたで勝手に決めないでくれよ。それで奴が首を縦に振ったら手出す理由がなくなっちまうじゃねえか。さあ続きといこうぜ、超霊玉。なかなかの主査賞だった。しかしまだ学ぶべきことがある。見たところ10年は修行を積んでいるようだが、その程度なのか？俺の手がなんで力が入らねえんだ。なんなんだよこれ。まったく身の程知らずの若造め。さっき奴の水蔵来に触れたことでお前は陰の気に侵食されてんだよ。それでどうだ霊玉神事、さっきの話は考えてくれたか？お断りってわけか。お前らよく聞け。腕に自信のないやつはあいつの水蔵来をまともに受けるんじゃねえぞ。うまく立ち回れ。いいな。特にお前だよ、簡単。水蔵来って面白い。エンさん来るわ。
金鉱樹でさえ防ぐことのできない水蔵雷を弾いただと。そのような訓風がこの世に存在するはずがない。賊を捕らえるにはまず頭目を狙えってか。よし、お前らの得意技を霊玉神人に見せてやりな。待て円筒。まさかお前まで通天録を欲しがっていたとはな。いい大人がこんな若者一人に寄ってたかって恥知らずどもが。これは陸金先輩、お久しぶりです。私の父もあの世であなたに会いたがっていますよ。そのうち会いに行ってやるさ。だがその前にお前ら前世の外道どもを片付けるのが先だ。はめられたのは俺たちの方だったか。まあいい、陸金先輩が来ちまったからにはグズグズしてられねえな。撤収だ霊玉ついてこい。手分けして追うわよ。了解。ゾーリーはそいつを見張っておけ。おう。待ちやがれ。逃がさねえぞ。そりゃてめえお前玄刀の使い手なんだろう。俺も運がいいな。お前の試合を見てなかったら今の一撃をまともに受けるところだった。お前はその担当を超高速で振動させてるんだろう。高速振動する担当がその刀身が幻覚であるかのような錯覚を引き起こす。どんな合金も豆腐みたいに切れちまう。俺のボロ旗じゃまともに受けられるわけがない。仮面のお兄さんは試合でまともに戦ってなかったから実力がわからないな。見た感じ変わったところはなさそうだ。こいつだったら俺の手に負えそうだ。遅くなってすまない。気をつけろクモ。あいつの旗には毒がある。分かっている。俺の一撃でへし折れなかった時からあの棒切れには何か仕掛けがあると気づいていた。両天尺。なるほどね。その2本の刀、本当は気を増幅させるための道具なんだろう。そうか。お前は物化けだったか。そういうお前は不術師のようだな。口寄せの術でその棒切れに霊魂を憑依させて俺の両天尺を受け止めた。それはどうかな。自分が不術師かどうかはわからない。この力は生まれつきなんでね。おいチビ、安心しろ。お前は毒に侵されたわけじゃなく死者の気に触れただけだ。
この旗はずっと死体の油で手入れをしているからね。物化けさん、あんた塩菜やカンタンを追わなくて命拾いしたね。俺はただの泣き屋。彼らみたいな天才には到底及ばない。超ソラン、どこ行くんだ超ソラン。やはり見逃してはくれんか。ぐじぐじ楽しい。もう諦めろエント。陸金様、あの者が使っているクンフーは一体何なのでしょうか。私には見当もつきません。水蔵雷を防ぐことのできるクンフーがあるなど。奴は何のクンフーも使っておらん。お前の水蔵雷を防いでいるのはあいつが持っている数珠の力によるもの。円筒は前世の錬騎士だ。錬騎士？知らなくて当然だ。俺の若い頃でも錬騎士はめったに見かけなかった。昔から何らかの道具に自分の気を付着させるという鍛錬が行われていた。道具に自らの気を取りつかせ自在に操る者は武具使いと呼ばれ、その道具を自らの気を増幅させるために使う者を物化けと呼んだ。そして自らの気を取りつかせることで道具に独特の異能を与える者、これが錬騎士だ。伝説となっている宝具の数々はほとんどが彼ら錬騎士の手によって作られたものだ。だが錬騎士には絶対的な才能が必要で、方法だけ知っていても習得はできん。これは先天性と後天性を兼ね備えた術と言える。故にこの術の習得者は極めて少ない。そうだったのですね。そこまで持ち上げられるとむずがゆくなってくるじゃねえか。お前の水蔵雷を防いだのは自噴樹だ。あらゆる攻撃を遮断できる宝具と言われている。だが人にも宝具にも限界はある。どこまでやれるか見せてもらおうじゃないか。あまり俺のことを見くびってもらっちゃ困るぜ。まずはお前からだ。早いな。重い。そうだ、それでいい。力で抑えられない時は銃で受け流す。流れるような身のこなしだ。白果樹と長宝樹の2つでも仕留めることができんとは。見つかった。やるじゃねえか。視界が遮られた状態で俺の攻撃をかわして反撃までしてくるとは。なるほど。煙幕が張られた瞬間、インゴライの防御を解き、それを周囲に張り巡らせたか。数珠の気配を察知するために防御を犠牲にしたわけか。
素晴らしい。こんな優秀な若者を見たのは久しぶりだ。若者を育てる楽しさってのもわからなくもないな。だが俺にとっては有望な若い芽を潰す方がよっぽど楽しいぜ。このロー君は強い。私よりも。こんな時超ソランだったらどうする？おいクソジジイ、お前強いんだろ。だったら強いやつと戦いたいよな。俺よりこのじいさんの方が強いからこっちと戦えよ。リクキン様、やっちまってください。私にはできん。恥知らずの方が楽だと認めざるを得ない時もあるな。私にできるのは真っ向勝負だけだ。確かに相手は強いが足元に及ばないというほどでもない。先ほどより障壁の効果がわずかに弱まっている。おそらく使用する弾の数が増えるほど弾に注ぐ気が分散し効果が弱まるのだろう。ならばほう、フォロージュの振動を吸収したか。水蔵ライトは随分と厄介な技だな。俺も出し惜しみしているわけにはいかねえな。全部まとめて使ってやろう。やるな霊玉。合戦に徹することで相手に全ての弾を引き出させる。そして一点し打って出る。相手の反撃は考えない。この一撃で仕留める。障壁は一つではなかったのか。地粉樹の障壁を破ったのは褒めてやろう。だがお前はここで終わるな。リクキン様、あの者が使っているクンフーは一体何なのでしょうか。お前の水蔵雷を防いでいるのはあいつが持っている数珠の力によるもの。炎刀は前世の錬騎士だ。伝説となっている宝具の数々はほとんどが彼ら錬騎士の手によって作られたものだ。だが人にも宝具にも限界はある。どこまでやれるか見せてもらおうじゃないか。あまり俺のことを見くびってもらっちゃ困るぜ。早いな。煙幕か。ならばこの一撃で仕留める。障壁は一つではなかったのか。地粉樹の障壁を破ったのは褒めてやろう。だがお前はここで終わるな。ち、陸金め、いつの間にご力士を仕込みやがって。陸金様、ありがとうございます。礼には及ばぬ。だが炎刀がここまで腕を上げているとはな。霊玉、よくやった。お前はもう下がっていろ。ここからは俺がやる。これは我が正一派の御来不樹。錬騎士が心血を注ぎ作り上げた宝具。それを打ち破る方法はただ一つ。己の力で圧倒するだけだ。やめろ。お見事です。
こんなもんなのか。情勢派の五力士夫、正一派の五来夫人、よその流派の技ばかり使って陸金先輩には三一門唯一の生き残りとしての誇りはないんですかね。三一門、もうとっくに解散した流派だ。その名を聞くのも何年ぶりか。これは陸金様から溢れ出る気の影響なのか。姿までも変化している。身にまとう気も普段の陸金様のものと違う。貴様ら誇りをとやかく言われる筋合いはない。この年になってまた三一門の秘術にお目にかかれるとはな。食らえ！よし、やつじゃ！チフンジュか。たわけ、それ以外の護身宝具も持っておるのだろう。あの血の色は傷口が塞がっていく。この秘術は一体。霊玉新人、お前は運がいいぜ。俺の宝具も今陸金先輩が使っている逆性三樹もめったに見られるもんじゃねえ。人はこの世に生を受けると先天の気が具現化し五体を形作る。だが三一門の理念は万物の根源である先天の気へと逆戻りすることだ。逆性三重を習得し完全に先天の気へと戻ることができれば仙人になるのだって夢じゃない。ノンセンス！動きが簡単！おーい、バンバンバン！水蔵雷！簡単！ハンマーだ！おーい！霊玉、あの二人に手を出すな。決してお前の実力を軽く見ているわけではない。だがお前は連騎士と戦うのは初めてで分が悪い。さっきの円筒との戦いでも俺がいなければやられていた。しかし大男の方は連騎士ではないのでは。いや、あのデカブツも連騎士だ。幸か不幸か、昨今では珍しい連騎士に今日だけで2人も出会うとは。それもかなりの腕前のな。さすがは陸金先輩。カンタンが連騎士だとどうやって見抜いたんですか？あのわけのわからん水鉄砲を見てすぐに察しがついた。そして奴の方が円筒よりも実力がはるかに上であることに。俺も円筒の実力は知っている。あのくだらん術を完成させるだけで一生分の気力を使い切ったはずだ。自ら作り上げた宝具を我が子のように愛さない連騎士など存在しない。宝具が壊されたことで自ら命を絶った連騎士を俺はこの目で何人も見てきた。だが円筒は地粉樹が壊された時全くと言っていいほど動じなかった。容易に別の宝具を手に入れることができるからそういう反応になるのだ。おそらくあのデカブツから宝具を譲り受けているのだろう。無駄に年食ってるってわけじゃなさそうですね。やはりいい目をしている。だがあんたは一つだけ間違ってる。俺の最高傑作はこのカンタンだ。あんな術なんかじゃねえ。何？おい、早くウサギを出しな。おお、ぴょんぴょんウサギ。もう遊ばないの？バカ！このままだとこっちがやられる。逃がすか。はあ、ぴょんぴょんウサギ。ぴょん。早い。隊員長寿。どうぞ。なんだこの身の軽さは。こんな術は見たこともない。
陸金様に今の円東という男を。これが方針の乱を生き抜いた偉人たちの力なのか。ああ、そうだ。陸金と超霊玉は俺たちが引きつけてる。通天録を奪えりゃよかったんだが、まあ仕方ねえ。麓で待機している連中も全員動かせ。騒ぎはでかい方がいい。これで俺たちの狙いも奴らに気づかれねえだろう。くそ、すばしっこい小娘だ。今度こそ命中させる。石ころ。木の裏に隠れたって無駄だ。いない。気をつけて。嘘だろ。見失った。どこにいるのよ。ああ、もう何なのよこれ。闇討ちしに来たっていうのに、なんでこっちが闇討ちされてる感じがすんのよ。たく、ど素人どもがもっとうまく待ち伏せできねえのかよ。通天録よりもこの娘が優先ってことはきっとただものじゃねえはずだ。こいつを仕留められるのはこの俺だけ。相手が完全に油断した隙をついて一撃必殺で。いいか方法、よく聞け。これからお前とソランに手出ししようとする奴は全て敵だと思っていい。一人残らずぶっ倒すんだ。何が起こるか予測がつかない。警戒していてくれ。一人残らずぶっ倒す。ああ、くたびれた。たく、すばしっこい小娘だ。罠にはめる前にこっちが捕まるとこだった。これで俺もお役御免だな。嘘だろ。ゴがやられるなんて。ってことは他の連中も全員。奇遇だな、ホーネ。こんなとこで会うなんて。おい、ホーネ、どこ行くんだよ。帰る。超ソランのところに。こいつどうやって見抜いた。だから言ったじゃろ、欲が毒。見てくれを変えたところで真の達人には通用せんとな。一定の修行を積めば人や物を見る際にその姿形だけじゃなく体内の気までもが見えてくるもんなんじゃよ。たとえ超ソランの外見を装うことができても超ソランの気までを装うことはできまいて。しかし大したもんじゃな、お嬢ちゃん。身のこなしも体内の気もまさに仙人のようじゃ。拘束から逃れるために関節を外すとは、強襲されても全く動じることのない冷静さ、正確で無駄のない動き、
こいつは徹底的に訓練された軍人だ。違う違う、さっきわしが話したばかりじゃないか。これだからよそ者は。この子にやられた同胞たちを見てもう明白じゃろ。この子の強さは訓練されたものではなく生まれつきのもの、本能なのじゃよ。へい、かけようぜじいさん。俺が勝ったらあんたが大事にしてるあの酒をいただく。いいじゃろう。わしが勝ったらお前が隠しとる上物のウイスキーでももらおうかな。どうした？逃げるのはやめたか？こんなところまで俺たちを追ってきて大丈夫なんですか、陸金先輩。今頃あんたの手下のガキどもが死にかけてるかもしれませんよ。余計なお世話だ。あの子たちの実力は俺も知っている。あんた、俺たちがどれだけの手勢で襲撃してきたと思ってんだ？おらおら、やっちまえ。今日という今日は天竺をぶっ潰してやる。なんとしても奴らを止めるのだ。こいつら一体何が狙いだ。俺たちの狙いが何かって？他の奴らは知らねえけど、俺は誰かのものを壊すのが大好きなんだ。人がしつこいて守ってきたもんをぶっ壊す瞬間なんか最高だぜ。この古くせえ建物にも長い歴史があるんだろ。貴様、こいつは壊しがいがありそうだぜ。なんだ。即達の連中だ。即達の雑魚ども、俺がまとめて相手してやる。ジョーさん、そっちはどうなってる？かなりまずい状況だ。山に潜伏してた奴らだけじゃない、麓に潜んでいたのも合流している。それにこちらのデータベースに登録されていない顔が多い。どうやら前世はこの数年でかなりの人員をかき集めたようだ。くそ、こっちも十分な手勢を揃えてきたっつうのにギリギリってわけが。すぐ方法にも連絡を取ろう。何か嫌な予感がする。繋がらない。お前たちはここに残れ。警戒を怠るなよ。はい。まさかこちらの読みが外れるとは。狙いが通天録ではないとしたら、前世は一体何を狙っているんだ。くそ、何なんだこの嫌な予感は。ジョーサンさん、一体何事ですか？君たち、その扉の前に女の子が立っていなかったか？俺たちと一緒にいた風方法だ。風方法？わしらが来た時にはいなかったが。ジョヨン、今すぐこっちに人手をよこしてくれ。方法がいなくなった。くそ、君たちも早く中の老天使に状況を伝えるんだ。お待ちください。何の真似だ。まさかお前たち前世の回し者か？誤解しないでください、ジョサンさん。あなたには窓から見える金鉱が目に入らないのですか？これほどの金鉱は老天使が中で何かの技を解き放ったのでしょう。それにこれほどの騒ぎです。きっ
と老天使も気づいているはず。それはつまり老天使が今行っている何かの方が重要だということです。すまないが、今あなたを中に入れて邪魔させるわけにはいきません。師匠、今度は成功しましたか？いや、また失敗じゃ。これで3度目だというのに、どういうことじゃ。わしのやり方に何か問題があったとは思えん。問題があるとしたら、おそらくはお前じゃ、ソラン。もし天使の方を授かることに迷いや抵抗があれば、受け取ることはできん。注意したはずじゃぞ。まさか天使になることを心から拒んでおるのか？師匠。もし天使の座についたら、以前のような生活ができないと心配しておるのなら、その必要はない。天使府にはそれほど厳しい規律はない。結婚も子供を持つのも構わん。肉、酒、タバコだって禁止されてはおらん。正しい道を歩んでいる限り、私欲を捨てる規律や戒律など、この正一派にとっては無意味なのじゃ。天使府の実務作業が嫌なら、霊玉や他の先輩たちに任せればいい。重要なのは、天使の肩書きを持った暁には、何者もお前に手を出すことができなくなるということじゃ。もちろん、前世のような無法者は除くがの。このラテン大将がお前のためのものであったと分かっておるじゃろう。ここに来て何の迷いがあるというのじゃ。師匠、本当に俺に天使になってほしいのなら、一つだけ答えてほしい。これは後進の乱とは関係のない質問です。ジョーさん、そっちはどうなってる？方法がいなくなった。君たちも早く中の老天使に状況を伝えるんだ。お待ちください。これほどの均衡は老天使が中で何かの技を解き放ったのでしょう。それにこれほどの騒ぎです。きっと老天使も気づいているはず。師匠、これで3度目だというのに、どういうことじゃ。わしのやり方に何か問題があったとは思えん。まさか天使になることを心から拒んでおるのか？本当に俺に天使になってほしいのなら、一つだけ答えてほしい。これは後進の乱とは関係のない質問です。通してくれ。これ以上待っているわけにはいかない。落ち着いてください、ジョサンさん。そんな状況じゃないだろ。老天使を出せないというのなら、無理にでも押し通らせてもらうぞ。ソラン君。祖父が祖父なら孫も孫じゃ。まったく忌々しい。師匠、俺はわざと怒らせようとしたわけじゃないんです。ソラン、お前のおかげで偉人会を賑わせたラテン大将の名誉も失墜することになるじゃろう。師匠、今は俺を責めたってどうにもならない。どう考えたって今は天使の法を伝授してる場合じゃないです。天使府はあなたの力を必要としています。まったくどいつもこいつも面倒事ばかり持ち込みよって。嘘だろ。
お待ちください老天使。大丈夫ですか先輩。正一さんの金光樹も大した技じゃねえな。てめえらは規律に縛られ私欲も快楽も遠ざけて生きてるみてえだが、そんな窮屈な生き方じゃ俺たちみたいな高い次元の境地に至ることはできねえ。極限まで自分を高めるには己の本性と直面するってのが必要だ。世間の目なんて気にせず自分の本性に従ってやりたいことを好き勝手にやって初めて人は進歩できる。それこそが俺たち前世の始祖である養子の教えだ。どうした？正論すぎて何も言い返せねえか。ごたごたとへりくつを並べるのだけは得意なようじゃな小僧。何者だ。くそ動かねえ。己の髪の毛一本を与えることで世の利益になるとしてもそれをせず、お前たちの始祖養子の論理じゃ。じゃがそれは前世という教えの一面に過ぎる。他人の髪の毛一本を奪うことで世の不利益になるとしてもそれをせず、これがもう一面の教えじゃ。髪の毛一本を与えもせず奪いもせず、わしらのような凡人はこの大千世界からの誘惑を断ち切れただけで上出来と言えようが、お前たちの始祖養子の志はもっと高いところにある。それはこの世の全てを手放すことなのじゃ。ただしこの理念は過激すぎる。養子自身なら修練できるのじゃろうが、お前らやわしのような凡人が踏み入れたら道を踏み外すのは必至。まさに今のお前たちのようにな。養子の教えの一面が全てだと思い込みよって、前世とはこの世に生を受けた時の本性をあるがままに保つこと。お前たちはただ私欲に駆られているだけじゃ。くだらん欲望にとらわれてあちこちでいざこざを引き起こすだけの外道。貴様らに前世を自称する資格はない。100年以上生きてまだ人とやり合う機会があるとはな。どれちょっと体をほぐしてくるとするかの。老天使。まったくだらしがないの。この程度の輩に慌てふためきよって。死ねこれが天使の金光樹の力。あの石頭の続きでも破れねえなんて。もらった。速さだったら誰にも負けねえ。やれやれ。子供は走り回るのが好きじゃのう。じゃが足元には気をつけんといかんぞ。すごい。老天使の戦いを見るのは初めてだ。今のも金光樹なんですか。あれが65代目天使超知恵。ワクワクしてきたぜ。あんな奴と戦えるなら死んだって構わねえ。俺があいつを仕留めてやるよ。老天使はおめえなんかが倒せる相手じゃねえ。やってみなきゃわかんねえよ。覚悟しやがれ中おいさっさとずらかろうぜ。ああ、俺たちが叶うわけがねえ。畜生、こんなところで死んでたまるか。
逆性30に通天録。厄介な術を使いやがって。陸金先輩、ここら辺で引き上げてくれませんかね。前世ならこの山に大勢入ってる。他の奴らで鬱憤を晴らしてきたらどうです？無論そのつもりだ。お前とそのデカブツを片付けた後でな。やれやれ。俺たち前世は世間様から嫌われてんのは知ってるが、陸家の怒りを買うような真似をした覚えはねえぜ。ひょっとしてあんたのケチくせえ師匠と何か関係があったりするのかね。貴様、俺の恩師を侮辱するのだけは許さんぞ。バンバンバ連騎士が2人がかりで護身宝具を駆使しても止めらんねえのかよ。とんでもねえ化け物だ。落ち着いてください、陸金様。相手の挑発に乗ってはいけません。黙れ。クソガキは引っ込んでろ。クソジジイが偉そうな口を聞くんじゃねえ。その呼び方は何だ。まずは貴様から。野郎、何しやがった。霊玉、足の関係と手の小陰神経を守れ。私は一体。今陸金様にとんでもない口の利き方をしていた気が。俺たちは憎しみが増幅されていた。どうやら奴らの罠にはまってしまったみたいだな。せっかく逃げるチャンスをやったっていうのに、今日ここであんたが倒れたとしても一つだけ覚えておいてほしい。俺はあんたを恨んでいたわけじゃねえ。やはり雷炎砲の孔明か。気有録雲風ケース。なんだこの符は。俺の経脈が封じられている。くそ、孔明のハゲが近くにいると鬱陶しくてかなわん。刺繍ライフル。逃亡か。陸金先輩も分かってるでしょう。前世の四妖人の恐ろしさは人の心を壊すところにあると。こいつらの前じゃあんたの逆性30も通天録も使い物にならない。私に任せてください。散開しろ。よせ霊玉、余計な訓風を使って気を散らすんじゃない。さっさとこの場から引け。陸金様を置いてなどいけません。陸金様、俺に任せておけ。確かに前世の四妖人は強敵だ。だが今日こそは俺の命を捨ててでもあの下道どもを葬り去る。四妖人の残り一人もここで仕留めておきたかったのだがな。それって私のことかしら？私が手を出さなかったのは陸金様が魅力的で殺すには惜しいと思ったからよ。夏か。あら、久々に会えたっていうのにそんな怖い顔しないでよ。どうしたのおじい様。ずいぶん疲れてるみたいですけど、何か辛いことでもあったんですか？何してるんだよ親父。じいちゃん、早く早く。料理が冷めちゃうよおじさん。ほら一緒に食べよう。そんなところで突っ立ってないで。おじい様、早くこっちに来て。無理しなくたっていいんですよ。みんなおじい様を待ってます。レクキンさん、何もそこまでしなくてもいいんじゃない？
100歳を超えてもまだ前世を潰すことにこだわり続けて、いい加減手を引いたらどうかしら。俺は頑固者なんでな。お前たちを根絶やしにするまでは決して倒れん。私の力は人の苦痛を取り除くこと。苦しまないように死なせてあげるわ。どうばい、陸金先輩はやわじゃねえ。こんな短時間で奴を支配するなんて無茶だぜ。それよりもここでとっ捕まえて帰ってゆっくりいたぶればいい。陸金様、しっかりしてください。下がれと言ったはずだぞ。しかし孔明のハゲが作った12老城人は陣内にいる者の12経脈に影響を与える。12経脈は経脈ごとに生と負の感情に対応している。孔明はこの生と負の感情をひっきりなしに切り替えることを繰り返し、相手に負荷を与えていく。何度も曲げられた針金が折れるように、やがて精神は破壊される。負の感情から抜け出すことができなくなり、その経脈に対応する臓器も重傷を負う。あの当倍という女の能力は人の精神を攻撃し軟弱にさせる。あの二人は互いに相性のいい能力を持っている。最後にもう一度だけ言うぞ霊玉。俺たちはこの12老城人の中にいる。奴らは俺を封じようと力のほとんどをこちらに集中させている。お前は今すぐここを離れる。ですが陸金様、私のことを忘れてもらいたくないわ。それじゃ彼のことは任せて。おじいさんはあんたたちで片付けてちょうだい。あのアバズレが若い男を見ると見境がなくなっちまう。これで一安心だ。俺もそろそろ限界が近かったのでな。孔明、お前の勝ちだ。俺の心を闇へと突き落としたいのなら、俺の方から飛び込んでやるわ。みんな迂闊に手を出さないようにして。おいおい、今のうちに奴を仕留めておかねえとこんなチャンスはめったにねえぞ。大丈夫、彼はすでに袋のネズミだよ。ちょっと処理が面倒だけどね。彼は大胆な決断をしたよ。最後に少しだけ残っていた自制心で感情を調整した。逆性三重を発動させたまま足の関係と手の小陰神経の守りを捨てることによって怒りを極限まで増幅させた。こちらの12老城人を利用して自分を殺戮兵器へと変えたんだ。自分の力を最大限高めることができるけど、同時に最も危険な方法でもある。理性や冷静な思考を捨てて自分を狂気へと追い込む。ここにいる全員を皆殺しにするためにね。引け夏香、私は陸金様を助けに行く。やめておきなさい。あんたが言ったところで足手まといになるだけよ。それに感じなかった？あんたが離れた途端に向こうで溢れ出してきた殺気は誰のものだと思ってるの？無駄話はよせ。君が引かないというのなら私は。どうするつもり？ちょっと太った？よせ、私に触れるな。今日は君と決着をつけるつもりはない。そこをどけ。ダメ。陸金を助けに行くには
まず私を倒さなくちゃ。やめろ、離せ。どうしても邪魔するな。私も容赦はしないぞ。本当に戦うの？ああ、この引き締まった体、それにいい形のお尻、懐かしいわ。さあ、私を倒してみせて。収めところだ。本当に殴ってんじゃないわよ、クソ男子。離せ。離さない。よせ、君とふざけてる場合じゃないんだ。特上夏香、お願いだから帰ってくれ。味は変わってないみたい。本気で死にたいらしいな。あの日、私は自分を受け入れた。そして同じあの日に、あんたは自分が過ちを犯したと思った。超ソランとの試合を見て、私は嬉しかった。あんたの迷いが晴れて、やっと自分自身を受け入れたのかと思ってたけど、どうやら私の勘違いだったみたいね。私がバカだったわ。私と一緒にいたことの何が悪いっていうの？どうしてそこまで自分を苦しめようとするの？君が変わったからだ。前世の下道に落ちて君はチャラくなった？それとも尻がる女？さすがは高潔な天使婦の同志様ね。これぐらいのことも口にできないなんて。私は陸金様、俺に任せておけ。今日こそは俺の命を捨ててでもあの下道どもを葬り去る。四葉人の残り一人もここで仕留めておきたかったのだがな。それって私のことかしら？夏香。それじゃ彼のことは任せて。これで一安心だ。俺もそろそろ限界が近かったのでな。コーネ、お前の勝ちだ。俺の心を闇へと突き落としたいのなら俺の方から飛び込んでやるわ。夏香、お願いだから帰ってくれ。私と一緒にいたことの何が悪いっていうの？どうしてそこまで自分を苦しめようとするの？君が変わったからだ。前世の下道に落ちて君は師匠、なぜここが？霊玉よ。師匠、彼女はそのお前のガールフレンドか？やめてください師匠。違うんです。彼女は観念するんだ夏香。弟子の窮地を察知して師匠が駆けつけてくれた。
お前などが師匠にかなうわけがない。すぐにこの山から出ていくのだ。いや、わしはただ通りかかっただけじゃ。師匠。夏か、何をしている。なるほど、これが前世の骨削り刀夏かじゃな。どうじゃ、色欲の術はわしに通じそうかね。さすがは老天使ね。おみそれしましたわ。夏か。霊玉。はい。お前は山の表へと向かい、弟子たちを助けてくるのじゃ。しかし陸金様が敵の罠に。分かっておる。奴の殺気を感じてわしはここに来たのじゃ。師匠、私も。お前の手には負えん。ここは全てわしに任せるのじゃ。さあ行け。はい。ずいぶん度胸がある小娘じゃのう。天使であるわしを前にして逃げ出そうとせんのか。あなたが逃がそうと思わない限り、どうせ逃げることなんてできないでしょ。その足はお前自身のものじゃろう。行くか行かぬのか、どの道に進むか、すべて自分で決めることじゃ。下道に落ちるか、真人間として生きてゆくか、どんな人間になるかも同じこと。天使の座についてるからどれだけ賢いのかと思ったら、随分とバカなこと言うのね。人の生き方なんてほとんどが他人によって決められたものよ。そうじゃな。しかし行きたい道を進むことができない。なりたい人間になることができない。何もかも思い通りにならず、束縛されたままでいる。バカバカしい。自分の心に従わずして体が自由になるわけないじゃろう。自分でしっかりと考えなさい。なんて力だ。このままじゃこっちがやられる。神社神社。ダメだ、あんな状態の陸金にかなうわけがない。どうするつもりなんだよ、コーネ。まさか奴が力を使い果たすまで待ってろっていうのか。今のところそれしか方法はないね。彼は完全に怒りにとらわれていて、今から別の感情に切り替えるにもかなりの時間がかかる。おとなしく待っているのが得策だろうね。おいおい、俺たちには時間がねえのを忘れたのかよ。急がねえと。ひどい姿じゃな。記念写真でも撮っておくか、陸金よ。今さら隠れる必要などないじゃろう。ここに来た途端、わしの経脈が不安定になるのを感じたが、
お前の仕業なんじゃ。雷炎砲の孔明。ここは空気を読んで退散してはくれんかのう。陸金の処置に少々時間がかかりそうじゃ。それでもわしの邪魔をするというのなら必ず殺す。全員逃げろ！勝手な真似はしないでもらいたいね。おめおめと引き下がるわけにいかねえだろ。ここで陸金を仕留めねえでいつ仕留めるんだ。一歩間違えればここにいる全員が命を落としていた。老天使は僕たちに対して何の恨みも持っていない。だけどこれ以上邪魔をしたら僕たちは必ず殺される。彼の殺意は決して強くはないがとてつもなく純粋だった。この感情は缶の蓋を引くように何の躊躇もない。大げさな。そんなことはないよ。僕の12老城人の中では相手の精神を破壊することができる。針金を折るみたいにね。さっきもずっと老天使に術をかけていたけれど彼の精神力は針金どころか鋼の柱のように感じた。まずいな。老天使と陸金の戦いが始まったみたいだ。急いで離脱しよう。どうせ通天録も手に入らない。ここに留まっていても無駄だ。まあ待ちなさい。始めるのは1枚取ってからじゃ。まったく札を豆まきみたいにまき散らしよって、そんなにばらまいては威力が落ちるのではないのかね。お前は付録派ではない。所詮は亜流の技じゃ。共にご来符まで放ってくるとは少々ひどくはないか、陸金よ。なるほどな。足の関係と手の小陰神経が陥落し邪気が急激に上昇。2つの経絡を通って脳へと侵入した。心が邪気に支配され精神が崩れたか。彼を傷つけず邪気から解放するには代々の天使より受け継いだあの技を使うしかないようじゃね。先人たちの知恵には頭が下がるばかりじゃ。大乗大戦応変無定九邪幕美褒名御神知恵明星心身安寧三根永久白無双慶。この一撃でお前が目を覚ますことができるのならお前の運命を呪うのじゃな。さあ来い陸金。来いよ陸金。俺はここで待ってる。いつでも俺を殺しに来るといい。無根性、貴様だけは俺の手で殺してやる。ソラン君、
結局天使の後継者になるのは断ったのかい？せっかくここまで来たのに全てが無駄になったわけか？そんなことはない。全部帰った後で説明する。今は法寧を探し出すのが先だ。速達の仲間も呼んで全員で探すわけにはいかないのか？ダメだ。方法の不老不死の秘密を知られる危険がある。俺たちだけで探すんだ。なら手分けして探そう。同じ場所を探したって効率が悪い。しかし前世は君のことも狙って。いや、多分あいつらの狙いは俺よりも法寧だ。油断してた。あいつらがじいちゃんの記憶を手に入れた時にこれを予想しておけば。俺なら心配いらない。一人でもちゃんと戦える。ソラン君、躊躇するなよ。でなければ君がやられる。ああ、分かってる。待ちやがれ！おい、何する気だ？おめえ超ソランだな。あんなガキほっといてさっさとずらかろうぜ。また老天使にぶちのめされてえのか？ちょうどいい。あのジジイに仕返ししてえと思ってたんだ。あいつが可愛がってる弟子ぶっ殺してやる。金光寺！金光寺で防げないけど速度は遅い。かわしながら戦えば。本気で俺を殺しに来てる。実力も手に負えないほどじゃない。こいつでしぶといガキだぜ。ダメだ、できる気がしない。落ち着け。もっと自分を追い込まないと。いい加減さっさとくたばりやがれ。死ぬ！自分を生と死の境界線に。戦うことにはもう慣れた。だけどやっぱり俺にはできないのか。鼓動が速くなってる。とどめを刺そうとした瞬間、頭が真っ白になった。まだ手が震えてる。冷静に一撃で相手を殺すことなんてそう簡単には。けどこれからはこういう戦いが続くはずだ。少しでも早く一人前になって命がけの戦いになれなきゃいけない。時間をかけてる余裕なんてないんだ。おっと、誤解すんなよ。お前とやり合う気はねえ。こいつを持ち帰りてえだけだ。まだ息はあるみてえだからな。好きにしろ。さっきの戦いで俺の中に迷いがあった。もし俺と実力が拮抗している奴が相手の場合、心理状態の差で確実に不利になる。鼓動が速くなって体が震えて気持ちが悪くなる。これがまともな反応なんだ。人殺しなんて。だけどそんなこと言ってられる状況じゃないんだ。どんな無理をしてでも早くただの大学生から一人の戦士に変わらなきゃいけないんだ。
そ、そこら中に前世の奴らが一体どこにいるんだよ、ホーネ。あれは陸凛論。だから何度も警告したのよ。私を追ってくるなと。この山には仲間が大勢潜り込んでる。深追いしたのが間違いだったわね。これだけの手勢を集めて襲撃してくるとは陸金のじじいも思っていなかったようね。私たちはせこい盗みだけのために来たわけじゃないのよ。孫娘が捕らえられたと知ったらあのじじいはどうするかな。そん時はやつも通天録の習得方法を吐くでしょ。女二人と通天録を交換だったらそんなの割に合わねえだろ。助けて離してやめて。リンロ、助けて。あんたのお友達なんでしょ。これ以上ひどい目に遭うのは見たくないわよね。あんたがおとなしく捕まってくれるなら私たちも悪いようにはしないわ。リンロ、お願い、助けて。リンロ。冷静になって。花ちゃんだって分かってるはずだよ。私たちがこいつらに屈したら本当に助かると思う。どんなに辛くても歯を食いしばって我慢して、こうなることだって覚悟してたはずでしょ。私たちが前世に立ち向かうと決めたあの日から。あなたは私の大切な友達だけど、今の私の力じゃ必ず助けると約束できない。でもこれだけは言える。もしあなたの身に何かあったとしたら、それは私があいつらに敗れて命を落とした後の話よ。これで分かったろ。陸家の子孫を捕まえて通天録が手に入るんだったらとっくにやっていたさ。名門陸家の辞書に妥協の文字はねえんだよ。くそ、早く骨を見つけなきゃなんねえのに、今はあいつらを助ける余裕なんて。何を迷ってんだ俺は。ここはもう戦場なんだ。犠牲が出るのは当たり前だろ。ずいぶんとしぶとい小娘ね。当然だ。あいつは強靭な肉体と強い魂を持つ全身派の門下。一筋縄ではいかねえさ。見なかったことにしよう。後で罪悪感に苛まれるかもしれないけど、きっと時間が解決してくれるはずだ。もう行こう。たく手間のかかる女だ。てめえ超ソランか。やっちまえ。逃がさねえぞ。くそ、何やってんだ俺は。来い。ソラ、あんたよくも。他に敵はいるのか。状況を教えろ早く。敵はあれで全部。あの女を追い詰めたところでたまたま奴の仲間と出くわした。そんなことよりもなんで花ちゃんを見捨てたのよ。いいか、この状況下でお前たち二人を同時に助けるのは困難だ。あのデブ、ああ見えてなかなかの手だれだ。来訪がかわされたのは想定外だった。奴を仕留め損なった瞬間に計画を変更する必要があった。
もう戦えない通勤家よりもお前を先に助け出した方が有利に働く、そう判断した。俺たちから逃げ切れると思ってんのか？そう焦るんじゃねえよ。いいか、お前たちには4つ選択肢がある。1つ、俺たちと戦う。2つ、何もせずに立ち去る。3つ、彼女を連れて立ち去る。4つ、彼女を殺して立ち去る。あんたなんてこと言い出すのよ。話せって服が伸びるじゃねえか。気に入ってんだよこれ。知るか。俺は全ての選択肢を提示しただけだ。こうすれば奴らは損得を考え始めるはずだ。俺たち2人が命がけで戦えば奴らを全滅させられるかもしれない。だが逆に俺たちがやられる可能性もある。できれば真っ向からの戦闘は避けたい。それは奴らだって同じはずだ。小賢しいガキだ。おい、その女を連れて先に行け。俺たちはあいつらを足止めしておく。さあ、こうしたらお前はどうするんだ、超ソラン。言ったはずだ。お前たちの選択肢は4つだけだって。これで分かったか。俺の白い長虫は血を手に入れた相手を追尾し遠隔攻撃することができる。こいつさっきの戦闘で花ちゃんの血を手に入れて。彼女をどうするかはお前たちの自由だが、連れて行こうとすれば俺の白い長虫で巻き添えを食らうことになる。それでも連れて行きたいのなら好きにすればいい。さっきは4つと言ったが、実際にお前たちにある選択肢は2つだけだ。彼女を置いていくか殺していくかだ。1つだけ言っておくが、もし後者を選んだ時はこっちも命がけで戦う。おい、どこ行くんだ。撤収だ。その女にそこまでの価値はねえしな。向こうも俺たちを見逃してくれるってんだ。提案に乗っかってやろうぜ。くそ、せっかく敵を捕らえたってのに。お前は女が欲しいだけだろ。命を捨ててでもそいつを連れ帰りてえなら別に止めはしねえよ。ちくしょう。花ちゃん、しっかりして。もっと違う方法考えられなかったの？あれ以外にいい方法は思いつかなかった。あいつら本物の外道だ。仲間が殺されたのに気にも留めなかった。それに比べれば俺のしたことなんてなくなる。人は死んだらこの世からなくなる。存在について疑問に思うことなんてなかった。生きていることは当たり前でつまらないとさえ思っていた。だから特別な何か奇跡を渇望していた。だけどその瞬間を目の当たりにして俺は初めて気がついた。自分がずっと求めていたのは言葉で表せないくらいにわずかなものだけど、いざ消えてしまった時に何もかもを失ってしまうものだと。そして初めて感じた。生きている、それ自体が奇跡だと。生きていれば無数の可能性が存在している。だけどこの奇跡が集結する瞬間にその可能性も何もかもがなくなる。なくなる。ソラン、別に責める気はなかったの。助けてくれて本当に感謝してる。ここも危険だ。急いでみんなと合流しよう。ついてこい。ちょっと待ってよ。法ね、頼むから無事でいてくれよ。
すごい。隠れたら呼吸が全く感じ取れなくなった。こんな相手初めてだ。お嬢ちゃん、長ソランの元へ帰りたいのはわかるが、今は余計なことは考えちゃいかん。森はバロンにとっては有利な環境じゃ。奴は戦闘のプロ。気を散らしていては不利になる一方じゃ。今は相手を倒すことに集中しなさい。おお。たく、あのじいさん、敵に塩を送るような真似しやがって。出血が止まっている。もう傷口が塞がり始めたのか。奇妙な小娘だ。やはりあの闘士が言っていた通りだ。あんたたちに見せたのはある人物の記憶だ。そこに映っていた娘、風方法の姿は十数年経った今でもちっとも変わっちゃいない。どうだい、流星じいさん、バロンさん、興味をそそられないか。確かに神秘的ではあるが、このお嬢ちゃんと後進の乱に一体何の関係があるというのじゃ。あんたたちに見せた記憶の持ち主は後進の乱の中心人物、超会議だ。何？あのお嬢ちゃんが超会議を殺したというのか。しかしあの超会議を殺したとなると、わしらの手に負えるかどうかはわからんぞ。それにきっと速達の連中も。大丈夫。他の奴らには竜子山で暴れ回って注意をそらしてもらう。いいか、あんたたち二人で風方法を連れてくるんだ。明らかな重傷だったにもかかわらず、短時間で傷の塞がる奇妙な体質。確かにあの闘士の言っていた通り、その神秘さは十分に興味をそそる。だがもう一つ確認しておかなければならないことが。こやつ一体何をするつもりじゃ。何をしたのじゃ。早すぎて何も見えんかったぞい。確実に迷走神経に命中した。この国の呼び方だと大長兄の天蒼血を打ったとでも言うか。まだ意識があるのか。なんとなく感じていたが、やはりそうだったか。終わったのか。ああ、あとは好きにしろ。なんじゃ、まだピンピンしとるではないか。あれだけ苦戦しておった割に今度はあっさりと決まったの。俺が興味を惹かれるのは2つ。未知のものとそこに潜んでいるであろう脅威だ。確かにこの娘は俺の興味を引いた。しかし彼女からは何の敵意も感じることがなかった。俺が軍人だったのはあんたも知っているだろう。戦場では敵を殲滅することが第一の目的だ。相手が敵かどうか、その敵意を一瞬で判断するのは我々軍人にとって最も必要とされる能力だ。判断を見誤れば致命的な攻撃を受けるとしても、敵意を判断することをやめてはならない。その一線を越えてしまったらただの殺し屋となり、やがては異常な虐殺者へと落ちてしまう。
彼女からは何の敵意も感じられなかった。俺の脅威にはならない。もう敵として見ることはできん。おいおい、上の命令に従うのが軍人じゃろ。俺はまだ仲間になったわけじゃない。今回龍子さんに来たのは前世のことを理解するためだ。確かに後進の乱の話は非常に興味深い。あんたたちがその真相を突き止めるというのならば仲間に加わるつもりだった。だがあんたたちは過激すぎた。それでもじいさんにだけは礼を言っておこう。おかげで面白そうなやつに巡り会えた。まったく、やはりよそ者は当てにならんな。ゴキブリ女が。追わないのか？気のせいかもしれんが、あの娘と会った時からあんたやけに嬉しそうに見えるぞ。なんだか懐かしくてな。あのお嬢ちゃんを見ていると昔なじみを思い出すんじゃ。酒は後で渡しに行く。賭けは俺の負けだ。ゴキブリちゃんの強さは確かに生まれつきだ。そっちの状況は7、8割やられたよ。残りもほとんど逃げ出した。で通天録は手に入ったのかい？しくじった。老天使の邪魔が入ったんだ。老天使あんたも運がないな。おい、ヘラヘラしやがって。てめえはどんな成果を上げたってんだ。どうしたんだよエンさん、そんなにイライラしちゃって。陸金を仕留め損なったからでしょ。ああ、そうだよ。あと少しのところだったんだ。俺はなんてことを。この手で老天使を。うぬぼれるな。お前ごときに殺されてたまるか。脅かすんじゃねえ。生きてるならもっと早く言え。こっちこそ驚いたわ。100歳を超えたジジイが子供のように泣きべそをかきよって。まったく加減を知らんやつじゃ。お前を呼び覚ましながら金鉱樹で身を守るのには苦労したぞ。金鉱を集中させ内臓と使用血管を守りきった。何本か骨は折られてしまったがな。さてどう落とし前をつけてもらおうかの。俺は普通の人間とは違う。言うなれば変態だ。自分の生命が脅かされれば人は人を殺す。だが俺は楽しいから人を殺している。お願い許して。私はただみんなについてきただけで先生のことなんて何も知らないんです。お願いだから殺さないで。俺はラッキーな変態だ。趣味と仕事が完璧に一致する幸せな生活を送っている。リューマン、データベースに登録を確認。やはり前世の一員。破壊活動の記録も残っている。殺していい人間だ。この世には死んだ方がいい人間が存在しているにもかかわらず殺人は許されていない。だから仕事で殺すしかない。はあ、前世の奴らを見ていたら
なんだか羨ましくなったよ。お前と出会っていなかったら俺も奴らの仲間になっていたかもな。けどこんなところまで俺たちが出張ってきていいのか。今回は北方地区のジョヨンが担当なんだろう。あいつとは長い付き合いだし嫌な顔はしないだろう。それにこの構成者は俺の担当地区だしな。それよりもお前はもう少しおとなしくしていた方がいいぞ。このところ速達の本部がアルバイトのことを内密に調査し始めたらしいからな。超ソラン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 。今の風方法だよな。ああ、俺たちの同僚で超ソランの用心棒だ。なかなかの腕を持ってると聞いたけど、もしかしたらお前と同じアルバイトかもしれんな。そうなの？超ソラン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 。もしもし、骨か？そっちは大丈夫なのか？なんだ、よく聞こえねえよ。電波が悪いみたいだな。いいか骨、山の表の寺院で待ち合わせしよう。大丈夫かリンドン、怪我はしてないか？骨、無事でよかった。どこ行ってたんだよ。よくやったぞソラン。お前には大きな借りができてしまったな。何でも好きなものを与えてやるぞ。リンドンだけはやらんがな。そうですね。ローテン使とのことは帰ったらゆっくり話すから。ほうほう、無事だったか？ジョーさん、そっちは大丈夫だったのか？ああ、ようやく落ち着いたよ。今ジョヨンが後始末をしているところ。ラテン大賞を優勝した超ソランに次期天使の証である天使の宝が授けられようとしていた。エーザン、心中の警護を怠るでないぞ。もちろんです。その最中、敵対組織の前世が天使府を襲撃。あらかじめ前世の襲撃を予想していた速達のジョさんとジョヨンたち、そして陸金と彼の募った偉人たちは天使府の同志たちと協力し、龍子山で激しい戦いを繰り広げる。陸金先輩も分かってるでしょう。前世の四妖人の恐ろしさは人の心を壊すところにあると。そんな中、敵の罠にはまってしまった陸金は邪気に取りつかれ暴走。しかしローテン使との死闘の末に邪気から解放され正気を取り戻した。お前ごときに殺されてたまるか。生きてるならもっと早く言え。一方、敵におびき出されてしまった風方法も窮地を脱し、無事超ソランとの再会を果たした。ローテン使とのことは帰ったらゆっくり話すから。彼らの奮闘により前世は撃退された。しかしこの戦いで傷つき倒れた者は少なくなかった。何があったんだ？まだ生きている。生きているが。
遅くなってすまない。両天尺あんた塩菜や簡単を追わなくて命拾いしたね。俺はただの泣き屋。彼らみたいな天才には到底及ばない伝統の嘘つき獅子、相手は雑魚の若造ばかりだと言ってたじゃないか。黙れ。泣きわめいてないで戦いに集中しろ。俺は惨めだなあ、こんなに惨めなんだから一発ぐらい当てさせてくれよ。上等だ。少々お前は下がってろ。こんな奴俺一人で。なんだいきなり。バカ、冷静になれ。自分で気づいていないようだが、お前は奴の影響を受けて変わり始めている。何？集中力を欠き、精神をかき乱されている。普段のお前ならば戦闘中に敵とベラベラ喋ったりしないはずだろう。あいつはビビって泣きべそをかいているわけじゃない。お前の魂を引きずり込もうと泣いているんだ。なんでこんなについてないんだよ俺は。もう少しでうまくいったのに。気をつけろ。術を見破られたんだ。あいつももう手段は選んでこないだろう。ここは一旦引こう。マレの様子がおかしい。引くってマレを元に戻す方法がわかるのか。それを3人がかりでも捕まえられず、逆に1人やられた。このまま引き下がるわけにもいかないだろう。即戦即決だ。奴だって俺たちの魂を引き込むまでは多少の時間がかかるはずだ。奴を生け捕りにしてマレを元通りにさせる。これにかけるしかない。そうだな。俺は正面から、お前は新規で援護しろ。あの変な棒切れには気をつけろ。来るな二人がかりだなんてひどすぎる。終わったな。痛い。まったくいつまで泣いているんだ。だって俺は不幸で誰からも愛されていないから。なんで早く助けに来てくれないんだよ。散々な目にあったじゃないか。わけのわからんことを。くそ、マレ、気でも触れたのか。何やってるんだ。やめろマレ。正気に戻れ。仮面のお兄さん、俺がいくら泣いてもあんたの魂は引き込めそうもないみたいだ。俺の泣き声を憐れんでくれるのはこのボロ旗で弔った死者たちだけ。この旗に触れた者は死者の気に侵される。俺の泣き声によってあのチビの魂は衰弱。死者の気が体内を巡り、死者の操り人形と化した。マレ、よせ。やめろ。俺を追い
いかける気かい。だがそんなことしてる場合じゃないよな。早く手当てをした方がいいんじゃないか。このままだと二人ともおだぶつだぜ。二人がこんな姿になったのは俺のせいなんだ。全部俺のせいだ。ジョヨンさん。おお、当落さんじゃないですか。あれだけの数の前世を捉えることができるなんて大手柄だな。よしてくださいよ。こっちもかなりの被害が出てる。本社から処分を受けないだけありがたいですよ。今回の警備は本来うちの支店が担当だった。にもかかわらず率先して引き受けてくれて、あんたたちには本当に感謝してるよ。もう心配はいらん。後始末はうちらがつけておく。そういえばあんた聞いたか。本社が六大地区の幹部に招集をかけるらしいな。本社が招集を？何かあったのか？河南地区の梁さんが殺された。梁さんが？まだ本社も公表していない情報だ。知っているのは一部の幹部だけだ。どうやら犯人は彼の部下のアルバイトらしい。今回各地の幹部に招集がかかったのはこの事件があったからだろう。もしかすると速達のアルバイト制度は廃止されるかもしれんな。あんたも覚悟しといた方がいい。当落さんはいいのか？あんたんとこにもアルバイトはいるんだろ。本部の決定なら従うしかない。俺は納得できねえ。アルバイトの廃止なんて。だいたいアルバイトがいなくなったらうちの仕事は回んねえだろ。最初にあんたの親父さんが速達にアルバイトを導入した時、みんな正気を疑ったよ。それでも想像以上の成果を上げて周りを黙らせた。だから今もこうして速達はアルバイトを雇い続けている。あんたの親父さんのことは今でも尊敬しているよ。とっくに本社の管理職につける立場だったのに、前線で命を張って戦い続けた。確かにアルバイトがいれば俺たちじゃ手に負えない厄介な仕事も楽に片付けられる。だが本社がアルバイト制度を見直そうというのなら俺たちはどうすることもできんよ。確かに俺一人じゃ本社と対抗する力はないな。どうです当落さん、久々に飯でも。ああ、そうだな。他の地区の幹部と顔を合わせる機会なんてなかなかありませんからね。本当に助かるんだよな、あの二人。何があったの？花ちゃんもひどい怪我だったけど、少々たちもこんな。お前たち、他に負傷した者はいないか？はい、私たちは大丈夫です。そうか、無事で何よりだ。リッキン様、マネと少々は速達の医務室に運びます。うちの医療班の腕は確かです。こういったことにも慣れていますのでご安心を。俺も付き添って構わんか？ええ、もちろんです。リッキン様を医務室に案内してくれ。はい。すまんな、ジョさん。リクキン様、こちらへ。はあ、これで一段落だな。
老天使。老天使、その傷は一体。わしなら心配いらんよ。それよりも山で暴れておった前世はどうなったんじゃ。鎮圧は完了しましたが、申し訳ありません。我々の準備不足で天使府の同志たちにも被害が。何、お前たちのせいじゃない。わしらは山に引きこもってばかりじゃ。たまにはこうやって体を動かさんとな。わしがここに来たのはお前に用事があってな。ちょっと来てもらおうか、ソラン。わしもいろいろと後始末がたまっておる。手短に済ませよう。ソランよ、お前は天使の座につくのか、それともつかぬのか、どちらなのじゃ。師匠、師匠はまだ俺の質問には答えてくれていません。あなたがそれに答えてくれたら俺も答えます。答えか。それはもうお前には分かっておるじゃろう。師匠、これからも師匠と呼んでもいいですか？今回のラテン大賞のためにいろいろと手を回したが、全て無駄に終わってしまったようじゃの。立ちなさい、ソラン。お前が悪事を働かんでもない限り、わしはいつまでもお前の師匠じゃ。そしてこの龍子さんもお前の故郷じゃよ。師匠、俺もう何も言うな。そこまで理解しているのならわしの苦心も分かっておるじゃろう。これからのことは全てお前次第じゃ。速達の者たちはお前のことを重要視しておる。彼らが護衛についているのならお前に手を出してくる輩もおらんじゃろう。それでも何かあった時はこの師匠のところへ来なさい。はい。来た。ようやくお出ましか。前世の当主様。流星じいさん、そっちはどうだった？バロンと対等に渡り合う小娘じゃ。わしのような年寄りが生け捕りにできるわけがないじゃろ。それにバロンのやつ、わしらを見限ってどこかへ消えてしまってな。そっか、残念。エンさんの方はどうかな？言われたことはやっておいた。そういうお前はどうなんだ？雑魚の若造ばかりとはいえ、こっちもかなりの数の犠牲が出たんだ。手ぶらで戻ってきたっつんなら約束通りてめえの命はねえぞ。やめろ！そいつを握りつぶすんじゃない！なぜお前がここにいるのじゃ。ええぞ。どんなもんですか、師匠。こいつ龍子さんの同志の姿に化けて俺を奇襲しようとしてきた。同門の顔ならみんな覚えてる。騙されるものか。わしはなぜここにいるのかと聞いているのじゃ。お前には伝心中を守れと指示したはずだぞ。それは心中様に言われて心配ありませんって師匠。心中様も大丈夫って言ってましたし。バカもん心中のところへ行くぞ。ですが師匠、
本当にこっちには誰も来ていないですよ。前世どころか天使府の人間すら来るのが珍しい山奥ですから。心中は自分の身を守る術を持たぬ。万が一奴の身に何かあったら。大丈夫ですよ。師匠は考えすぎです。戻りましたよ、心中様。心中様。心中様。ケイちゃん、花ちゃん、師匠がお見えです。大丈夫ですって。心中様ならほらこちらに。作戦は成功したよ。計画通りあの情報を手に入れることができた。大丈夫。伝心中は始末しておいたから。伝大師匠様、永山師匠様、大変です。どうしたんだ花ちゃん。天使府が前世の襲撃を受けています。あの外道どもめ、何が狙いじゃ。それだけじゃありません。老天使も戦いに巻き込まれています。何？敵の数が多すぎてこのままじゃみんなやられてしまいます。くそ、どうすれば。行くのじゃ永山。弟弟子たちを助けてきなさい。しかし心中様の護衛が。こんな山奥にまで敵は来ない。さあ早く行け。これは命令じゃ。わかりました。花ちゃん、ケイちゃん、心中様は任せたぞ。お任せください、師匠。師匠たち、前世を倒せるよね。天使府は壊されないよね。大丈夫。あいつらの狙いは天使府じゃないから。羽よ、なぜそう言い切れるのじゃ。前世は何をしでかすかわからん連中じゃぞ。羽、お前。そんなこと知ってるよ。だからあいつらにはきつく言っといたんだ。壊したいならどうでもいい場所を壊せって。3年間もここに住んでいたら情が移っちゃってさ。改めまして、僕は前世の当主代理狂慶。どうしたんだ花ちゃん。天使府が前世の襲撃を受けています。あの外道どもめ、何が狙いじゃ。それだけじゃありません。老天使も戦いに巻き込まれています。何？敵の数が多すぎてこのままじゃみんなやられてしまいます。行くのじゃ永山。弟弟子たちを助けてきなさい。しかし心中様の護衛が。これは命令じゃ。わかりました。花ちゃん、ケイちゃん、心中様は任せたぞ。お任せください、師匠。師匠たち、前世を倒せるよね。天使府は壊されないよね。羽、お前。改めまして、僕は前世の当主代理狂慶。改めまして、僕は前世の当主代理狂慶。なんとお前が。そこまで驚くことですか。あなたは前世についてよくご存知なのでしょう。前世の人間が龍虎山に潜り込み弟子のふりをするなんて容易に想像できることだと思いますけど。一体何が狙いじゃ。あなたに近づいた目的はただ一つ。僕は後進の乱について知りたい。そのためにはあの動乱の中心人物である超会議のことを調べる必要があった。前世の仲間たちは超会議の行方を探し続け、やっとのことで彼の消息をつかむことができた。しかし彼はすでに死んでいた。
その一方で僕は超会議が修行を積んだとされる龍虎山に潜入することにしました。ですがあなたたちは後進の乱について聞かれたところで話してくれるわけがありません。僕はほとんど諦めかけていました。しかし偶然にもある一つの手がかりを見つけることができたんです。その手がかりを生かすためにずっと機会を伺っていた。誰にも邪魔されずあなたと二人で面と向かって話せる、まさに今みたいな機会をね。何が聞きたいのじゃ。超会議が龍虎山を去った当時、あなたと超 G へ、つまり今の老天使は超会議を連れ戻すために別々のルートで山を降りた。しかし結局会議を見つけることはできず、あなたは何者かの襲撃に遭い今のような姿となったですよね。なぜお前がそこまで知っておる。確かにこのことについて知っているのはあなたや老天使、ごく一部の人間だけです。ですが少し考えれば簡単にわかることですよ。以前天使府を抜け出した問題児をあなたと老天使の2人が追ったという噂を耳にしました。その問題児というのは言うまでもなく超会議でしょう。そしてあなたのその傷跡は拷問された者によるのは明らかです。では拷問した連中はそれほどの拷問をしてまであなたから何を聞き出したかったのか。おそらく超会議の行方でしょう。僕の推測合ってますよね。ついでに言うと今回の龍虎山への奇襲作戦は僕の推測だけで発動したものです。もし外れていたら仲間に殺されちゃいます。まさかここまでお前の頭が切れるとはな。じゃがお前の推測は当たりとは言い切れんな。確かにわしと老天使は会議を探すため二手に分かれて山を降り、わしだけが襲撃にあった。連中は会議の行方を聞き出そうとわしを拷問した。じゃが会議の行方などわしが知るはずもない。わしは今でも会議を見つけ出せなかったことを悔やんでおるわ。あなたという方は本当に口が固い。おい、入れ。彼は冥婚術の使い手のロリョ。あなたの魂を操作して記憶を抽出することができる。これでもまだ本当のことを喋らないつもりですか？それとも僕の推測をまだ聞きたいですか？まあそれもいいでしょう。龍虎山にいた3年間僕はずっとあなたの面倒を見てきました。ある日僕は目にしたんです。あなたが眠気から必死に耐えている姿を。大師匠様、天大師匠様がずっと眠っていないというのは本当ですか？眠らなくても大丈夫なんですか？心中のような強い精神力の持ち主ならば眠る必要もないのじゃろう。すごい。いつから眠っていないんですか？もう随分と昔からじゃ。確か彼が今のような姿になってからじゃったかの。へえ。この事実に僕は興奮しました。だって僕にある一つの可能性を示してくれたんですから。あなたは眠る必要がないわけじゃない。眠ってはいけない。眠ることを恐れているんです。当時超会議を探すためにあなたは山を降りました。そしてあなたを襲撃した連中も超会議を探していた。
連中がいくら拷問してもあなたから超会議の行方を聞き出すことはできなかった。彼らはあなたが超会議を見つけなかったのだと信じ込みました。でなければあなたが生かされるはずがない。だってそうでしょ。もし竜子山の人間も超会議の行方を知ったとなれば彼らの邪魔になりかねませんからね。そしてあなたはその日を境に眠ることができなくなった。まるで何かに怯えるように。なぜそこまで眠ることを恐れるのか。そこで僕は思い当たったんです。睡眠は人から自己管理能力を失わせるってね。そう、あなたが恐れているのは寝言です。あなたが超会議を探しに山を降り拷問を受けて帰ってきたあの日から決して明かしてはならない秘密ができた。あなたは超会議と会っていたんです。そこであなたの師匠や老天使に嘘をついてでも隠し通さなければならない会話がなされた。どうです？僕の推測は間違っていますか？よく考えたもんじゃのう、小僧。じゃが外れじゃ。わしは会議と会ってなどおらん。たとえ手足が切り落とされようが経脈が潰されようが見つけていないものは見つけていないのじゃ。誰に対してもわしの答えはこれだけじゃ。伝大師匠、あなたの口が固いのは重々承知しています。だから彼を連れてきたんです。やれ。よせ、やめろ。わしは何も知らん。天使府の連中が戻ってくるかもしれないからね。急いで当時の記憶を探し出すんだ。回収が済んだら当時の記憶と今日の記憶を消すのを忘れるなよ。できない。このじいさん、今まで見たことがないくらいに強い魂を持ってるよ。魂に入り込むだけできついのに特定の記憶を見つけ出すなんて数ヶ月かかってもできるかどうか。この短時間で見つけることなんて不可能だよ。見張りをしておいて、その間にこいつの記憶をできる限り写し取るから。なんとかできたよ。彼の記憶を全て写し取った。もうここに用はない。早く撤収した方がいい。待つんじゃ、姉。あんなじいさんほっとけよ。もう終わったんだ。さっさと行こう。おい、早くしないと誰か来るぞ。死にたいんなら勝手にしろよ。僕は行くからな。くそ。姉、やるじゃないか。この3年間ずっと計画しておったとは。結局全てお前の思い通りになってしまったようじゃな。こうなった以上お前を止めることはできんじゃろう。はい。わしをこのまま残して去る気か。はい。何が前世じゃ。偉そうに前世保身という教えを掲げながらやっていることは好き勝手暴れ回るだけ。お前たちなどただのならず者の集まりに過ぎん。破壊し尽くすだけで何の責任も取ろうとしない。この出来損ないのクズどもめ。やめてください、伝大師匠。あなたらしくない。
気安くわしを師匠と呼ぶでない。お前のようなクズにその資格はないわ。もういい。わかりました。僕が責任を持ってあなたの命を取ります。お前にそんな勇気はないじゃろう。わしは中老じゃ。そんな地位にある人間をお前が殺せるか。これ以上挑発しないでください。あやっと。本当に決めたのか。そこまでしても聞きたいのか、心中。ちゃんとお前の口から聞くまで俺は諦めない。分かったか。これが俺たちのやってることだ。それでも俺を連れて帰る気か。ダメだ、もう天使府に戻ってくるな。師匠と会ってもならん。しかしお前の言ったことが本当なら、なぜお前は生きていられるんだ。俺はちぎりを交わした4番目の兄。無根性の実力を超えて悟ったんだ。悟った？一体何を？秘術、気体源流の極意。気体源流？おーい会議さん、早く行きましょう。心中、一緒に来い。お前ももう龍子さんには戻れん。ダメだ、師匠や先輩たちが俺の帰りを待っている。この秘密を死ぬまで隠し通さなければならないんだぞ。師匠にだって話すことはできない。その覚悟はあるのか。師匠たちを巻き込むわけにはいかない。こんなことだと分かっていたら聞かなければよかった。お前だから話したんだ、心中。他のやつだったら死んでも話すつもりはなかった。心中、あとは頼む。さらばだ。心中、しっかりしろ心中。俺たちがわかるか。師匠、先輩。俺、会議を見つけられませんでした。それなのに奴らは居場所を聞き出そうと。申し訳ありません。会議を連れ戻せなかった上にこんな姿で戻ってくるなんて。もういい、喋るな心中。お前を襲撃した連中の正体はこのわしが必ず突き止めてやる。仇は必ず撃ってやる。師匠、申し訳ありません。何事だ。心中、何をしておる。師匠、お願いです。私を死なせてください。生きていても師匠たちの重荷になるだけです。どうかお願いします。このバカ者が！お前はここで何を学んできたのだ。よいか、お前はわしと同じ悟りを求める求道者じゃ。生命を尊び、どんな苦難に直面してもそれを乗り越える。自ら命を絶つなどもってのほかじゃ。どんなに辛くても耐えて生き延びろ。そして肝に銘じよ。何もかもを諦めようと思った今こそ修行をすべきだと。師匠、わかりました。
さあ今ここで誓え。はい。心中、朝飯だ。すみません。ジエイ先輩にまで迷惑をかけてしまって。そんな風に言うな、心中。お前は天使府のために傷を負ったんだ。お前が負い目を感じる道理などどこにもない。それにお前の面倒を見てれば退屈な修行をサボれるからな。俺からすれば大助かりだ。俺は負い目なんて感じてはいませんよ。とか言って俺たちに謝ってたじゃないか。寝言で俺や師匠に何度も。今こそ修行すべき時。今こそ修行すべき時。すまない会議。やはり俺は聞くべきではなかった。龍子さんに戻るべきではなかった。こうなったのも全て自業自得。申し訳ありません師匠。俺は今八方を塞がれ、どこに行けばいいのかも分かりません。龍子さんのみんなすまない。こんな俺の面倒を見なきゃならないなんて。ごめんなさい。みんなごめんなさい。会議のやっていることを知った時に決心すべきだった。師匠との誓いを破ることになってもこの命は絶っておくべきだった。ごめんなさい。ごめんなさい。わしはあの時死んでおくべきだった。伝大将、おやすみなさい。これが伝心中のすべての記憶だ。どうなんだロリオ。本当にこのチビの推測は当たってたのか？多分ね。まだ記憶の解読は終わっていないけど、当主の推測通り伝心中は後進の乱の何かを知っている。ああ、これであの時の事情もはっきりとしそうじゃのう。なぜ先代当主の無根性がわしらを裏切ったのか。わしら全員が彼のことを認めていたというのに。流星じいさん、伝心中の記憶の件は外に漏らしたりはするなよ。分かっておる。やるじゃねえかチビ。よし、今回はお前の勝ちだ。約束通りもう一度俺たち全員に命令するチャンスをやろう。今回はお前の命はかけなくてもいいぜ。それじゃあ前世当主代理として命令を下す。すぐに実行してくれ。っておいおい、天使府とやり合ったばっかだってのにまた動くつもりかよ。今回どれだけの犠牲が出たのかお前だって分かってんだろ。全員に伝えて伝大師匠を悼み7日間喪に服す。これでも犠牲は出る？そんなことかよ。もし拒む奴がいたら僕の代わりにそいつを殺しておいて。以上。めんどくせえ。どうするよじいさん。当主が下した命令は絶対じゃ。ああ、命令に逆らうのならわしがお前を始末してやっても構わんぞ。分かったよ。1週間おとなしく引っ込んでりゃいいんだろ。
それともう一つ。奪った記憶を解読するまではそれなりの時間がかかる。騒ぎを起こさないよう当分の間はおとなしくしておいて。余計な邪魔が入ったら困るからね。天師匠。叡山、人には天命というものがある。わしらにはどうすることもできん。さあ立つんじゃ叡山。叡山、叡山。ほうほう。今は何も言うな。そっとしておくんだ。なんだって？昨日の夜、天使府が襲撃された？そうか、早めに山を降りていてよかったわ。ええ、師匠。もう師匠って呼んじゃダメでしたね。俺は武藤さんから破門された身ですから。それについてはわしが大師匠に掛け合ってみる。とにかくお前はこっちに帰ってこい。聞いておるのか？おいおいや。まったくあいつは。失礼します、大師匠。おお、雲龍か。どうしたんじゃ？大師匠、なぜ大家を破門なさったのですか？奴は私の弟子です。せめて一言相談があってもよかったのではないですか？まったくくだらんことで騒ぎおって。雲龍よ、わしらは何のために大家を龍虎山に行かせたのじゃ？それは武藤さんの代表としてラテン大賞に参加し、老天使の手助けをするためです。その通りじゃ。では奴が諸葛家の小僧を任した術、あれはお前に教わったものか？いえ、違います。我が武藤さんの術なのか？それは違いますが、よその流派の術を使っただけであいつを破門にしたのですか？せめて奴を呼び戻してちゃんと訳を聞いてから。武藤さんの主はこのわしじゃ。お前の出る幕はない。覚えておけ。大家と武藤さんはもう何の関係もない。それでも奴の師匠を続けたいのであれば、お前も武藤さんから出て行きなさい。大師匠様大変です。老大師匠様が目を覚まされました。雲龍、今は大家のことなどにかかずらっている場合ではない。この武藤さんも平穏とは言えなくなってきた。毎晩のように何者かが忍び込もうとしておる。お前は他の者と共にそやつらの動きを見張っておれ。奴らが攻撃してこない限りこちらから手出しするでないぞ。大師匠、これも大家のことと何か関係が？お前は知らなくてよい。先天は終点を導き、終点は変化し、我は王となる。先天は終点を導き、終点は変化し、我は王となる。先天は終点を導き。
老子系。まもなく北京に到着いたします。お忘れ物なさいませんようご注意ください。なんだよ今の停電か？どこに行きやがった？いつになったら仕掛けてくんのかと思ったら、もうすぐうちに着くから気が緩むとでも思ったんだろうが、残念だったな。久しぶりだな、大家坊ちゃん。その呼び方はやめろって。何度言ったらわかんだよ。じゃあ大家師匠か？もういい。お迎えご苦労さん。噂は聞いたぞ。お前武藤さんから破門されたんだってな。これでお前も親父さんの会社で働くしかなくなったな。嘘だろ。もう広まってんのかよ。やっぱ親父も知ってんの？もちろん王社長も知ってる。早く家に帰った方がいい。社長の具合があまり良くないんだ。何なんだよ一体。龍子さんから戻ってきてから一言も口聞いてくんなかったけど、ますますひどくなってんじゃねえか。こんなのもう耐えられねえよ。ほうね。わかったわかった、教えるから。老天使と話したこと全部教えるから。そんなもんおろせって。あんたに話しかけるなってジョさんから言われた。だからそうしてた。え？悲しんでるんだろう。どうして？家族が死んだら悲しくなる。好きな人が死んでも悲しくなる。あのおじいさんはあんたの家族でもないのに、どうして悲しむの？あいつのことが好きなの？どうして一度しか会ってない人を好きになれるの？ほうね。俺は天使になるのを断った。だから老天使から更新の乱の真相は教えてもらえなかった。ごめん。ほうね。どうすりゃいいんだ。大家さんの忠告や老天使の言動からこれ以上更新の乱の真相を追い求めれば、きっと災いがもたらされる。それでも災いがどれほど深刻なものかだってわからないし、全部推測の域を出ない。だけど更新の乱の真相を解明したって、法姉の過去が明らかになる確証だってないんだ。だったら法姉、もう自分の過去に縛られなくてもいいんじゃないか。もしかしたら法姉の家族だってこの世には。
法音、法音、もうやめよう。帰る場所がないのは法音だけじゃない。俺だって家族はいないんだ。法音、俺はこれからも法音のそばにいるから。昔法音と一緒にいた序章さんみたいに。いや、そばにいるだけじゃない。何だって言うことを聞いたっていい。だから。嘘つき。あんたにはあるだろう。ここにある。あんたたちはみんなここに帰る場所があるんだ。法音、ごめん。本当はさっき言えなかったことがあるんだ。聞こえるか、ジョヨン。ああ、問題ない。よし。みんなも俺が天使の後継者になるのを断ったのは知ってるよな。この大会で得られたものは何もなかったように見えるけど、実はそうじゃない。そんな風に俺たちが勘違いをするのは、序章さんが俺のじいちゃんの死を見届けた時からすでにミスリードされていたからだ。ミスリード？確かじいちゃんは死に際にこう言ったよな。風方法の秘密は後進の乱と関係しておる。ソランを守ってくれ。そうすれば風方法の過去を手に入れられるじゃろう。後進の乱、その真相を解き明かせば法音の過去がわかるとじいちゃんは序章さんに思わせた。そして後進の乱の真相の鍵はこの俺であるとほのめかした。となると真相を解き明かすまで法音は俺を守り続けることになる。じいちゃんは真相を解き明かせるはずがないと思っていたんだろう。真相を解き明かさない限り法音という強力な用心棒が一生俺のそばにいてくれる。序章さんも法音もじいちゃんに利用されたんだ。父さんは超会議に騙されていたのか？超会議は嘘をついていたわけじゃねえよ。ただ話に小さな落とし穴を作っただけだ。ああ、確かにじいちゃんの言っていた通り法音の過去は後進の乱と関係があるんだろう。けどその全てに関係しているというわけじゃない。俺たちが龍虎山で老天使たちと会った時のことを思い出してほしい。老天使、心中様、陸金様、あの3人の言動は大きなヒントになる。心中様と陸金様はあっさりと自分の知っていることを話してくれた。けど老天使だけは堅くなに口を閉ざしていた。何かあると思わないか？肝心な情報は老天使が握ってるってわけか。後進の乱の真相を教えてもらうために老天使が俺に提示した条件は天使の継承権を手にすること。つまり真相は天使にならないと知ることはできない。おそらくその真相は天使の方にあると思うんだ。なら天使の継承権を断るべきじゃなかったんじゃないか？天使になれば後進の乱の真相を解き明かすことができたはずなのに。老天使が俺に授けようとした天使の方の光を見た時、じいちゃんに子宮差を刻まれた時の記憶が蘇った。天使の方を授かれば全ての真相を解き明かすことができるかもしれない。けどそれと同時に俺の何かが封印されてしまう気がした。もしかしたら後進の乱について話すことさえもできなくなってしまうのかもしれない。師匠、教えてください。どうしても俺は知りたいんです。天使の方を伝授したら師匠はどうなってしまうんですか？祖父が祖父なら孫も孫じゃ。お前たちは余計な気を回しすぎる。あの瞬間
ラテン大賞は俺を天使符に縛り付けるために開かれた大会だと確信した。だから俺は天使の後継者になるのを断った。天使の方はきっと何かを封印する術に違いない。確信はないけど、俺は8つの秘術に関係しているんじゃないかと思ってる。後進の乱の36族の中の8人が常人には考えつくこともできない秘術を編み出した。けど一体どうやって？確かに一人の天才が奇跡的に秘術を編み出したにしても、それが8人同時に起こるなんてのはありえねえ話だ。そう、誰もがその秘密を知りたがってるはずだ。もしかするとその秘密は天使の法の中にあるんじゃないか。いや、8つの秘術が天使の法から生み出された可能性だってある。もしそれが本当なら大変なことだぞ。これはまだ根拠のない俺の推測だけど、これがもし事実だったとしても、これ以上首を突っ込む必要もないと思う。俺たちの目的は法寧の過去だ。後進の乱の真相解明じゃない。どうした？法寧、これは俺の直感なんだけど、法寧の過去は後進の乱の真相には関係してないと思うんだ。だけど後進の乱を生き延びた人たちなら法寧の過去について何か知ってるかもしれない。幸いラテン大賞で何人かとつながりもできた。これが今回のラテン大賞に参加した最大の成果と言っていいかもな。そういえば陸金様は俺が陸林を助けたから大きな借りができたって言ってたな。何か聞き出せるかもしれない。だから法寧、もうちょっとだけ待っててくれよな。絶対に法寧の家族を見つけるから。待ってる。ジョヨン、こいつ時々私より賢いよね。時々って。ソラン君、君の話を聞いて俺たちも納得した。だがリッキン様にはしばらくの間は連絡しない方がいい。きっとラテン大賞の後始末がいろいろ残っているだろうからね。それに会社からソラン君への任務が通達された。任務？今回は君に対しての指名依頼なんだ。今すぐ北京に向かってくれ。在乎什么脸面，看见看不见的危险，都藏在时间的背面，等待破茧。天翻地变，苍穹开眼，掀翻着整个人间。不为人知的从前，不懂也是一种契约。有龙在远见，龙在天，龙门远。天翻地变，苍穹开眼。掀翻着整个人间，心如毫发，其身如积累训练，命运无从抗辩，终要向前换世之间，谁可得见我真言？挣脱所有锁链，龙翔于天，世间万物皆非我所愿，我要走的路有我的本心，从未改变，相距离答案更近一点，找到真实终点。有龙在远，潜龙在天，所有痛楚伤悲一一体验。生命的轨迹转折，是因为有你的出现，活在人间。